はい、大変お待たせいたしました。国和です。今日もよろしくお願いいたします。リオシこんばんは。今日は早いですな。前が遅いだけです。ごめんなさい。ほぼ30分の遅刻でございます。申し訳ございません。大変お待たせをいたしました。今週からね、時間をお引越しいたしまして、毎週土曜日21時から、ノーマンズスカイ定期配信やっていこうと思っておりますので、一つよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。あっぺさん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちはでございます。ありがとうございます。遅くなりました。申し訳ございません。今から配信やっていこうと思います。よろしくお願いします。いやー、手こずりましたね。1個前の予定がね、ついてちょっと熱が入っちゃいまして。ね多分ね、今日配信なかったら、前の予定があともう4時間か5時間ぐらい続いてたんじゃないかという感じでございましたけれどもね。ね、流れをしながらもそちらの方を切り上げましてね、こちらのノーマンズスカイ今日もやっていこうと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。アペさん、まずい。まずい。ね、盛り上がっちゃったからね、ついつい。いやー、まあ、じゃあ、今日はね、毎週土曜日の一発目になるので、ちょっとね、ちょっとルート立ててやっていこうかと思います。概要欄の方にですね、ちょっと書かせていただきました、タイトルの方をですね、トリクロームスカイとさせていただきました。月面の方のね、重力の薄い拠点の方に、3色の月が光々と輝く、星があるんですけれども、そちらの方で、前回そのコルベットの、みんなのコルベット見せ合う会みたいなのをね、やったので、今回はですね、そのコルベットを見せ合う会をするための会場をですね、少し手を入れていこうかなと思っております。はい。さあ、どこまでできるかしらね。後ろのこの立派なタツノオトシゴちゃんはね、フレンドさんが、リスナーさんが、置いてってくれました。はい。ちょっと待って、パンナコッタお休みのいパンナコッタ便利すぎるだろう。ねえ、パンナコッタ祭りやめようぜ。ずっとパンナコッタだったじゃん。もう最後まで。あれ、使い方あれで合ってるんか。てか寝るんかな。いや、でも今日も顔出してくれてありがとね。まあ寝るならゆっくり休んで。パンナコッタはもうお腹いっぱいだからね。夢に見るんじゃないか自分で。パンナコッタの夢。煮た生クリームの夢を見るんじゃないでしょうか。終わんなかったもんね、あれもね。あれやっぱ伝染したのかな、結局。パンナコッタ祭りに参加できなかった。参加せんでいいよ。参加せんでいいよ。あれ、マシュマロの使い方、あれで本当に合っとるんか、あれ。仕方ないからナタでここにします。ナッキ。パターンあるね。パターンあるわ。ね。そのうちなんかまたいろいろ出てきそうだけどね。なんかカプリチョーザとか出てきそうだけど、そのうち。それはちょっと違うか。それはちょっと違うか。ね。じゃあやっていきましょうか。もうね、時間なかったけども、3分ぐらいでね、米もかっくらってきたんで、お腹もね、ポンポンでございますよ。エネルギーもチャージしましたし。まあちょっとチャージがてらね、あと、翼も一回授かっとこうかな。冷蔵庫で冷えてたのがこのマスカットフレーバーしかなかったので、これを飲んでいこうと思います。レッドブル、マスカットフレーバー、黄緑の缶ですね。いつものやつ。いやー、これがないと始まんないっすわ。みんな、夜は長いぜ。いただきます。やっぱこれなんですわ。ね。うんまい。さあ、今日もやっていきましょう。D さん、いい音、こんばんは。こんばんはでございます。今日もありがとうございます。やってまいりましょう。ノーマンズスカイでございます。よろしくお願いいたします。
日はどこまで行けますかね。どこまで行けるでしょうか。今日はですね、月面基地の重力が薄いところの方をね、あれ、なんだ前回コルベットをね、みんなでこう、シュッと停車して、で、みんなでこう、カメラで舐め回すように、お互いのコルベットを舐め回すように鑑賞するという回をやったと思うんですけれどもね、あそこの会場を少しいじっていこうと思います。利便性とか、なんか見栄えとか、もうちょっといろいろいじりたいなって感じですね。広げてもいいし、そう、無限の宇宙、どこまでも行ける。そう。どこまでも行けるし、何でもできる。どこまでやったっていい。とりあえず今回はですね、もうちょっとあの辺を整理整頓して、もうちょっと使いやすくできたらいいかなってちょっと思ったりもしました。どっちがいいんだろう。でかくするか、小さくするか。コルベットあそこの上にこう、駐車してもらった状態で、一番見栄えのいいその床面積がどのぐらいなのかっていうのをちょっと考えたい気持ちがある。そうステーション意識って話もありましたからね。そうコルベット鑑賞メイン基地。そうなんですよね。そう鑑賞のメイン基地にしたい。前回みんなに思い思いにその家具を置いてもらったりっていう流れもちょっとあったじゃないですか。でいい感じに椅子とちっちゃいテーブルとおつまみまでね用意してもらってっていうのもあったので、でその辺もねもう少し洗練していけたら楽しいかなというところです。ただしあんまりいろいろ増やしすぎるとね、どうやらなんかスイッチとかから入るとちょっと重そうだぞというのが前回判明したので、ちょっとその辺もね全員まとめて包容できるようなねいい感じの基地にできたらいいなって思ってたので、そこもちょっと様子見ながらねやっていこうと思います。やっぱ軽く収まってなおかつねちょっとおしゃれな感じにまとまったら最高っすからね。なのでちょっと今回はそれを目指していこうと思います。描画問題、そうこればっかりはねやっぱりなんだろう、パソコンのゲーム移植した形なんだろうか、その辺が分かんないけど、やっぱり PC で描画できる限界とやっぱりなんだろう、こういう携帯ゲーム機みたいなので描画できる範疇っていうのはやっぱりどうしても差はあると思うし、描画の仕方とかも多分うまいこと変えてるんでしょうね、あれも。なのでそこもちょっと配慮する形で、配慮って言ったらあれかな、でもうまいことやっていく感じでいけたらなと思っておりますので、じゃあ早速やってまいりましょう。ワープどこやったっけ俺。ゲートどこに置いたっけ忘れちゃった。自前の拠点か。自前の拠点によいしょい。自前の拠点にあるはずなので、よいしょ。前回ねここら辺も装飾がね改めて見ても良いですな。改めて見てもいいですね。いい感じにまとまってますんでね。あれマジでゲートどこに設置したっけ、記憶がない記憶がない、忘れちゃったん。どこにやったっけ。何度見ても良き。嬉しいですな。ありがとうございます。やっぱ褒められるのいいっすよね。褒められるとモチベーションがギュンと上がる。もうマジギュンギュンギュン好きすぎて滅。まさにこのこと。ゲートどこだ。一旦そこにやったゲートどこに下ろしたっけ。あ、そっか下だ。船着き場でもないけどそっちの方に一回ゲート下ろしたんだ。ヘイボーイ、仕事をはかどっとるかいほんのり首周りが肥満気味なのがね可愛いよね。チャームポイントですゲートここだね。あった、思い出した。船も止めてたね。で最近気になってるのがね、この後ろのこの昇降口がなんかゲームスタートするとなんか開き方が中途半端になってるちょっとしたバグかながちょいちょい発生してるんでね、ちょっと気になってるんだけどね。どうなんだろう。大して困りはしないけど、夜に窓閉まるアイデアが天才のそれすぎる。いやなんか誰かが確か X でやってたんですよね。誰かが先にやってて、うわこれいい真似したいって言って真似したのがあれなんですよね。
やっぱ苦戦はしましたけどね。もう最近旧ルシウスとか全く行ってない。全く行ってない。なんだ、お使いに出してる貨物船とかも全く触ってない。よろしくないですね。これかな？違うな。カリプソ銀河じゃなくて、どれだっけ？真似できるのがすごい。いやー、だいぶ時間食ったぜよ。苦戦した、すごく。このね、謎の柱がスパーンと立ってる、この、ここに行きましょう。ヌマルトフ・オルレ。いっそのことあれかな？この星も、星の真裏側、描画の関係ないところに、また道の駅というか、なんか、こういう、なんだ、こういうなんかまた道の駅的なのか作っちゃうのも一つありかもしれないですね。とりあえず行きましょう。飛べよー飛べよー。あ、七星さんが2分前に新しい動画を上げている。後で見よう。後で見よう。チャオッスー。さあやってまいりました。いつもの会場です。結局ね、この設置してもらったはしごがさ、横向きやん。これがね、よくわかんないんですよ。何事っていう感じ。さて、じゃあ、みんなが来る前にいろいろ使いやすくしたい。うん。ネタバレ、めっちゃかっこよかったです。ネタバレだ！七星さんの動画のネタバレ出た！かっこよかったんか？見てー！非常に見たい。へば、まず、この辺を順番にいじっていきますか。で、どうしたいかってところなんですが、天井低いっすよね、まずね。天井が1マスになってるのが、ちょっと天井低いので、どうしようか。天井を 0.5 マス上げる。が、割と上等かな。頭吸ってるとね、ちょっと見栄え良くないからね。少し上に上げます。そやつらも後々消します。ので、この上はみ出してるのも気になるからね。ちょこちょこっとね。あっちもはみ出してるからね。一段上に上げることにいたします。なので壁を張ります。で、その壁もどうしようかな。オンステージっぽくするならあえて材質を変えるのもあり。確かにね。ちょっとね、気になってはいたんですよ。ずっと気になってはいたんですけど、どうしようと思いながら、割かし放置してた。どうしようかな。あえてドックっぽくするのであれば、どうなんだろう。このガラスとかって描が重いのかな。これで周りをぐるっと囲ってしまうっていうのは、一個ありかなと思って。そうすると床面積が端の方で一個ずつ広がることにはなるですね。そうするか。ガラス足りるかな。足りなかったらまた持ってこよう。これで一周ぐるっと囲います。ここか、高さは。合わねえ。こうか。ここだ。こう。こう。こう。ガラス用足りてくれ。そう、植物の栽培とかもサボってたんでね、ガラス足りなくなったらもうないんですよね。ちょっとまずい。その時は、工夫しましょう。ちょこっと。何か工夫をすれば、なんとかなるはず。なんとかなれ。なんとかなれ。この辺。よきよき。ね、ここもはみ出してるからね。このはみ出してる部分は、ちょいちょい直していきたい所存。エアはしご出た。これ。俺に構わず張っていけ。もう、はしご。これ。無限はしご編始まってますよ。あっちー。これ、ね、加減のなんぼだっけ忘れた。なんか屋根に登れるというね。一部ガラス使わないやつにするとか。そう、その方法で、なんとなくね、うまくやっていきたい所存。これどうなんだろう。どこがベストなんでしょう。でも正直ガラスで全部埋められた方が、景色としては多分馴染みやすいと思う。ガラス足んなくなったら作ってこようか。今日も時間はたくさんあるからね。大丈夫、時間無限にあるから。
初見さんもありがとうございます。じゃあちょっと順番に、白メガネさんこんばんは。今日もありがとうございます。よろしくお願いいたします。そして初見さんこんばんは。初コメありがとうございます。お名前の方、空白さんでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。ノーマンズスカイやらせてもらってます国和と申します。今日からですね、毎週水曜日21時から定期配信でノーマンズスカイの方やっていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。うちの配信はですね、参加とかも基本的には、自由になっておりましたので、参加したい場合はね、お声をかけていただければ、コード必要な方はコード表示させてもらったりとか、あとは、フレンド交換させてもらったりとかね、結構気軽にみんなで集まってわちゃわちゃしたい配信なので、ぜひぜひ声かけていただければと思います。よろしくお願いいたします。今作ってるところも、前回こちらの会場でですね、みんなのコルベットを持ち寄って、みんなのコルベットをお互い舐め回すように、自慢し合って、閲覧し合って楽しむという会をやりましたのでね、興味ありましたらぜひ声かけてください。よろしくお願いいたします。さて、なんだかんだ両サイドはガラスが足りましたな。ガラスが足りましたので、この感じでやっていこうと。本当はこっちの面とこっちの面もガラスでいきたいけど、リエさんちょっとお邪魔しますね。どうぞ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 。いつものように、そうですね、前回確か発電設備もあれ確かパンタさん作だったかな。いつの間にかあんな立派になって、しょっぱかった発電設備があんな立派になって、ありがとうございます。空白さん、こういったデザイン重視の基地ってセンスないから作れないんですよね。いや、これみんなでやってるといつの間にかいい感じになりますよ。いつの間にかいい感じになるんでね。そう、あれですよ。自分の好きなものを包み隠さず、好きなように吐き出していくのが、基地だと思います、私は。今回はですね、形としてこんな感じでね、下の階からはみ出しているので、ちょっとこれをなんとかしたいなっていうので、一段ちょっと上げて、で、この床は一段上に張り直してね、少しここの空間広げる形にしたいなと思っております。そう、前回ここでコルベット博覧会やった時にちょっと床が狭いような感じもしたんですよね。そこをちょっと調整していきたい感じですね。とりあえず周りの縁もぐるっとやってみようか。ガラスのイヤー2でね。どのみち床張るからでもあれかな。待って、宇宙船に近づきますってどういうことだ。ワテの宇宙船が下にあるのかな。そこにあるわ。なんか刺さってないか。刺さってるね、宇宙船が。下の空がこうなってたっけか。ガラスフロストクリスタルからじゃなくてもシリケートパウダーを生成器に入れると作れますよ。40対1ですが、作れましたっけか。それやってなくて忘れてた。高コスト高コストガラスですね。確かにその手もありか。なんか貫通した。危ない。ちょっと待って、Y のコルベット移動したい。Y のコルベットもね、ちょっと後で自慢したいのでね、よかったら見ていってください。よろしくお願いいたします。あと白メガネさん、改めまして21時はいつも通りなんですけど、毎週土曜日の配信にこれからしようと思ってましたので、白メガネさん時間的に大丈夫ですか。毎週土曜日会いますちょっとそれが心配だったっす。毎週水曜日だったのをちょっと時間ずらしちゃったので、これがみんな合うのかなって心配あったんですけど、もし問題なければこの時間でね毎週やっていこうと思ってます。前回6月ぐらいやばい、重たい。よかった。この辺かな。着地。6月ぐらいまでは、毎週土日の配信になるかと思います。6月の後半からまた勤務がまた変わるので、その時になったらまたこの定期配信のタイミングが変わります。本当申し訳ないです。この安定しない配信者でこの辺に関しては本当申し訳ない。仕事が変わるとね、やっぱいろいろね、この辺が面倒っすよね、調整がね。
よいしょ。天井低いな。お前んち天井低くない？よし。これでいろいろ貼れるでしょう。良いんじゃないかと思います。よし。じゃあこれで貼っていきましょう。DA さんありがとうございます。嬉しい。助かる。すいません。いつももらってばっかりでありがとうございます。ガラス支援感謝でございます。大事に大事に大量に消費させていただきます。ありがとうございます。嬉しい。助かる。助かる。やっぱあれですよね。常日頃からね、資材は大量に用意しておかないといけないですね。本当に。いや、本当に助かる。すげえ飛ぶ。よしと。よし、じゃあこっちもガラスの斜めのやつで貼っちゃいましょうかね。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。どんどんじゃらじゃらどんじゃらじゃ。どんどんじゃらじゃらどんどんじゃらじゃら。はい、と、OK。の世代がバレる選曲で、軽く歌ったところで端を埋めまして、重力が軽すぎると飛びすぎちゃうからね。こいつを角に収めまして、いた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 。 DA さんこんばんは。本日もありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いらっしゃいませ。どれだっけ。ありがとう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 。ガラス生成しました。ありがとうございます。成績代わりは本当申し訳ない。ありがとうございます。心強い。申し訳ないです。じゃあすいません。今日もいっぱい頼らせていただきます。よろしくお願いします。心強すぎる。ほんま助かる。よし。じゃあこれで新しく階層にしたいところはこれで1個できましたんで、こっからですよ。どうしましょうか。じゃあとりあえずこの階段は1回伸ばそう。仮で上の階にね、スムーズに行くために階段先に伸ばしちゃおう。上に伸びろ階段。伸びろ。こう OK でこやつを基準にします。 OK でこれで床をバンバン伸ばしていきましょう。で資源があれなんでちょっとずつばらしていこうかな。この被ってるとこはもう先にばらしちゃえ。この方がね見た目もいいのでね。なんか浮いてるけどね、国勝がね。この感じでいきたい。この感じでやっていきたいところで、せっかく下の空間もね広くなったからなんかちょこっといじりたいよね。下の空間なんなら少し材料減らしたぐらいにして真ん中吹き抜けにしちゃった方が資材も減らせて、でおしゃれ空間を制限したところに作れればなんか意外と収まり良いのではと今ひらめいた。ひらめきの国数。やべ、そこの床肥やすの早かったな。空白さん、ノーマンズスカイクロスセーブできるから複数プラットフォームで買ってしまってますが、スイッチ2のセーブバージョンがずれがちで、ずれるんだ。スイッチ2はずれるんですね。そこだけ少しやりづらいですね。やっぱそうなんだ。やっぱあれなんですかね、何か仕様が違うんですかね。あれもスイッチ2版のその辺がまだちょっとよくわかんないですけど、やっぱりなんか違いがシステム上でやっぱ何かあるんでしょうね。この辺も。来た来た。いやー、相変わらずかっこいいですね。やべやべ、つい見入っちゃう。ハローハロー。我々はね、建築をガンガン進めて、みんなが集まる前にね、今日、多分集まってくれた人たちのコルベットも、結局また見たくなるので、早く早く、床張って床張って、はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。ガンガン行きましょう。で、いいタイミングになったら今度は、下の床も剥がしながらね、剥がす床と残す床をちょっと決めよう。よしよし。一旦外周ぐるっと床張ったら楽じゃない？向きを縦にしたい。向きを縦にしたい所存。
こんなもんの角度でいいかな。今大丈夫？セーフ？セーフじゃないね。変なとこに貼ってるね。後で撤去します。よくある。非常によくある。ああ、そっちの外に腹さってるな。後で。いや、忘れる前に今バラすか。忘れちゃうからね。忘れちゃうからね。で、こうやね。この操作ももっと慣れたいところ。あリエさん、高さチェックの壁排除しておきます。よろしくお願いします。忘れてた。前回も確か排除後回しにしてだったですね。忘れてた。ありがとうございます。やっぱダメね。なんだろう、やんなきゃって言ってたのもね、目先の目的を優先してしまって忘れちゃうんですよ。これはね、悪癖。直すべきポイント、これは。よろしくないね。短絡思考というか、国風もドパ書きなんでね、なんか、ドーパ便の赴くまま、つれづれなるままにやりたいことを優先しちゃうから、ちょっとこれはね、直していかないとちょっとまずいね。うん。現代人だから仕方ないね。許してちょ。ほら来たぞ。喋りながらやってってこういうことが起きるからね。事故がね、起きますから。こうだね。よし。床張り終わったら、S3 は邪魔かな。S3 ない方が、なんか、いわゆるヘリポートじゃないけど、だから、ポートだよね。一応、これを、まあ今、窓ガラス付きの斜め壁にしたから、中のベンチはそのまま置いといて、だから中の方を真ん中吹き抜けにして、床の枚数減らして、結局壁が一周分増えちゃったからね。そこで節約して、真ん中吹き抜けにして窓ガラス周りぐるっと休憩スペースみたいな感じにすれば、内装もパーツ数多くなりすぎずにそれっぽくなるんじゃなかろうかと今思いついた。こうかな。一旦こうする。で真ん中も床張っちゃおうか。このまま張っちゃおう。よし、ペースアップだ。いいぞ、いいセンスだ。床張りがうますぎる。よし、床張りうま。他の建築勢の皆さんの建築ペースが速いのは多分これを極めてるからなんだろうと思う。そう思う。いいよ、うまいよ。上手。うまい。これは床張りうまいでしょ。やっぱね、モチベーション自分で褒めるの大事だからね。床ありがとうございます。2人だとやっぱ早いですね。こっからどんどん加速していきましょう。加速装置。我ながらね、ネタが古いなった調子乗るとこういうことになるからね。いやマジね、国風みたいに調子乗ってるやつはこうやって成敗するべきだからね。やっぱ天井高くなると一気に雰囲気変わりますね。なんだ、いいじゃん。あとは建物の横にも少しポートつけてあげるとコルベットの横付けがしやすくなるのかな。そこは後でまた考えよう。いいね。いいですね。あと床の向きはね、こだわっちゃうぜ。パッと見た時にちょっと違和感あるからね。向き違ったりすると。A 型じゃないんだけどな。なんか気になっちゃうんだよね。よく A 型って言われるんだけど、割と B 型なんだよな。BO なはずなんだけどね。なんか几帳面でもないけど、なんか凝り性なのかな。こだわりが、人に言わせるとこだわりがちょっと強いたちなのかな。よし、さあこっから行くで。加速装置。ストレートで差をつけろ。瞬速。うまいぞ床張り。オッケー。途中から横になってる。下手くそいね。もう国風極刑ですわ。二度手間。
明確な二度手間。みんな作業はね、確認しながらゆっくりやるんだよ。こうなるからね、今のこの国数のこの挙動はね、皆さんきっちり反面教師にしてください。悪い例です。急がば回れってやつです、これが。床張りあるある。この向きの概念ね。でも自動で勝手に合わさって、ほら、たまにさ、交互に貼りたい時あるじゃないですか。わざとこの模様を交互にすることでなんか、部屋の生活感、おしゃれ感を演出するっていう手法もあるから、ほら、よく見たらこっちもやん。ほらね、国数。よく見るとあるんだ、こういうのが。なんだかね。なってないね。ちゃんとしてないっすわ、国数。いったかな。いい線かな。結局ね、こういう、セルフダブルチェック。ほら、これ。うわ、チェック大事。やっぱチェック大事っすね、本当に。なんか今ちょっと荒ぶったけども。荒ぶりつつ、後のチェックはまた後でにしよっかな。だいぶ床早い、助かる。さあ、国数も負けないようにガンガン張っていきましょう。またね、お、初見初コメありがとうございます。お名前よろしいでしょうか。みやびダンスさんでよろしかったでしょうか。みやびダンスさん、ご視聴いただきありがとうございます。ノーマンズスカイの配信を、本日から毎週土曜日、夜21時からやらせていただきます国勝と申しますので、どうぞよろしくお願いいたします。週に1回はノーマンズスカイの配信しようと思ってましたのでね、お時間合うようでありましたら、ぜひぜひ、遊びに来ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、今月が沈んでて見えないですけど、また気が見えなくなっちゃってますけどね。この夜空に3色の月が美しく浮かぶこの星にですね、みんなでそのコルベットを自慢し合う会をするための会場を作っておりました。前回の配信でね、遊びに来ていただいた方に参加していただいてね、みんなのコルベットをここに乗っけてもらって、で3色の月をバックにみんなで舐め回すようにお互いのコルベットを鑑賞しようという会をやっておりましたのでね。また今日はいろんな方が集まっていただく前に会場をこさえて、でコルベットを自慢し合おうと。ただ国数がみんなのコルベット見たいだけの説はあるんですけどね。そのためのね、土台を作っていこうという回でございます。よろしくお願いいたします。空白さん、この床の向き気にしたことなかったです。意外とね、つけてしまえば意外と気にならなかったりもするっすからね。なんかこれは完全に僕個人の性格っすね。DS さんありがとうございます。埋まりましたな。さあどうしましょう。こっから微調整かな。空白さん、貨物船の建築の時、外から見た時の天井の向き。僕まだあれだ。ガラスありがとうございます。 DA さんめっちゃ持ってる。助かる。本当にありがとうございます。助かりまくる。本当申し訳ない。みんなあれもこれももらってしまって申し訳ない。あれ貨物船ってあれなんだ。そっか、外から見た時の確かに見た目も気になるですよね。自分もいずれ貨物船いじんなきゃいけないから、ちょっと今のうちに覚えとこう。まだ触ってないんですよ、貨物船の建築。全然そっち触ってなくて。間違った。もったいないことした。ポチッとな。こっちを消したい。こっちを消したいですね。このいらなくなった床をじゃあちょっとずつ処分していきますよと。ちょっと先にコメント読ませてもらって。みやびで結構です。ありがとうございます。みやびさんよろしくお願いします。約10年ぶりにノーマンズスカイに帰ってきました。お帰りなさいませ。ノーマンズスカイ非常に熱いと思います。10年ぶりだとゲーム発売当初ですか。多分相当変わってるんじゃないですか。そうすると発売当初とかだとまだそのゲームの評価が逆転してない時期ですよね。あれから紆余曲折あって今評価が逆転した神ゲーの名を欲しいままにしてるノーマンズスカイでございます。僕はこの神ゲーと呼ばれるようになってから始めたので、逆に当初を知らなかったりもするんですけどね。どっちみち相当楽しめるゲームだというのは
もう間違いないと思いますので、ぜひぜひ一緒に楽しめればと思いますのでね、よろしくお願いいたします。どうなんですか、ゲームの進捗の方ももうあれなのかな、今のところまで全部追いついてるのかな、それとも要素がなんかものすごくその追加されてるみたいですもんね、その当初と比べると。乗り物もそうですし、探索範囲とか、あと要素とか、とにかくいろいろ増えたと。歴史もざっくり追ったんですけども、とにかく順番に追っかけようと思うと膨大なんですよね、要素が。いやー、無限に楽しめるんじゃないですかね。リエさん、コルベット鑑賞は健康にいい。間違いないっすね。間違いない。程よいお酒と玉のタバコと同じぐらい健康にいいのでね。ちょっと賛否分かれるか。ちょっと賛否分かれるとこかな。ね、でも僕としては同じぐらい健康にいいんでね。癒しになる。精神的に健康になれる。間違いない。そうそうそう。生活に潤い、チーズにワイン、ラーメンにチャーシュー、このぐらい大事なんでね。ノーマンズスカイはマジね、体にいい。間違いない。むしろインベントリーを圧迫していたので助かりました。いや、そう言ってもらえると、また気遣いが上手なんだから。ありがとうございます、本当に。いや、ガラスって本当何本あっても使えますからね。今のうちにはしごこっそり撤去しようぜ。今のうちに、前回、誰が設置してくれたんだっけ、あれ、暇人さんだっけ、これ D さんでしたっけか、ごめんなさい。はしごバイバイ。なんか、こっちだとバグって横向きに設置されたはしご。みんなの画面ではこれ縦向きになんか設置されてたんでしょ。それを撤去するなんてとんでもない。もうやっちゃった。だってバグるんだもん、Y だけなぜか。みんなは平気なのに Y だけバグってるからなんでだろうと思って。日頃の行いなのかな。いえ、横向きでした。横向きで合ってるんだ。横向きで合ってるんだ、あれ。なんで Y だけ上に登れなかったんだろう、あれ。何か違ったのかな。よし、じゃあ一旦いけたかな。では、一旦ソファーとかは、なんか上の方とか下のところに同じような配置でやりたいから、後でこれコピーして増殖したいから、この椅子とかテーブルはそのままに置いときます。これコピーして増やしていきましょう。このはしごも消して、このはしごも、コピーしておいとくか。なんか、コピーして置いといたよっていうことにしとこう。これもじゃあコピーしとこう。コピーしてちょっと上に置いてこう。よしよしよし。しれっと上に置いときましょう、これ。待って、建設風もって出た。あれ何？あれなのグリッチなのかね、これグリッチ設置か。なんか設置できん。あれ？これグリッチか。ワイヤーグリッチかなんかか。ワイグリッチでけへんで。グリッチは極めてないな。なんか下の階にはしごが宙に浮いてるのもおしゃれじゃない？おしゃれですよね、はしごが宙に浮いてんの。フリーモード？フリー設置か。あれでもどうなんだろう、コピーだったらでも関係ないのか。もう一回こうします E でコピーします。でV でフリー設置にします。いけどうだ、なんかちょっといやちょっとこの辺に置いてみますか。置けるかこれ。置けた。なんか位置高くない？なんか待って、位置高くない？どういうことだってばよ。なんか前に設置してもらった時ってもっと床スレスレじゃなかったっけ？ちょっと下向いて設置してみるか。なんか高くないなんか高くないっすか？思ってたのと違う。合ってますこれごめんなさい。これ合ってるでしょうか？いや、マジで設置してくれたの誰だったっけかこれ。なんかみんなで寄ってたかっていろいろ設置してくれたから、どれが誰だったか。なんかそのテーブルとおつまみ設置してくれたのが確か暇人さんだったような気がする。うわー、はしご誰だっけ。ガラスありがとうございます。ちょっと待って、余るガラスがね今パンパンかもしれない。一回ガラスストップでいいかもしれないです。本当ありがとう。本当にありがとうございます。どうしよう、はしご一旦消す。すいません、じゃあ下の階にあるはしごそのままでお願いします。
後でやってもらいましょう、これ。わかんない。あとお任せしました。教えてわかる人。あとお願いします、わかる人。よし、一旦 OK。で、中の無駄な床も撤去しました。で、階段の設置場所が今ここになってるんで、じゃあ、ちょっと内装いじりますか。試しに。あ、ちょっと待って、そっちつなごう。そっちの階段上につないで、ちょっと、上にちょこっと開けよう。階段の位置どうしましょう。ここでいいと思います？悩ましいですな。またフリー設置じゃないね。俺は規律を重んじる男。俺は規律をうまくいかんの。君と君もいいかな。で、階段をドン。きしすぎたからここは足す。階段からだとね、当たり判定がなんかいまいちな時があるんだよな。よし、こうじゃないこう。よし、オッケー。素晴らしい。ここまでいい感じですね。なんか途切れてるな。ああ、それは使ってないからいいのか。使わなくなったその辺も後で撤去したいですね。いやー、ディエさんありがとうございました。本当に助かりました。いつの間にかフィールドから退場なさってる。はい、じゃあここから頑張っていこうと思います。さてどうしましょうか。内装デザインを考えたいです。壁がこんな感じ、この辺がこんな感じで、そうだな、一回実践してみるか。ちょっと待ってね。あれか、コルベットここに呼び出せないんだっけか。Y のコルベッティどこだ。国数コルベッティはあっちだね。オーライ。あは、隙間に落ちた。斜めだね。イマジンさん、犬うんち。やめて、うんち。開幕うんちやめてください。今日もありがとうございます。ノーマンズスカイ。今日から毎週土曜日に引っ越しいたしました。21時より。今日すいません、30分ぐらい配信遅刻したんですけど、開始がね、手こずっちゃって、やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。新規一点土曜日の定期配信とさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日はね、コルベット博覧会のね、会場をね、いじっております。今ちょっと会場が少し一回り、なんか大きくなったところですね。大きくなったところ。あれだったのかな、ひまわじんさんは犬の散歩中だったんですかね。うんちポロリしちゃってね。なんか毎回うんちのバリエーションばっかり。それしかもゲルゲリさんのお箱でしょ、うんちは。うんち担当はこれ以上増えないでほしい。じゃあちょっとこんな感じですよってのをちょっとコルベットいい感じに停車させて、いい感じにこうか、こんなもんか、こうだ。よし、どうだ。銅像とか追加どうです？ワンチャンありですね。一応でもあれですね、パーツを増やしすぎない方向にしたかったんだけど、床下の環境を一応休憩スペースっぽくできたら、なんか味気ない、ほら始まったこれ。いや始まったぞ。いつもの落下バグね。コルベットを停車するこの空間はいわゆるヘリポートみたいに広く平らなままにしたくて、でちょっとソファーを置くぐらいにしてね、この中が今こんな感じなので、これをちょっとどうにかしたいなと思ってました。待って、基地が向こうだからここだと治らんのか。ちょっと待ってね。基地判定に入ると確かこの重力バグ解けるから、なんかバウンドしてない？治った。オッケー。待って、今新しいバグ発見した。これバウンドするぞ。これ再現性あるかな、試そうぜ。再現性あるかどうか。多分ね、コルベットの上の判定と地面の判定が別だから、こっから降りた時にこの角度でいくと、はい、再現。
なんかバウンドしてるぞ。ああ、なっちゃった。ああ、これ再現性ありますな。今度プレイヤーでサッカーしようぜ。遊べそう。レッドブル飲ませていただきますね。うん。美味しい。今日も翼授かっております。今開始40分ぐらいかな。マスカットフレーバーのレッドブルで翼を授かりながらやっておりますのでね。時々グビグビ音が入るかと思いますが、ご容赦いただければと思います。大事なエネルギーなんでね。うん。あ、今人さんいらっしゃいませ。いつ見てもヤマトはいいですな。今日はこのヤマトもね、新しいステージでね、今日は初見さんがね、お二人いらっしゃってくださってますので、みんなのコルベット改めて自慢できればなと思っております。はい。初見の方もね、よかったらぜひぜひ参加していただければと思いますので、その時はお声掛けください。入れるように、用意いたしますので。で、ですね、カメラを起動しまして、ちょっと手を加えました。X の方でなんかあったっすね。こう、ちょっと今日はそれもしっかり見させていただきますよ。こんな感じっす。あ、いいね。いい感じじゃん。あ、収まったね。床面積大きくしたの正解だったかも。みんなのコルベットが多分、ヤマトも多分収まるね。このサイズだと。ちなみに、こちらのコルベットがですね、我が愛機。その名をロブスターと申します。美味しそうでしょ？我が愛機ロブスターでございます。はい。この見た目とは裏腹に中は極強激狭でございます。こんな感じですね。おけつのところにね、遊覧船みたいにお客さん乗せるスペースをね、設けております。遊覧スペースの中でもよし、その背中のところにもベンチ設置してライトもあるのでね、宇宙空間もそこに座って、みんなでね、お空を飛べるという代物でございます。はい。ただ僕よりもちゃんとロブスターしてる船がね、お仲間にいるので、もしかしたら今日の配信で、見ていただけるかもしれませんのでね、ワンチャンお楽しみにしていただければと思います。はい。ロブスターでございます。本当はね、もっとこの爪のところをね、もっとロブスターっぽくしたかったんですけど、まあ今こんな感じですね。このステージでこんな感じでみんなのコルベットを映していきたいと考えております。で、この星のいいところがですね、今宇宙空間こんな感じだと思うんですけど、見てください、この太陽。結構ね、エモーショナルというか、エモーショナル意味違うか。うん。ちょっと雑に若者言葉を使うとメロいとかエモいとか、まあなんかいい感じになるんですね。なので、それをこういう形でね、こういう形でカメラを持ってきて、こういうことをするといった算段でございます。どうですか？まあ、こういう感じにこの会場を使っていきたいと思ってたのでね。はい。遊びに行ってもいいですか？白メガネさん、もちろんでございます。もちろん大歓迎です。いらしてください。もうガッと入っちゃって大丈夫ですのでよろしくお願いします。もうね、いっそのこと、建築中にね、皆さん勝手にコルベットをここに止めていただいて、もう写真撮影会していただいても全然大丈夫ですので、はい。もうよしなにご利用ください。いやー、いいっすね。はい、こんな感じでございました。はい。一回じゃあ僕の船避けますか。フリーズしました。うわー、マジかー。残念。やっぱりちょっとなかなか安定しないですね。なかなか安定しないの辛いな。やっぱり床少し減らしましょう。床ちょっと減らして、まあ増作は結局するんだけど、増作するにしても、やっぱパーツ数は減らした方が多分いいと思うんでね。じゃあ一旦コルベットは下げます。下に。そう、めっちゃ狭いんですよ。ここでしょ？で、運転席でしょ？で、後ろが1マスで、この下が、まあ出口ここなんですけど、まあ必要空間このぐらいですよね。狭くてカメラが迷子になる。で、
そう、カメラモードではたまによくあります。そう、たまによくある。そう、稀によくある。一応こっちに胴体繋がってはいるんですけどね、この辺はもう装飾めんどくさくてやってないです。で、一応ね、キッチンがあったりなんかして、流しがあったりなんかして、なんかちょっと葉っぱ食べれそうな植物があったりなんかして、ここ空室の、で、寝室がちょっとあったりなんかして、なんか改めて見ると結構凝ってるな。自分で言うのもなんだけど。こんなんやったっけか。こんな感じの小部屋がございます。この向かい側の空き部屋と、こっちの空き部屋もそのうちなんか埋めたいな。って言っててずっと後回しだね。後回しじゃのー。今を生きるこの性格ゆえ、一回こんなもんでいいかなってなったらもうずっと手つけないね。これは悪癖でしょ。直したいね。直したいね、本当は。よし、じゃあ船避けますか。どっこいしょいち。あ、来ましたね。いらっしゃいませ。白メガネさん、ありがとうございます。ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。ヤマトかっこいい。あっち。なんか色変わりました。お、この辺のカラーリング前からこんなんでしたっけか。いいっすなあれ、バックスタイルこんなんでしたっけか、前から。いい、すごくいい。なんかコンパクトだ。コンパクトなヤマトだ。いいっすね。やっぱコルベットはいいな。皆さんいかがでしょう。ごめんなさい、今更ですけど、今画面にアップで映しちゃってよかったですか。白メガネさん、申し訳ない。今もう見たくて勝手に画面映しちゃった。申し訳ないです。めっちゃイカす。ヤマト作りてー。いいな。コルベットはたまりませんな。コルベットいいですな。これもですね、あれですね、10年前の時からいろいろアップデートを繰り返した流れでまた追加されたコルベットっていう自分で好きに建造できる宇宙船なんですけれども、プチヤマトです。いいですね。赤いコルベットいいですね。そのタイプの赤ですね。まさにそう、色合いが本当にこの赤なんですよね。かっこいいな。プチヤマトめっちゃいいですね。これすごい綺麗に収まってますね。ちゃんと波動砲もある。かっこよ。消えた。消えてしまった。ありがとうございました。もうちょい見たかった。よし、じゃあ一回Y の船がずいぶん遠くまで来たな。なんかいいところに一回停車しようかな。まあこの辺でいいかな。普通に一回停車しといて。 OK。 OK。 よしよし、停車でござす。 OK。 10年で別ゲーになったから追いつくの大変。確かに。しかも10年丸々ってなるとなかなかですね。おお、秒が来た。こっちは全力ヤマトかな。いいっすね。素晴らしい。暇人さんのヤマトですかね。良きですな。じゃあまた建設に戻りますか。この柱も消したいかな。こんばんは。ありがとうございます。今日もまた一つよろしくお願いいたします。暇人さんいつもありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。よし、では行きますか。そこのね、縦の柱も後でどうしようかな。なんかちょこちょこっといじりたいところ。いや、みやびさん、じゃあこれも見たことないんじゃないですか。こんな素敵なものもあるのですが、多分これも初なのではないでしょうか。
琥珀さん、昇竜拳、波動拳、百発1900、ご来場ありがとうございます。今日はノーマンズスカイやらせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。琥珀さん、いつもありがとうございます。今日はね、遅刻気味でスタートしましたので、まだ配信始めて50分ぐらいかな。もうそろそろ1時間経つかなってぐらいのところでございます。よろしくお願いします。ボンソワーでございます。ありがとうございます。今日はですね、こちらの月の月面の基地、3色の月がまばゆく光るこのね、オシャンティーな星をね、コルベット閲覧会場としてね、ちょっとアップグレードしていこうという算段でございますれば、今さっき床面積を少し広げたとこっすね。で、それによってここの天井が高くなりました。素晴らしい。天井高いってやっぱいいですね。広々としてて、今まで天井低かったから。ひまじんさん、わしの大和型コルベット、ありがとうございます。いいっすよね。めちゃめちゃいいっすよね、やっぱ大和型。大和は好きだぜ。みやびさん、ここ1週間でなんとか追いつきました。素晴らしい。1週間で追いついたのめっちゃいいですね。炭酸がそう乗り物たくさん増えてわけわからん状態でした。大変だったでしょ、この短期間で全部追いつくの。かっけー。そうすると多分コルベットの方もまだオリジナルコルベットの建造とかは多分これからっすかね。パーツガーって結構大量にパーツ集める必要があるんですけど、いろんな種類のパーツをガーッと集めて、それをフルに使って自分の好きな形を自由自在に組み立てるってね、創作好きにはもうたまんない要素なんで、いやー沼りますよ。さあ一緒にどんどん沼っていきましょう。この沼にどっぷり肩まで浸かっていきましょう。誰も引き上げてくれる人はいません。みんなでね、平等に肩まで浸かりましょう。楽しいですぞ。波動砲の位置が変わりました。いいですね。このステージ完成したらもうまた今日も閲覧会博覧会やりましょう。ぜひぜひ。相変わらず国風はね、全くいじってないんですけど、コルベット最近忙しくてゲーム起動できてなかったからね、いじりたいな。琥珀さん、夕食準備してたら通知見えて、今からなんや思ってましたね。ごめんなさい、今日いつもより遅くていやーちょっとお恥ずかしい。ちゃんとね遅刻しました。その前にちょっと用事があって、そっちの用事が盛り上がっちゃって押しちゃいました。ごめんなさいいや楽しかったんですよ。なんか友達が絵描きがいて、絵描きの見習いかな、最近イラストを頑張って勉強してる人がいて、僕の教えられる範囲でちょこちょこっとしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃないっていうのを最近やってるんですよ。どこの女よどこの女よ男だから。国勝の近くに女の子なんかいるわけないでしょ。男もうみんな男だから大丈夫、安心してね、浮気相手はみんな男だから。浮気相手って言うと意味変わってくるのか、それは違うか。白メガネさんも今日もよろしくお願いいたします。今日も一つお世話になりますというか、会場早く作るからね、俺ね、もうちょっと待っててくださいね。もうちょっとお待ちいただければと思いますいやいつもありがとうございます、本当に。グッドありがとうございます。いいね、バチグーでございます。今日もまたね、みんなでエンディング撮れたらいいな。みんなでエンディングいい感じの撮って X に写真あげるとこまでやりたい。なんかワイヤーがおる。誰かワイヤーグリッチをしようとしてるぞ。ここで誰かグリッチを貼ろうとしてるぞ。わかんないけどいつの間にか銅像がおるいつの間にか銅像がおるで。それをするってどこの男よ、男でもダメなんだ。男もダメだったかいやすごい熱烈なファン、嬉しいですな。熱烈なファンの存在嬉しいですな。アノマリー、これはアノマリーだけか、どっちだっけ。アノマリーだと違うか。トラベラーか。こっちはトラベラーかな。アノマリーだと違うのか。どっちだっけ。いいっすね。
僕もあれだな、要素早く全部クリアして、石像がいっぱい欲しいですね。増えた。増えてく。よし、じゃあ、僕は建築の方進めていきましょうかね。はい。今人さん、マシュマロでの闇落ち国和さんを送ったのは正解でした。正解だったんだ、あれ。あれ正解だったんだ。ようわからん。あれは良かったんか？脱いだのが良かったんか？脱ぎしたのが良かったんか？いや、初見さんなんのこっちゃわからない話でしょ。脱いだのが良かったんかみたいな。変態じゃねえかよ。ちょっと一回やめよう。国和が変態みたいな刷り込みはやめようぜ。じゃあ床を1、2、3マス。で、1、2、3マス乗せて、ここかな？間違った。ちょっと待ってね。3マスここか？ここを撤去して、1、2、3。1、2、3。で、ここをあれにしたい。吹き抜けにしたい。床はぐるっと一周にして、床面積あれしましょう。あ、初見さんこんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お名前失礼します。りゅうきさんですね。りゅうきさんこんばんは。初見です。ありがとうございます。ノーマンズスカイ、毎週土曜日21時から、今日からですね、定期的にやらせていただこうと思っております。国和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。一応ね、こちらの配信参加自由にはなっておりましたので、参加したい方いらっしゃいましたらね、お声掛けいただければ、定員が空いてる時ですね。定員が空いてる時、空いてない時は入場いただいた皆さんでちょっと譲り合いというかバランスを取りながらうまいこと入場していただければなと思ってましたんでね、そうしていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。こちらの配信はですね、国数の眠気が襲ってきてまぶたが重くなるまで続く配信になっておりますのでね、皆さんは無理なさらず時間の許す限りで大丈夫ですので、用事ある方は用事の方を優先していただいてね、いい感じに配信楽しんでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、月面の方にある基地の方をいじっております。こちらの基地がですね、みんなで集まった時にお互いのコルベットをね、見やすいように建設したコルベット自慢大会用の拠点になっております。はい。今日はこちらの拠点をいい感じに拡張していこうという回でございますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとこの床剥がし終わったら一旦外から見てもらおうかな。もう一枚か。1、2、3。あ、これで正解だ。このまま削っていこう。グループ入れなくてもマルチオンにしてそこ行けば野良使いで見れましたっけ？確か見れたんだと思うっす。見れたと思いますね。なので、そうですね。フレンドするにしても、もしフレンドするにしても、目の前同士でいた方が話早いんですよね。であれば、ちょっと待ってくださいね。この床剥がし終わった段階で、ちょっとアドレスをちらっと出しますね。今多分アドレス隠しでアドレス隠れてると思うので、そうなんですよ。結構前の配信で、3回ですか？もちろんでございます。ちょっと待ってくださいね。今から受付の準備をいたしますので、この床だけちょっと剥がさせてください。申し訳ないです。これだけ剥がし終わったら、今こちらのね、星のアドレスを出したいと思います。4、3、2、1、OK。じゃあ、今アドレス出しますね。なので、ポータルの方から飛んできていただければありがたいですね。そう、空白さん、そうなんですよ。でも公開してしまうと嵐が来る可能性もあるのですね。ほんとそうなんですよ。一回だけ明確に、ちょっと嵐っぽい方がこのアドレスの出し方をしつこく連投してきた方がいて、何回コミュニケーション取ろうと思っても全くコミュニケーション取る気がない方だったので、その時はアドレスをあえて表示せずに、画面左下にね、アドレス隠し、カメラ表示すると本当はアドレスが出るんですけど、この上にバーで隠してこんな感じにしてるのでね。なので今からちょっとこのバーを外していこうと思いますので、ちょっとお待ちくださいね。じゃあ少々お待ちください。一瞬画面止まるかな。こうしてこちらをこうして、でどれかな、アドレス隠しをこれをこうしてこう OK、 消えたかな。でこれで戻して、じゃあ今アドレス移しますね。アドレスを移します。はい、こ
こちら、ユークリッド銀河の今こちらの基地がある惑星になっておりましたので、はい、よろしくお願いいたします。はい。もしかしたらチャット版とかできますかな？チャット版というのは、チャット版っていうのは、ゲーム内チャットのことですかね。あんまり使ってないから呼び方がわからん。ゲーム内チャットのことで合ってます？どうなんだろう。ちょっと飲み物飲みますね。うん。うまい。版のこと。失礼しました。版のことですね。チャット版。でも確か版の設定というか、なんかあるっすよね。ブロック設定みたいなのとか。チャット版ができるならあとは、嵐が来たら、どうなんだろう。全員戦闘機に乗り換えて全員でボコすっていうのもなきにしもあらず、国数荒ごと NG じゃないぜではありつつ、明確な嵐だった場合ですね。だから昔名の売れてた嵐の何でしたっけ、なんたら13でしたっけ、誰だっけ、なんか嵐の方いたじゃないですか。まだいるのかな。ああいうのがポーンと入ってきたら、よしみんな来たぞかっこええっていう風にやる腹積もりを一回してた時期があったので急にストロングスタイルすぎて笑ったいや、国数は必要とあらば握り拳も辞さない配信者でございますよ。必要とあらばね。いや、時にはね、拳で語り合うことも必要なんでね。S がつく人ですね。そう。おった。そう、S なんだか忘れたけど、そう。そういう感じのが、至ったんでね。至ったんで。覚悟しらったんですけど、結局来なかったっすね。なんか、あれだったっすよね。僕の配信始めた冒頭の方に、実はリスナーでそいつ来たんですよ。そいつって言ったらあれかな、その人が何回か来たんですよ。2回ぐらい来たのかな。で、その時は、別に嵐恋とかしなかったんですよね。ただ、その人が配信に来ると、リスナーさんがみんな急にチリチリになって、同説が急に減るっていう。2回ぐらいで、この人そういう人なんだなっていうのが、後から分かって。で、DM もらったんですよ。今日配信に来た〇〇って人が、実は嵐やってる人で気をつけた方がいいですよって。ブロックした方がいいんじゃないですか、した方がいいですよってアドバイスをいただいて。そう、結局ブロックはしなかったんですけど、なんか、遠巻きにというか、一応コメントも普通にする人だったんで、そういうことするのはあれなんじゃないのみたいなこと、なんか遠巻きになんか喋った気がする。で、なんかそしたらもう来なくなったっすね。しばらく見てない。名前を変えてまだいるのかもしれないけど、素直にね、みんなで仲良く遊べばいいのにねって思うけど、不思議なんですよ。このゲームで嵐って何のためにやるんだろうって思いながら。そう。そろそろ、入場の方はいかがでしょうか。そろそろアドレス閉じても大丈夫ですかね。閉じますよ。いいですか。アドレス閉じますよ。なんか落としたから閉じますね。はい。なければまた。多分いけてます。よかった。よかった。また必要になったら言ってもらえればまたつけるので、よろしくお願いします。釣りしてる釣りしてる。これ何？釣り堀っすか？こんなのあるの知らなかった。おもろすぎ、なんか釣ってるし。どういう仕組み？どういう原理？おもろすぎるでしょ。びっくりするで。おもろ。ちょっと待って。クワクさん、やっぱり結構前に発売されててもそういうことやる人いるのですね。いるみたいですね。どういう時期からか分かんないですけど、なんか不思議とそういうので楽しみとか喜びを覚えるタイプの方はやっぱ世の中どっかにはいるんですね。釣りを初めて見た。で、これもやっぱ増えた要素みたいですもんね。ただ僕もいろんな要素触れてないの結構あって、設置型のこういう釣り場はあんまり見たことない。これ下どうなってるんですか？いらっしゃいませ。ありがとうございます。りゅうきさんですかね。りゅうきさん、ありがとうございます。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。いいですね。いいカラーリング。
ナイスでございます。釣り竿構えみんな釣りする構えや。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よしと、では小悪さん、国和さん、鈴木釣って釣りたいですね。鈴木って堤防釣りでも釣れるんすかね。僕船釣りしないから。あ、いい船。これ誰のコルベット？いい感じ。コックピットのところいいな、横が。うわ、見たいけどちょっと我慢。このステージできたらみんなでここでまた今日ミサイっこしよう。ミサイっこしましょう。うわ、見たいの我慢。釣りいいな釣りいいな。なんかあとちょっと待ってね。さっきのコメント隠しをもう一回復活させておいて OK。 これでね、ふとカメラを出した時にコメント隠れるんでね。うわー、見たくなるんだよな。これが見たくなっちゃうんだ、みんなのコルベットは。そういうもんなんですわ。小悪さん、陸釣りでも釣れることには釣れるみたい。知らんけど海なし県民。さあ、海においで。それなら岩手に来なさいそれなら岩手に来なさい。フィリピン人風よし。釣り堀ってこんな感じなんだ。こんな感じになるんだ。知らなんだ。これでワイも作れんのかな。開放してないのか、もしかして。釣り堀ってどうやって作るんだろう。マリンシェルターとか関係ないよね。なんかちょっと一瞬見たいかも。これか？もしかしてこのムーンプールフロア、こいつか？これもしかして水面作れるの？マジ？材料ねえやこれもしかしてそういうことか？今度試そう。いいなぁ。うわ、かっこいい。何あれ。うわ、じっくり見たいぞ、あのコルベット。よし、建築を急ごう。ここを一回吹き抜けにしたので、どうしよっかな。ここの吹き抜けを、いや、待ってよ。やべえ。始まるぞ、この国数の凝り性が。これまずいぞ。どうする？どうやって釣り堀？まずブラック建築会社を用意しますあれ、いつだかの国数のこと言ってるあれ、いつだかの僕のこと言ってますやばい。ちょっと待って、あれしたくなった。ここをせっかくガラスもたくさんもらったので、この外周一周だけガラスの床板にして、でせっかくなら木材の床板でしょ、カラーリングで言うなら。で床の向きは一周だな。こうだな。床の向きをこうして、向きも大事。凝り性だからね。これでね、パッと見のね、印象が変わるんですよ。やるじゃないですか。でいい感じの手すりはどの素材がいいだろうな。いい感じの手すりを設置することによっていい感じになるんじゃないかと愚行する国勝。ここも一旦消してみるか、試しに。さあ始まったぞ。これが終わんねえんだこれが終わんねえんだ。凝っちゃってでここは向きは縦向きに変えようかな。そう、ここよし、縦向きに変えて、でこっちも縦向きに変えて、こうでここの手すりをこうしようかな。木の手すりでね。こんな風にしちゃうのはいかが？ガラス張り悪くないのでは。広々としつつ、これなら次の順番待ってる人のコルベット下に置いても、こっから下に置いてあるコルベットが見れる3段。上から見てもいいけど影に隠れるんですよね。そう、前回この上に乗った状態から地面にコルベット置いといてもらってるやつを覗いた時にちょっと見づらかったんですよ。これだったら下に置いてあるコルベットも非常に見やすいのではないでしょうか。
なんだ今日ちょっと冴えてるな。自画自賛いいぞ国数。コルベット。そうコルベットがいい感じなんですよ。やべ、速攻で拾ってしまった今タイミングがバッチリだった。今投稿してもらうタイミングと今目が行くタイミングが完璧だったじゃあこの感じでちょっとぐるっとここ囲おうかな。で細かいところの装飾はまた数が増えないように少し調整していこうと思うんでね、おいおいやっていこうと思います。コルベット、上から見るか下から見るか。パッと光って咲いたコルベットを見ていた。そうコルベットトゥトゥルルトゥルトゥトゥルルル。いい曲よねあれね。夏になると毎回聴きたくなる。もうすぐだよ夏なんか。今日本の夏はね異様に長いからね。多分6月の後半になったらもうありえんぐらい暑くなるでしょこの感じだと。マジで日本どうしちまったんだねえマジで日本どうしちまったんだろうね。あとでそのテーブルも消そう。木床ここどうしようかな。ここは横だね。ここは縦横横でこっちは縦だね。いいじゃん順調じゃん。やっぱほら床が抜けてると向こうの方まで見やすいね。よきよきグッド。非常によきよきグッドでございます。今こうしてる間にもみんなは釣りを楽しむか、もうすでにお互いのコルベット鑑賞してるんやろな。わいも見たいなわいもはよ見たいでひまじんさんわらわらわらいやマジで日本の夏は残酷だよマジでねえ。もう自分たちが幼少期の頃の涼しい夏で返してほしい。この辺は一旦消すで。この辺は基本パーツしか使ってないからいつでも設置できるからね。小悪さん夏やだな。でも冬で10キロ太ったから夏バテでちゃんと落とさないと。それは正しいんかそれは体重の落とし方としては正しいのかでも減るっちゃ減るのか。減るっちゃ減るかさあ一旦ここまで床をもう一個かな剥がしまして、で基準となる床をまずここ横か。ここは横。ここまで横だね。なんか急に縦になったんだけどなんで。 OK。 ガラスありがとうございます。助かる本当にありがとうございます。みんなが資材くれる。嬉しい。助かる。マジで助かるよーしこの調子でガンガンいくぞ。よしはいどんどんはいじゃんじゃんはいどんどんはいじゃんじゃん。床を消しに消していく。よしいいとこまで来たね。んでガラス張りでこう。ガラスありがとうございます。助かります。ひまじんさんありがとうございます。助かる。一瞬今メッセージ見逃した。今ひまじんさんですよね多分。ありがたい本当にすごいありがたい。よっしゃ。なんか不名誉なコメント不名誉なコメント。いただき主くにちゃん否定ができん。ポーズやった方がいいか。ポーズやった方がいいのか。いただき配信者くにちゃん牢獄に入るって牢獄生活しちゃうって。なんだ俺もなんか書き物して販売すればいいんかマニュアル化して売ればいいんかこのいただき方を時事ネタすぎるって。ちょっと古いし。ルシアさんこんばんは。建築お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日からノーマンズスカイの定期配信の方は土曜日の方にさせていただこうと思ってましたのでね。はいよろしくお願いいたします。今日は建築会でございます。よかったら皆さんゆっくりしていってください。よろしくお願いいたします。今日は順調ですね。だいぶ順調。そうみんなに資材を大体みんなの資材で建築が進んでる状態です。ひまじんさんこんばんは。素晴らしい。挨拶の輪が広がる。平和でいいね。
いい配信や。小白さん、マニュアルはリアルすぎて笑うからやめて。いやあれガチっすもんね。あれも伝説なんで。そのうち教科書に載ってもいいレベル。日本でもこういう犯罪がありましたよと。ある種、本当に教科書に載せるべき内容ではあった、あれは。個人的にはね、でもあれはね、一周回って好き。自分で考えて何かをなす人間は僕は好きなので、それが悪事の方にフルぶっぱだったってだけであって、あれはあれでね、すごいとは思う、素直に。ただすごいに対してやばいが上回っちゃったっていうのは間違いない。そう、情報の授業かな、ほんとそう。情報リテラシーの授業に多分そのうち出てくるかもしれない。過去にはこういう愚かな人間がいました。人は愚かなんですって多分なると思う。ほら、やっぱこっからほら、みんなのコルベット見える。何あれかっこいい。みんな見て見て、下に止まってるコルベットかっこいいよ。みんなこれ床どうします？下の。そっか。床あれか。宇宙船、戦闘機とか、下に置くスペースあると、それはそれでかっこいいのか。これでみんなの戦闘機見れるし、ぐるっと回ればみんなのコルベットもいやー最高。いや、これ正解だったな。思いつきで床張ってみたけど、これだいぶ正解でしたね。めっちゃいい。握手します。自分で自分に。思ったより良くて。いやー、素晴らしい。ひまじんさん、一旦張り直しますね。了解です。了解でございます。今日ろれつ回ってないかも。いやー、嬉しい。これってグループ招待した方がいいのかな。ありがとうございます。ナイスグッド。ありがてえ。どうなんだろう、これ。グループとかフレンドとかってこれできるのかな。ちょっと試してみていいですか。なんかあんまり未だにこの辺の多分ネットワークだと思うんですけど、これであれか、ゆうきさん、じゃあちょっとフレンドになっておきたいと思ってるんですが、いかがでしょう。もし嫌じゃなければちょっとまずグループに誘わせていただければと思います。よろしいですか。失礼して。川木さん、いや、ほんとそう。てか、建造物の規模がどんどん大きくなってて、すごい、いつの間にかね。結局みんなに手伝ってもらったりとかもあるんで。りゅうきさん、了解です。ありがとうございます。じゃあ、招待させていただきます。ありがとうございます。で、こっから、あとは、多分ね、こうやって、なんかできるかな。これ画面表示してもいいやつ？これ表示しちゃダメなやつだな。多分。画面出ちゃってる。まずいね。ちょっと待って。これ、一回消す。ごめん。もうごめんなさい。出ちゃダメなもの出てきた。出た。この画面、これか。割ってんだ。こっからフレンドはできないのか。こっからフレンド申請はできないのか。ごめんなさい。一瞬プロフィール出ちゃって申し訳ないです。あかん。これどうしたらいいんだろう。コードか。コードだね。これはコードですね。どうしましょう。フレンド交換したいな。じゃあ古典的なやり方というか、コードの交換させていただければと思うのですが、いかがでしょうか。何もないでプロフィール出ても大丈夫です。いや、ありがとうございます。そう言っていただけると。いや、本当申し訳ない。ちょっと、配信者として今、配慮が完全に不足しました。申し訳ございませんでした。本当に申し訳ない。まだ分かんないことが多くて。じゃあ、フレンドになろうと思ったら、やっぱりフレンドコードの交換が手っ取り早そうですね。どうしようかな。ネットワークの、フレンドリストの、これでみんな出るんですけど、いい長押しで申請できるのでは。本当ですか。いい長押し。これなんかミュートって出てるけど、こっからいい長押しで、これか。招待しました。招待しました。で、招待した上でいい。押せないや。フレンドリクエストを送信しました。これできるんだ。ありがとうございます。これも送らさってるんですね。知らなかった。フレンドリストを見れるようです。もう一回で見れるのかな。
どれだ落ちり。りゅうきさん、ありがとうございます。ひまじんさん、ありがとうございます。助かりました。こういう仕様だったんだ。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ改めまして今後ともどうぞよろしくお願いいたします。フレンド交換ありがとう。 Thank you。 いや嬉しいですな。ゆったりしてってね。ゆったりくつろいでね。そこいいな。みんなのコルベットめっちゃ見放題や。さあ国和は建築に戻ります。さてさあどうしましょう。多分この辺はねこの感じでいいと思うんです。いいと思うんです。こっからどうしようかな。ジャンプ。そう、その下。この下の空間をどう使おう。多分ね、その下の床範囲が、今この階の全床の、長さと幅と多分一緒なんですよ。なので、その上に、綺麗に、宇宙船のターミナルというか、宇宙船置き場を並べると綺麗に収まるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。どうしたもんかな。そしたらそっからここまでのワープも欲しくなる感じ。さあ皆さん始まりました。これ多分パーツ2の節約無理ですね。多分パーツ2の節約は無理な感じがする。いつものやつ、いつもの感じになりそう。どうしようか。おヒュー着地。これもな、あんまり自分いい感じに設置できたことがないから、なんか目印をつけてすごいこれを綺麗な感じに設置したい。どう設置すると綺麗だろうか。これを綺麗にする方法、キューボ、こいつをきれいに設置する方法。そしてこれ宇宙船の向きどうなるんだろう。せっかくだったら向きも合わせたいので、向きを合わせたいのでコルベットから、宇宙船に切り替えます。うちのいつものやつ、うちのいつものここに持ってきまして、一回ここに止めてみる。貫通して入ってきた。あ、いいっすね。向きこのままっすね。なのでこれだったらみんなの船の鼻先が外側に向くようにこいつをずらっと並べられると、この空間はとっても素敵になるのではと妄想を膨らませる国和。ここちょっと消そうか。こいつはちょいちょい消しますね。高さ確認用のやつね。ここにも残ってた。忘れてた。で、B でカメラちょっと飛ばして、やっぱ床面積一緒だったね。ここまで消す。 OK。 ほいで結局やっぱね、そうなんですよ。建築やりまくるとね、結局パーツ数はね超えるんすよね。どうしてもね、楽しいからしゃあないね。ついついはかどっちゃうから、これは仕方ない。そうだ、この辺の都合もあったんだ。これ後で直そうね。そう、どうしようかな。どうしよう。ひまじんさんごめんなさい。ちょっと手伝ってもらうこと可能でしょうか。何このかっこいいコルベット、もう見たい。みんな国数差し置いてもう店1個してるんだから、もう羨ましい。あ、いいっすか。ありがとうございます。助かります。じゃあどうしよう。今ここの空間に今この宇宙船置き場を設置したいのですが、今これ宇宙船が内側向きなので、宇宙船の頭が外向きになるように設置したいのと、あとは縦長なので
このカメラのこの位置からするとこうかな。これに対して多分片方につき4台か5台ぐらい止まるのかな。この右辺と左辺で 4,5 台止まると思うんですよ。なので左右対称に両方外向きに宇宙船が発射できる角度でずらっと並べてほしいです。まっすぐ設置できたらいいけど、これなんかあれできないかな。なんか僕もいわゆるグリッチとかあんまり詳しくないから等間隔にピチッと設置できたらいいけど難しいんだろうな。なんかいい感じにちょっとお願いしたいです。で、僕の宇宙船避けるので今ついてるやつも今設置されてる発着場も一回消しちゃって動かしちゃって大丈夫なので、その感じですいません、お願いいたします。非常に助かります。その間に国和は上の階をもうちょっといい感じに、ね、この高さだったらね宇宙船がこうやってギリで飛び立てると。完璧か。いやー、ちょっと完璧か。これはこういう感じみたいなんでね、よくあるこの着地ができないバグ。よし、着地できた。オッケー。さてこうしてる間に他のところもどんどん組み上げていきたいところ。あとは何ができるだろうか。オッケー。で、中が今こんな感じですね。いらないものはちょっと消して、これソーラーパネルはもういらなかった気がするんだけど、消すか。ドンドン。これも消していいんじゃないか。ダメか。あ、大丈夫だな。あ、ダメだな。ダメだった。これ消したらあれだったな。向こうは発電機から取ってるからいいのか。のでワイヤーをつなぎます。ワイヤーをつないで、こいつもワープ決め込みます。ワープを決め込む。電源を取ってワープを決め込む。電源ちょうだい。いいよ。こっから経由してんのかこれ。嘘。これこっから経由してる？いいか、とりあえずこの辺に刺しておこう。オッケー。繋がれば何所でもええんよ。よし、これで向こうも。あ、しまった。今の途切れたか。途切れたか？いや、途切れてはないか。良さそう。良さそうじゃない。段取りが悪い。国勝段取りが悪い。一回上に繋いでいいかな。じゃあこっから直で行けたと思う。確か。オッケー。あとここの床を外す。オッケー。いいね。建築はリーチが長くて助かる。よしよし、解決。なんか宇宙空間にいるとやっぱ酸素がゴリゴリ減りますな。よし。オッケー。じゃあどうしようかね。どうしましょうか。いろいろ。確かに広い。確かに規模でかいこれ。どうしようね。どうしようね。うん。今下はやってもらってるので、あ、いい感じ。あ、2個ずつ。あ、いい。めっちゃ良い。いいですね。いいですね。あ、いつの間にか釣り基地ができてる。いいですね。釣り楽しめんのあっちいな。いいな。なんか見たことない設置の仕方してる。そういうのもありか。コンパクトやね。あれだったら中に
中に全部入れちゃえばいいのでは。いいですよ。こっちの下の空間どうせいろいろ設置するんで、この中に入れちゃってもいいかもしんない。ここはある意味フリースペースなんでね、この中にギチギチ押し込んでもいいですよ。上はね、コルベットポンって置いて写真撮るときにフラットなところで写真撮れればいいかなと思ってるんでね。なんか存在感ありそうなものはこの中に全部ねじ込んでもらえればいいかなと思っておりますのでね、できたらその形でよろしくお願いします。上の博覧スペースはなんかこの手のベンチだけ設置して座って見れるようにできればいいかななんて考えてました。まあでもその都度調整するけどね。どうしよう。前回暇人さんに設置してもらったおつまみも一回撤去しちゃっていいですか。これ一回撤去したいかな。申し訳ないけれども、申し訳ない。ちょっとじゃあ余計生かしたら下ろしとこう。とりあえず迷った一回下ろしとくおつまみとかね。この皿とおつまみマジでいいな。マジで発想の勝利よな。この手のオブジェクト持ってないから、そのうちこれも集めに行きたい。これあれでしたっけ。なんかの共同探索の報酬でしたっけか。確かこの辺の美味しそうなやつは。よいしょ。これも置きたい。これも置きたい。迷ったら一旦下に保管しとく。カヌレあ、ここ 5個あった。5カヌレ。いや、こっちにしたい。3カヌレとティーポット。ほう。グラスが2個。そう、前回設置してもらったこれ結構気に入っているので、なんかもったいなくて今下ろしましたそう、なんか気に入っててすごく。よし、これもケース。あとはこんなもんか。一旦こんなもんかも。いいですね、明かり装飾。いいですね、明かり装飾。いいな。こういうのも欲しいんだよな。いずれ星探索してこういうのも集めたいですね。カルキッシュルーム。一応これキノコなんですね。前にもらった気がする。前に DA さんからもらったかな。あの時の配信も懐かしいですね。めちゃめちゃでかい道の駅作りましたね、あの時も。懐かしいな。どうしようか。どうしよう。上はもうこのほぼフラットな状態で行きたいけど、この階段の位置が分かりづらいんだ。階段のところだけどうしましょうか。手すりか何か目印をつけたい気持ちもある。ただあんまり目立つものを作るとコルベットを置いた時になんか存在感が出すぎてちょっといまいちになるかも。まあこの辺にしとこうか。これこそ存在感でかいやもしれんけど、こいつを1個置いてお茶を濁すはありだと思う。わあ、どうしようね。これマックスだと絶対邪魔だから、この状態からシンプル鉄手すり2つ。まあいいんじゃないか、こんなもんで。って言いつつ、なんか余計なものをどうしてもつけたくなるこの衝動。マジンさん、国和さんこんな感じですか。どれちら。今見に行きますね。おー、いい感じですね。結構ぎゅうぎゅうに詰まったっすね。コルベットじゃねえや。ちょっと船置いてみていいですか、一回。これで皆さん、よろしければちょっと船を持ち寄って、もう持ち寄ってる。みんな準備早い。すごい、なんか紫のコルベットが2機、コルベットじゃねえや、戦闘機が2機並んでてかっこいい。いい感じですね。じゃあ一回みんなでここ船止めてみますか。並んだ時にどう見えるか。
じゃあちょっと止めさせていただきますね。早速。来い安住ナブルタイムレスチャンピオン。ひまじんさん、一旦夕食食べてくるので失礼します。放置しますね。了解です。ありがとうございます。いや、ほんと助かります。これここか。OK。じゃあ戦闘機をお持ちの皆さん、どうぞこちらに皆さん並べちゃってください。いいっすね、いいっすね。あ、違う、頭の向き逆だ。いや、でも意外といいか。あ、オッケーオッケー、頭の位置もオッケーオッケー。バッチリバッチリ。良きですね。いい感じ。いい感じ、いい感じ。白メガネさんも、戦闘機、今用意されてれば、1個並べてもらえると助かります。ちょっと並んでる様子見てみたいですね。これって、真ん中のところに間違ってかぶせると、あれなのかしら。あんまりよろしくないのかしら。判断が難しい。軍団、いいじゃないですか。良きですね。うん、いい感じかも。どっちなんだろう。間開けた方がいいのか、この丸を連続で並べた方がいいのか。いや、どうなんだろう。そっか、パーツ数減らしたいってさっき喋ったもんな。どうしようね。でもまあワンチャン、この真下にある床を隠れてるところだけ綺麗に撤去するとパーツ数を減らせるので、それでもいいか。いやー、悩ましいですね。みんなどうしましょう。どうやってこんな綺麗に設置したんだろう。お、ありがとうございます。センチネル線いいな。かっこいいセンチネル線。羨ましい。間違った。OK。いいですね。いい感じですね。どうしよう。ふむ。そっか、一応スナップできるのか。スナップできるのか。グリッチかしら。やっぱグリッチは練習した方に使えるようになった方がいいんだろうな。難しいですな。ね、難しいよね。ぴっちりうまくやるの。非常に難しい。いいですね。フリー配置で置いてます。すげえ。これフリー配置。うまいな。うまいっすな。まっすぐやで。こんな感じですね。どうだろう。でも間開けたいかな。圧迫感があるかどうか。コルベットとこの宇宙船戦闘機が同時に並ぶ台数が多分マックスで 7,8 人が多分。イマジンさん、自分はコルベットの方で放置してますね。本当ですか。なんか台数多くね。なんか台数多いぞ。1、2、3。まあ3人確定と。これって同時に出せるのか。同時に出せるんだ。でも今、戦闘機が全部で今5隻ぐらいあったな。5隻、6隻。なんか数多くね。なんか多くね。気のせいか。みんないるもんね。気のせい。さて。そう、それが見たかった。隣にびっちりになった時どうなるか。羽かぶる？やっぱり。隣でびっちり来ると、羽がかぶるのでは。かぶるか。かぶるね。みっちり注射もいい感じだけどかぶっちゃうんだな。ちょっとお好みじゃないか。難しいところ。どうしよう。間開けよっか。かぶっちゃうんだもんな。間開けましょう。間開けていきましょう。せっかく綺麗に設置してもらって申し訳ないけれども、ちょっと間は調整したい気持ちがあります。
龍騎さん、跳ねない機体持ってきますあ、船の方をコンパクトにする作戦ソーラー戦とか多分ね、みんなアウトになるんだこれ。ある意味これ正解だったかもね。船の頭の向き内側にすると、空中海の船を見に来ている人たちのあれからすると、この上の吹き抜けのとこまで船がうーっと上がってきて近くを飛んでくれるという見せ方としてはかなり上等なものになるのではないでしょうか。結果的にグッド、よきよきグッドです。しちゃって、ほんまや、羽なしや。すげえ、こんな感じのもあったんや。羽全くなしの、本当に全くないやつ。ブースターだけで飛んでるパターンや。羽ない機体これです。なんかちょっと珍しい気がするですね。僕まだあれなんですよ、いわゆるこのなんだろう、空飛ぶ系の乗り物の最新化、その1個前ぐらいですよね確か。このセンチネル戦闘機みたいなやつは、センチネル戦は比較的新しい要素だと思ったんで、これ僕まだ触ってなくて、要素いずれ触りたいと思っております。いいなー、これも機体の種類もすげえ多いですからね。羨ましい、羨ましいぞ。どうしようかな。いや、どうしよう。みやびさん、今日一日自力でそのタイプのセンチネル戦探しだけど見つからなかった。大変っすよね。結局これイベント発生させないと確か見つからないですよね。通常の宇宙船とは多分入手方法がなんか違った気がする。なんか専用のそのイベントがあるんですよね。それを発生させて探す形だったと思う。自力でも探せたような気はするけど、多分自然だとなかなか遭遇しないんじゃないですかね、センチネル戦。僕前に1回だけなんか遭遇したことがあって、でなんちゃらよく分かんなくて普通の宇宙船だと思ったんですよ。でなんかこんなのもあるんだってスルーして結局獲得しなくてっていうのを配信始めて結構最初の方で一発やってから触ってない。今思うともったいないことしたな。取っとけばよかったな。取れたのかなあの時点で、よくわかんないですけど、取れたら取ればよかった。わあどうしよう、悩む、悩みますね。でもやっぱりこの一回止めてみて宇宙船同士の羽がかぶっちゃうとあんな感じになるから、やっぱり離した方がいいのかな。で多分この会場に入れる人数今まで何回か試してみたらやっぱ 7,8 人が限度っぽかったんですよね。なので8台分あれば実は足りるんじゃないかなと思ってるんですね。どうしよう、やっぱあれですね、その場その場で悩みながら作るの楽しいけどやっぱり迷っちゃうんですよね。ちょっと酸素が薄くなってきたのでちょっと一回部屋のドア開けますね。狭い防音室で配信をしてるんですけれども、酸素が酸素が足りなくなるので時々ドアを開けてコショコショ声になります。じゃないとね、近隣住民から壁ドンを食らうのでね申し訳ありませんが間に挟ませていただきます。そうか、うまい、空気が美味しい。ちょっとジュース飲みますね。レッドブルがうまいんじゃ。マスカットが強いね。僕好みとしては紫色のパッケージの巨峰フレーバーのレッドブルがあるんですけど、あれが一番好きですね。今んとこハマってます。ちょっと前に出たさくらんぼフレーバーも試したんですけどあれも嫌いじゃなかったけど思ったより酸味強かったんですよね。なんかこのフルーツフレーバーでいうとやっぱり巨峰が一番酸味が少なくて飲みやすかったイメージがあるですね。また新味が出たら試したいですね。よし、じゃあそう息がよいしょ入れ替わったので、よいしょ。じゃあ続きやっていきますか。さてどうしましょうか。
うん。炭酸が、ケプってなる。悩ましいですね。反対側に仮に設置してみるか。これグリッチというかなんか、うまい設置方法あるのかな。これってなんかありましたっけか、その、なんかにひっつくような、ないのか。イオン電池なくて作れんし。イオン電池なくて作れないときた。悲しすぎる。イオン電池作るか。あ、前回もらった卵そのままある。そしてカルキッシュルームありがとうございます。いつの間にもらってたと気づかなかった。ありがとうございます。申し訳ない、気づかなくて。20個ぐらい作っとくか。OK。で、もう設置ほぼ済んでるですね。いや、申し訳ない。ありがとうございます。多分ね、くっつけない方がちょっと待って。一番でっかい船って、この手貨物船じゃなくて探査船でしたっけ。多分サイズ的に一番でっかい戦闘機はこの子とかになるんですかね。全体的に横に張り出したりとかするような構造になると。ソーラ船は結局着地すると収まるから。うん。そう。このぐらい開くと。このぐらい開けば当たらないんじゃないかな。輸送船です。輸送船でしたっけか。しかもこれあれですよね。シールド付きの輸送船ですよね。なんかいいらしいですね。シールド付き輸送船。シールド値高いのかな。あんま乗ったことなくて。探索には持ってこいという話を聞いたことがある。そう。すごいなんかいいらしいですよ。戻りました。お帰りなさい。お帰りなさいでございます。すいません、花火。タイタン S。ありがとうございます。パーツもらった。嬉しい。ワイもぼちぼち戦闘機を作らなければならん。そう、戦闘機も僕、組み立てしたことなくて。いずれやんなきゃいけないですね。いずれやんなきゃいけない。楽しい。やることが増えていく。いいぞ、いいぞ。さて、じゃあどうしましょうか。今、こういう感じで。いいですね。多分、これだと広いのかな。悩ましい。ちょっと今、一回カメラ飛ばしますね。みんなでカメラ見ながらちょっと決めていきましょう。どのぐらいにすると。で、多分左右4台ずつ。左右4台か5台で足りると思います。なんでかっていうと、この会場がそもそも、人数多いと落ちたりするから、上限をもう8人ぐらいで考えておいて、8台が綺麗に並ぶような形にすると良いのかなと。いいですね。片方4台ずつの設置でも結構余裕ありますね。今配信画面の方で上から見た感じを映しております。この感じだとでもいいな。床の枚数僕が数えて、で4等分になるように壁を仮設置して、そっから等間隔で設置してもらえるといいのかな。いいね。やっぱ並ぶといいな。やっぱ並ぶといいっすね。なんかワクワクしますね。なんかワクワクするな。いいぞ。そう、こういうのが見たかった。いやー、いいっすね。コルベットだけじゃなく、この手の戦闘機もここでミサイ1個ができる。ちょっと思ったよりもよきよきグッドな拠点になるのでは。いやー、今日やってよかった。いい感じだ。あとはこの幅感覚か。床の枚数何マスだっけ。前回というかここ作った時に床の枚数数えて、じゃあ何等分だねみたいなのをなんかでやったような記憶がある。あれ、ここじゃなかったっけかな。どうしよっか。皆さんイメージこんな感じです。イメージこんな感じでコルベット並べたい。じゃあどうしよう。間隔とか設置位置を綺麗に揃えられるように、なんかいい感じに印を僕がつけていきます。そうしよう。印つけます、今から。それに合わせていい感じに止めてもらえたら綺麗に並ぶのかな。いや、いいな。8台。
よく言えば10台並べたいけど、そもそも10に多分入れないから、8台で行きましょう。よし、じゃあ、今から、床の枚数僕数えながら印をつけていきたいと思います。どうつけるべきか。まず、わかりやすい印として、こいつを1個、2個、飛ばしで3個、4個、5個、6個、あれ1個飛ばしだな。6個、7個、8個、9個、10個なので、これで床の縦列が20マスってことが分かりましたね。20マスなので、そうすると20の4等分5マスずつ5マスずつなんで、ちょっと待ってね。5マスずつ囲いを作ります。どうしようかな。前にやった時にかっこよかったやつどれだっけな。なんかすごいいい感じに前作れたんですよね。金属にしとこうかな。一回金属で。うわ、なんかパーツいっぱいもらってありがとうございます。嬉しい。1でね、1、2、3、4、5、ここかな。ここが5マス。ここが5マスなんで、ここにまた仕切りをつけます。ここが1仕切りで、1、2、3、4、5で、ここがまた1仕切りか。よし、1仕切りで、1、2、3、4、5で、ここでまた1仕切りと。えいえいえいと。で、最後こっからそこまででごめんと。これで一旦区切って、であとがいい感じ。ああ、いいね。真ん中に置くのあり。めっちゃあり。なんか真ん中空いてるからどうしようかなと思ってた。これでいきましょう。そうすると8台9台分止まるっすね。いいかもしんない。 NPC とかもたまに宇宙船持ってきますもんね。いいかも。いい感じだ。あとはそうすると、今間仕切りを作ったんで、この間仕切りが目印になりますよと。で、一旦こいつは消して、みんな信じられるかい？国数 B 型なんだぜ。綺麗な顔してるだろ。 B 型なんだぜこれ。絶対嘘だろ。まあ、血液型占いとかね、なんか血液型診断ってあれ眉唾らしいですからね。なんか全然なんかそういうの関係ないらしいですから、聞いた話だと。科学的根拠は全くないらしいですから。よし、こんな感じで5枚揃えましたと。一旦端の方。あとはこっちの横が何マスかも一応見ておきたいか。で、床の色変えると多分設置が多少しやすくなるのでは。なのでもう一回こいつに登場していただきましょう。ドンで1個飛ばしてドン。よいしょ。で1個飛ばしてドン。1個飛ばしてドン。1個飛ばしてドン。横は奇数っぽいね。で、1、2、3、4、5なので、5、5の、11枚かな。横が11枚ありますと。多分11。合ってるよね。11で。1、2、3、4、5の2倍の端1枚まで出たから11枚と。横が11、縦が20。そっか、じゃあ真ん中は1枚これで
一直線に床を張り替えてもいい。床張り替えるか。中心は片方いろいろやりやすいもんね。じゃあ床の真ん中はなんか張り替えます。違う色のヤー2に。何がいいだろう。あんまりこっち使ったことないから、この床に張り替えてもいいかも。ので、一回真ん中を消します。真ん中の床消すんでね、みんな足元注意してくださいね。落っこちないように気をつけてくださいね。どっこいしょいち。あ、そこ消さなくてもよかったか。失敗した。いいで。真ん中をぐいぐいと消してって、それか12345、これで真ん中にこいつを合わせようってやると多分非常に分かりやすい。アトランディウム何個持ってたっけ。アトランディウムたくさんあれば足りるかな。こいつを床にしよう。アトランディウム、これも縦横あるんだな。こうかな。じゃあ足んなくなったら悲しいけど、まあなんとかなるでしょう。これで床を張ります。こうすることによって視覚効果によりなんか遠目で見た時にいい感じになる。ここがこの地面のセンターです。いい感じ。上から見るといい感じですね。よかった。いい感じになってます。ここが真ん中のセンターで、どうしようかな。じゃあどうしよう。ごめんなさい。一回今設置してもらった発着場一旦外してもらって、で僕がその基準になる床を今から色分けして貼っていきます。でそれに合わせてセンターとか合わせてもらえると多分綺麗に並べやすいと思うので、ちょっとその感じでお願いします。一回申し訳ないです。一回設置してもらったやつ一回撤去でお願いいたします。外してもらったら一区画5マスずつなんで、そこに合わせてそっちに廊下を伸ばします。アトランディウムありがとうございます。リュキさんありがとうございます。いやーほんと申し訳ない。こんなたくさん、しかもこんなにたくさん、すげえすげえありがとうございます。めっちゃもらった。一応元から多少持ってたのかな。いやすげえ、今すげえいっぱいもらったんだ。めっちゃもらったありがとうございます。本当にありがたい。いつも恵んでもらってばっかりやで、本当申し訳ねえ。ありがとうございます。ここが多分センターになるので、このセンター2つ消して3つ消そうかな。3つ消してここにアトランディウム床をこっち向きでドンドンドンかな。でこっちも同じく、これの真ん中1、2、3だからここだな。で3枚でいいかな。3枚でいい。 OK。 斜め発着ゾーンも作れそう。作ってました。斜めか。斜めも割といいのか。宇宙空間だもんな。宇宙空間で斜めってやろうと思うとどこがいいだろうな。この場で斜め発着場もいいけど、ここ天井あるもんな。天井はもう今日は変えられないから、うわ悩ましいな。斜め発着場も面白そうだな。ちょっと次の拠点作るとき今度斜めに挑戦しますか。結局建築が好きで、多分僕また斜めというか拠点はまた作ろうと思うので、もう終わります。早い。仕事が早い。仕事が早いぞ。さすがひまじんさん。早すぎる。置いてかれちゃうよ。 OK。 ついでに縦横逆になってるとこめっけたから、これ直そう。 OK。 よし。間違った。全然ボタン間違った。こんな感じで仮に設置してみました。で反対側もじゃあ今からやっていきます。あとここどうしようか。今こっちにも床設置するんですけど、こっちは短距離テレポーターとか
ここに設置すると、もしかしたら移動が楽なのではと思うので、ここはちょっとまた後々考えたいですね。実はあれなんですよ、アトランディウム使った床材、今日初めて使いました。ノーマンズスカイやってなさすぎる、あまりにも。おかしいな、ノーマンズスカイ前まで毎週水曜日って言ってやってたのに、ここに来てやっとアトランディウムの床初めてゴリゴリに使ってるっす。初心者か？初心者だって。ゴリゴリの初心者丸出しムーブ。やっぱ床ちょっと違うと印象変わりますね。うん、ありだありだ。そう、作ってよかった。アトランディウムの床いいっすね。月夜に映る床も空気感変わって、これもまた味がありますな。後でこの下にある柱も一回撤去しましょうね。 OK、 だいたいいいとこか。でこっちにもう一床伸ばして、ここも多分何回ある。あれ、なんか横幅違うか。いや一緒か。あ、横幅違う。うん、どっかで多分横幅間違ってない。12345 1個余りで12。いや俺どっかで間違ってるぞ。なんだ、どっか間違ってんな。123、ここが1列多い。123、真ん中ここが間違ってるや。こいつが間違ってんだ。でアトランディウム床を貼ると。これだと5ずつになるのでは。うん、多分これでいいね。じゃあここも直します。いやー、やっぱだんだん建築慣れてきましたね。やっぱり回数こなすとだんだん作業が早くなってくる。こいつをこうこれで照明ありがとうございます。暗いもんね、だいぶ暗い。で真ん中取って、センターで、真ん中取って123センター、真ん中取って12センター。よし、センター出し終わりました。お待たせいたしました。ほんまや、あそこに斜めある。斜めかっこいいな。わあ、失敗した。採用すればよかった。斜め構造、それかっこいいですね。いやーでも次は斜め構造考えよう。いやでも斜めかっこいいぞ。斜めいいっすね。いやかっこいいぞ、斜め構造。いいなぁ。今だと45度っすかね、だいたい。階段か、なるほどね。階段設置してそこに合わせるんだ。その手があったか。結構わかりやすい、いい感じの設置方法ですね。いや、いい感じだな。うわ、悩ましい。次どっか基地作るとき、ちょっとこれを活かした構造作りたいですね。いやでもこれちょっと次回やりたいです。階段とワイヤーです。なるほど。階段を設置したらそこにワイヤー走らしてその上ですね。なるほどなるほど。これやろう。これやろうって言って。絶対かっこいい。これやろう。めちゃめちゃ参考にさせていただきます。斜めいいな。すげえスピーディーに発射しそう。いいなぁ。これめっちゃいいな。これあれですもんね。設置さえしちゃえば、下の、そのまま発射できる。うわ、めっちゃいい。
次はそれだな。今回ここの天井との高さの兼ね合いで、多分斜めにやると上当たっちゃうけど、今回は平面にして、次の拠点はじゃあ斜めで決定だ。次拠点作るとき、声かけますんで、斜めって国勝の耳元で喋ってください。斜めで発着場つけることはもう確定したのでね、よろしくお願いいたします。いいね、いいな。めっちゃいい。しかもこの両方紫かっこいいな。いいな。いいセンスだ。かっこよ。マジでかっこいい。ちょっと一回作業戻ろう。わーはは、もう何分時間があっても足んねえぜ。よし。で、今床を敷きました。ありがとうございます。じゃあ、僕も一旦、設置してみたいです。設置してみて、どうすれば設置しやすいかと、どう設置すると、よきよきグッドになるかをちょっと、測りたい。一旦ぐーっと上に伸びます。下を向きます。で、角度を合わせます。うわー、ちょっと意外と、あれかな。そもそも、こっちの細い方が頭向くのかな？形として。ので、この円がどう来る？円がどう来るんだい？ 1 マス。1マスでいいかな。1マスぐらいにしておいて、こうかな、こうかな。この辺なんてどうとは思いつつ、角度がイマジなんだよな。ここもうちょいこう、もうちょいこう、もうちょいこう、もうちょいこう。ここどう？まず1個止めてみて、ここに召喚することでこういう止まり方をします。こうすると、上階が邪魔だ。こうすると、床のラインに合わせてこんな感じになるのではないでしょうか。もっと印欲しいか、もしかして。いっそあれだな。もっと単純にするか。逆さまにもつけられますね。逆さま？好きだ。マジか。へえ。びっくりした。びっくりしたぜ。あ、白メガネさん、そろそろ落ちますね。ありがとうございました。いや、こちらこそすいません。ありがとうございました。あんまりお構いもできずに申し訳なかったです。ありがとうございました。また遊びに来てください。すいません。会場の制作ちょっと間に合わなかったですね。また次回よろしくお願いいたします。白メガネさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、白メガネさん。今日もお疲れ様でした。白メガネさん、いい夢見ろよ。ありがとうございました。定期挨拶で皆さんにいい夢見れるように一言添えさせていただいております。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。本当に申し訳ない。いや、間に合わなかったな。ついつい熱が入って。ダメね、国和は建築好きすぎて、ついつい没頭しちゃって、ほんと申し訳ない。床板マットで消しとこう。こんな感じに設置できればいいかな。近い方がいい？どうする？どっちがいいかな。カメラが2階に入った。下ろします。今全体映すとこんな感じかい？こんな感じだね。どうしようか。近い方収まりいいか。ケツがはみ出すこと考えればその方が。そうか、近い方がいいか。発射した時のこと考えると。そうかも。両端どうすかな。いや、短距離テレポーターどうせ設置するし。やっぱり真ん中ラインの両端を開けますか。8台にしますか。その方が
いい気がしてきた。そうしよう。じゃあ、今みんながセンターを合わせてくれてるので、それに倣って4つつけたい。よし、じゃあ、自分の方もこれと同じ位置につけたいですね。ので、宇宙船は一回避けまして、一旦宇宙船は避けまして、OK。よいしょい。ちょっとこいつが行き過ぎだな。どのぐらいにしてる？どのぐらいにしてます？あ、うまい。なるほどね。爪ここに合わせるパターン。これうまいな。早速真似させていただきます。よし。こいつをこうして、で、B の、上がります。下ろします。もうちょい上がります。で、下ろします。で、こうか。こういう置き方ですよね。いい感じにぴったり。ぴったりかな？あ、白ラインだね。白ラインと黒ラインの合間に合わせてるから、それに合わせる。難しい。絶妙で難しいぜ。この辺かな。まっすぐ難しいね、これ。あー、難しい。あ、間違った。間違った。操作下手くそかな操作下手くそかな。いやー、難しい。この辺。いやー、どうやってもちょっと曲がるね。妥協するしかないか、ここは。大体でね、言うのではないでしょうか。いい感じ。いい感じ。これちょっと曲がってるか。ちょっとこれだけ、これだけいじりたいか。よいしょ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 。で、配置を移したいですと。ここもあれだね、どうしてもずれるね。あ、難しいや。いや、まっすぐ設置ちょっと厳しいか。いや、無言になっちゃうな。まっすぐ設置厳しいな。この辺が限度がな。それでも曲がってるけどな。いや、これいったな。これいった。よし。まっすぐ。まっすぐです。まっすぐグッドです。いい感じでは。これがあれか、ちょっと離れてるか。じゃあこれを直したらほぼ完成なのではないでしょうか。よいしょ。俺実は A 型なんじゃねえかな実は血液型検査間違ってた説あるな。輸血するときにこの人 B 型じゃありません、この人めっちゃ A 型です、見てください、ポケットの中のハンカチがなんか飛んだぞ。何事何事。もう一回設置しよう。よいしょい。あ、ワイヤーに触れたか。触っちゃったので、こ
こうこうこう。あれもしかして Y 邪魔か。あ、 Y 邪魔だ。建築センス×、国数センス×。改めまして、拙者まっすぐ置きたい侍と申すもの、いざ尋常にまっすぐ置きたいところだが、どうだ。こんなもんでいかがか。こんなもんでいかがか。いやー、もう 0.5 角度欲しい。かー、絶妙にいかねえ。やっぱりこの発着場にもスナップ欲しいですよね。なんでスナップないんだろうこれ。できた。さあ皆さんいかがでしょう。いかがでございましょう。綺麗に並んだのではないでしょうか。あ、いいですね、いいですね。美しい。いや、綺麗に並びましたね。素晴らしい。これは非常にグッドなのではないでしょうか。どうしようかな。周りの装飾、後でもうちょっと整理します。もうちょっと周りの装飾を整理して、少ないパーツ数でそれっぽい感じになるように後々工夫してきますね。ああ、いい感じですね。ああ、いいですね。非常にいい感じですね。グッド。よしと。ちょっとレッドブル飲みますね。うまい。うまし。素晴らしい。美しいぜ。あと1個設置したら OK かな。じゃあどうしよう。あ、じゃあこのまま設置してもらって、じゃあ僕は周りをちょこっといじって収まりよくして OK かな。なんかいつの間にか上にいた。どうした？今何があった？いつの間にかワープした。よー。ほいで周りの装飾というか端の装飾をちょこっといじっていいことにしよう。仮にですけどね。仮に左右にそれっぽく1、2、3、1個飛ばして4、5で、この V 字の壁はいらんか？ V 字の壁いらんかもな。どうしよう。悩ましいね。悩ましいとこですね。端の壁、まああった方が後々装飾は増やさない方がいいって自分で言ってるんだけど、増やしたくなっちゃう。仮に設置しとくか。迷ったら一応置いておく。で、多いなと思ったらその時減らす。それでいいでしょう。で、ここがセンターかな。
やべ、センターがようわからんな。そっち寄りについてるから、ここか。多分ここだね。OK。反対側見ながら同じように設置をしていく。よいしょ。ここに被るのか。まあいいか。後でこれ設置変えよう。ふむふむふむ。さあ、いかがでしょう。こんな感じで。あ、明かり素敵。ナイスー。ありがとうございます。じゃあ僕も明かり設置しようかな。どうしよう。いい感じにしたい。これ、このバッテリーは何につなげてるんだ。ちょっと待って。あ、経由してるのか。これ、バッテリーはなくてもいけるのでは。これ中継ないとダメだっけか。忘れた。いいか。どうしようかね。明かりだ。明かりの装飾をどうしようか。暗いよね。みんなどれが好き？明かり。アトランディウム灯。アトランディウム灯いいですね。確かにあんまり使ったことなかったか。アトランディウム灯。いい感じ。そのためのグリッチ。さあ、どのぐらいの間隔でつけるとちょうどいいのだろう。どうしようかな。じゃあ明かりはもうお任せしちゃおうかな。じゃあすいません、街灯はお任せいたします。いい感じに。いい感じだな。めっちゃいい感じですね。いい雰囲気だな。その間にじゃあ Y 何ができるだろう。設置もしてもらって、明かり置いてもらって、あ、レトナガさん、こんばんは。博多豚骨、その説は申し訳ございませんでした。その説は大変申し訳ございませんでした。豚骨あるじゃんと思って4つセット買ったら違ったっすね。なんか背脂豚骨なんかよくわかんない別の豚骨だったっすね。あ、酸素薄いのでちょっとドア開けますね。新しい酸素が入ってくる。いや、本当にすいませんでした。申し訳なかったっす。6個セットのパックは博多豚骨入ってましたね。ズバーン、インスタントラーメンズバーン。博多豚骨がまあうまいということで、食べたいというので買ったんですけど、4種類セット、いろいろ楽しめるじゃんって買った4種類セットに博多豚骨入ってなくて。あれだ、豚骨魚介豚骨魚粉でしたっけを、あとは背脂豚骨じゃなくてなんかもう一個別の豚骨があって、4種類中2種類が豚骨なのにそこに博多豚骨が入ってないっていうやらかしもやらかしという事態がありまして、結局おすすめされた博多豚骨にはありつけぬままという感じでございます。しかも結局醤油しかまだ食べてないですからね。結局俺やっちまったって言ってちょっと萎えちゃって醤油食った段階でまた今度でいいかって言って残り3種類は食べてないです。どっかで食べたいですね。りゅうきさんごめんなさい、ありがとうございます。ひもじさんも申し訳ない。なんか全部お任せしちゃって。ヒーター大事ですね。よし、じゃあどうしようかな。自分ちょっと上の階に行って上の階の装飾を今のうちにちょっと進めてますね。下の方はちょっと一旦お任せしちゃいます。ちなみにこの両サイドのショートワープは端同士か。オッケー了解です。レトナガさんあえておすすめを外していくスタイルかと思った。いや違うんですよ。本当に申し訳ない。本当に申し訳ない。街灯めっちゃいいっすね。アトランディウムとこんな感じになるんだ。
おしゃれ。おしゃれですな。めっちゃいいじゃないですか。めちゃめちゃいい。あ、いい感じですね。やっぱなんだかんだ言って、めちゃめちゃ規模感大きくなりましたね。あ、下になんかトラックもちゃんとおる。トラックさんが2台止まっておる。かわいい。陽気ですね、陽気ですね。あ、りゅうきさん、ちなみに発電所なんですけど、こっちの方にね、発電サークル、前回の配信で作っていただいたものがあるので、こっちから電源引っ張ってもらって大丈夫ですからね。位置的には、今僕の立ってる、あとりゅうきさんが立ってるところから、一番近い山1個越えたところ、多分、ギリギリ見えるんじゃないかな。頭出てると思うので、あそこから引っ張ってもらってもいいですし、あそこから上の階に引っ張ってると思うので、そこから拾ってきても大丈夫です。こんな感じでよろしくお願いします。あと、地上にあるショートワープはちょっと位置変えたいな。ちょっと場所変えたいですね。さあどうしようか。いや、いい感じ。めっちゃいい感じじゃないですか。どうしようかな。ショートワープが今ここに置いてあるんで、どうしよう。まあ、今日大体作って後で微調整でもいいかな。どうしよう。ここはあえて、そっからのショートワープってことにして、でもいいかな。そっちに、カード増やして、奥につなげちゃえばいいか。そうすると、アツス増えるか。悩ましいな。そこにあるから、すると、どうしようね。この辺に後ろ側に1つ2つ増やして、で、地上からのショートワープの受け1つと、上に行くためのショートワープの受け1つで、上のショートワープと接続っていう感じでいかがでしょうか。あ、いいですね。ありがとうございます。いい感じ、いい感じ。あ、いいですね。ありがとうございます。で、今、地上と屋上のショートワープつながってるんですけど、それ一回切ってもらって、この2つに地上用1箇所と屋上用1箇所つないでもらえるといいかもしれないです。で、僕は反対側に同じものを作ります。こうすると良いのではないでしょうか。やべ、運転下手。やべ、運動神経のなさを露呈してしまった。悲しいぜ。ここは、横にしたい感じが。OK で、短距離テレポーターを、いい感じに設置して、こんなもんかな。こんなもんかしら。あ、また始まった。体が勝手にギュッと曲がっていくスタイルのやつ。こんなもんか。OK。お、ひまじさん、国風さん、スノーでいくつか新しい曲作りました。フリーなのでよかったらどうぞ。ありがとうございます。ちょっと後で聞かせていただきますね。いいですね。フル活用してますね。僕もそろそろスノーでなんかいろいろやってみないとな。せっかく登録してんのにもったいない使わないの。使っていかないと。せっかくポイント月で更新されてますからね。5月のポイントまだ使ってなかったな。よし、OK。で、こっちも地上のやつが、あった。で、この地上のやつも場所変えたいな、ついでに。どうしようかな。どの辺に置いとくといいだろうか。まあなんか見栄えのほどほどな場所に、下だな。高いとこに行ったら多分そのまま登れるから。こっち端でいいかな。同じ感じでね。なんか端に集中してるなぐらいの印象で良いのでは。はい、場所をかぶせない。このぐらいにしとく。こうかな。テレポートケーブルをまず。
テレポートケーブルを、あれ待って、テレポートケーブルがなぜか繋げない。なんでだ。あ、電源先か。あ、繋げてるな。どうしようかな。上のショートワープってどこだ。場所。こっちショートワープなかったっけか。こっちショートワープないんだ。で、そっちが地上階なので、あ、いいですね。OK です。ありがとうございます。じゃあそこに繋ぎましょうかね。ショートワープルート。OK。これで一つ OK。で、もう片方は上に設置して、そこに繋げればバッチリですかね。よいしょ。じゃあちょっと上に行こうかしら。国和屋上階へ飛ぶ。めっちゃ飛ぶ。上に伸びてんのはこいつかな。失礼します。あざっす。いいっすね。あれが屋上についてるやつだけど、そいつの位置は変えたい。どうしようかな。やっぱバッテリーかさばるかな。邪魔かな。悩ましいね。非常にバッテリー悩ましい。1個があそこなんで、なんかいい感じの場所に置きたいとこだけど、ピンとこないな。ピンとこないね。端っこにしてもいいけど、でもやっぱ真ん中かな。ここが床面積が1、2、3、4、5。ちょうど5だから、この真ん中に設置しちゃってもいいかな。なので、こいつは1回切ります。こいつを1回切って、1、2、3。センターに置いちゃうか。1回迷ったらセンターに置いちゃおう。微調整はまた後でやろう。ドン。OK。で、これに、テレポートケーブルと、急速落下。OK。こいつかな。宇宙船に近づぎます。こいつか。ごめんなさい。ここのセンチネル星一回避けていただいてもよろしいでしょうか。建築の時に反応しちゃう。ちょっとだけ離してほしいです。お願いします。どうなったの？この生かしたセンチネル線はどうなったかしら。ありがとうございます。申し訳ない。ありがとうございます。OK。設置完了。で、上のやつにこれから電源引っ張ります。こっから引っ張っちゃっていいや。OK。で、こっから上に向かってアイコンを合わせると、これだけで引っ張ることが不可能。首が向かない。飛ばせばいけるか。そっからなんで、上のこの辺、こいつだ。OK。こいつは消す。OK。ありがとうございます。あ、ちゃんと看板も設置してみる。ありがとうございます。看板いいっすね。このバッテリーもいらないのでは、もしかして。これってだって、あ、電源そうなってるのか。これ自家供給じゃダメなのかな。ちょっと待って。ごめんなさい。ちょっとバッテリーこれ避けたいかも。どうしような。いつの間にか配線が複雑に。あ、でもいいね。いい感じになったね。グッドグッド。よきよきグッドですね。そっか、センターのショートワープがこんな感じになるのか。どうしようね。そっか、センターのショートワープがそういう感じになるのであれば、少し配置変えたいか。真ん中に置くと、あれの邪魔になるしな。どうしよう。真ん中同士でもあれにしたいな、じゃあ。よいしょ。いい感じ。バッチグーですな。上行きと下行きでね。わかりやすい。非常にわかりやすい。センターどうしよ
あとどうしましょうね。どうしたらいいんやろ。そう、これが真ん中同士の端から端までの。このワープゲート、この辺にしとく？ここの通路上で通路の端から端までつなぐイメージで置いた方がいいのかな。それとも、この辺に背中合わせで向こうと向こうに置いたら、比較的分かりやすいのではとか思った。そう、例えばよ。例えば、こう設置して、この位置だから、ここら辺にこう設置して、大丈夫かな。センターが、ワイヤーが邪魔だ。真ん中置けないよ。どうしようかな。こうかな。なんだこれ、さっきからバグるな。何に弾かれてんだこれ。こうか、設置向きこうの。この背中合わせて向こうとこっちつなぐのと、そうするとこの辺なんかすっきりしない？ここだね。ここと、今センター同士つないでるショートワープの位置をここに変えたいかも。金属プレートナッシング。オッケー。で、こっからやろうかな。こっから、こうして、これ柱の位置、柱の位置ここになってんのか。ちょっと待って。ごめんね、ちょっと待ってね。本当？そう？ここが1、2、3、4、このワイヤーのとこだから、そっちも同じ感じにしたいか。ちょっと待ってね。一回、ここの街灯もちょっとずらしたい。申し訳ない。ちょっとこれもずらしたい。細かいところで申し訳ないけどね。ここに持ってくればちょうどいいんじゃないかい。こんな感じで。で、ここにこんな感じで、こうしたら、いかがでしょうという感じ。ちょっと真ん中ずれちゃったけどね。これでいきたいかも。ありがとうございます。助かる。で、これを申し訳ないけどちょっと撤去したい。今せっかく設置してもらったけど、いいですかここ撤去で。なんか広く撮りたいからね。今消したら途切れちゃうかな。よいしょ。途切れちゃうか。こんな感じにしたいです。これさ、ごめん、マジでわかんないんだけど、これバッテリーって何で設置してるこれ。中継用ってこと？ごめん、申し訳ない。これ撤去しても大丈夫ですか？いいのかな？ちょっと申し訳ない。どうしよう。撤去する前に向こうからなんか持ってくるか。向こうから一本引っ張ってきますね。ほう。せっかく電源あるからね。ここにね、あんまりと。発電省と、あとここにも予備バッテリーがね、いっぱいあるのでね。こっからじゃあちょっと、間違った。引っ張ってきますね。せっかくだから、こいつからでいいかな。よいしょ。さあ、テレポート電源だ。活躍してくれたまえ。で、こいつを、
こいつを直接そこに1個。また宇宙船が近いと。宇宙船が近いと。ごめん、一回宇宙船に避けてほしい。俺が近いのか。俺が宇宙船近いだけか。宇宙船止まってる今。さっき避けたよね。あれ飛べ。宇宙船いないな。Y が近いのか。プレイヤーの当たり判定ね。いや、違うぞ。そっちに2台止まってんのがダメってこと？ここならいける。ここに射しちゃうか。えい。で、残りの電源はここからもらいます。配線ごっちゃごちゃになっちゃうけどね。ここになんかいるな。ここになんか設置、なんだこれ。中継ってこと？ OK。で、向こうの方にも、こっから向こうに給電しちゃいたい。ここだな。給電。OK。で、そっちも横渡しで給電しちゃいましょう。よし、OK。これでいかがか。良いのではないでしょうか。これでね。多分電源供給が済んだのではないでしょうか。よしよしよし。で、矢印ステッカーちょっと真似させてもらいますね。これで。見づらいか？そしてなんか真ん中それてるか？いや、これ後で微調整しよう。こうと、こっち側に。マジで待って、このバッテリー何のために置いてる？これ教えてほしい。申し訳ない申し訳ない。これがマジでわからん。これって避けていいの？これさっき撤去しなかったっけ？残したっけか。これ撤去するよ。いいね、OK だね。OK。よし。いかがでしょうか。よろしいのではないでしょうか。これで、ちょっと今、カメラを飛ばしまして、地上界こんな感じになっております。こんなんでいかがでしょうか。赤間上定理さん、ばんは。赤間上定理さん、ばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。本日もノーマンズスカイやってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日もですね、例の、月が3つ輝く月の星ですね。こちらで基地の方の作成の方やっております。また手伝ってもらいながら、今、上の階が少しいじらさったのと、下の階の方にもね、戦闘機用の設置場所をこのように作ったところでございます。はい。ひまじんさん。さっきのやつと大丈夫でした。いやありがとうございます。なんか申し訳ない。なんか僕のわがままでちょっと今、いろいろこの辺いじらせてもらったので、そこ本当申し訳ないです。いや。パンダさん、キャー出遅れた。いらっしゃいませ。大丈夫ですよ。お待ちしておりました。いつもありがとうございます。始まってますよ。レディオウェイブスさんお久しぶりです。いや、ほんとお久しぶりです。半年はまだ経たないか。はい、レディオウェイブスさんこんばんは。今日もありがとうございます。はい、お久しぶりです。ノーマンズスカイ。今日からですね、毎週土曜日の定期配信という感じでやっていこうと思ってましたので、お時間合えばぜひぜひよろしくお願いいたします。いや、嬉しい。ありがとうございます。最近はね、視聴者参加型ということで、いろんな方に手伝ってもらいながらね、
建築やってみたり、みんなでコルベットをね、鑑賞し合ったり、で、ちょっと珍しい宇宙船を自慢し合ったりとかね、そういう風な感じで過ごしておりましたので、はい、よろしければ一緒にご参加いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。いや、嬉しい。悪魔神大陸さん、レア物を求め旅をする自称レジェンダリーハンターだ。出たな、レジェンダリーハンター。最近もまた、グッピー型だっけかなんか別の船また見つけてましたね。いいっすね。レア物集まってるようで何よりす。よいしょ。防音室ドア閉めますね。よいしょ。オッケー。パンダさん、行っていいのパンダさん、いいっすよ。いつも通り。いつも通り。レディオウェイブスさん、土曜日にやってるのでびっくりしました。いや、いろいろありまして、ちょっと私生活の方でね、生活リズムが変わることが、ありまして、しばらくの間、多分6月の半ばぐらいまでは、土曜日の定期配信になるかなと思います。6月後半からまたちょっと勤務体制がちょこちょこっと変わるので、また少し変わるかな。そうなってくると、定期配信のタイミングがまたばらつくとは思うので、まあそこはだんだん調整が必要かなというところです。日程に関してはまたまとまったらね、YouTube の投稿か X の方でつぶやこうと思っているので、確認していただければなと思っておりますので、すいません。よろしくお願いいたします。いや、今日は本当ありがとうございます。悪魔神テイルさん、5機目のエネルギーシールド付き輸送船、素晴らしい。いいっすね。本日もね、ご来場いただいている方、輸送船お持ちいただいてますのでね、一緒に見ていただければと思います。ゲットした船をこちらにお持ちいただいてももちろん大丈夫です。はい、よろしくお願いいたします。4色の鳥型グッピーのアドレスを公開しました。アドレス公開あれ込みだったんですね。いやー、素晴らしい。皆さんもね、4色の鳥型グッピー、悪魔神テリさんのアカウントの方でね、アドレス公開してらっしゃるということでしたので、気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、素晴らしいですね。やっぱこのアドレスの共有でね、宇宙船とかいろいろ共有できるのはまた素晴らしいですよね。ノーマルスカイのいいところ。これが楽しいんだ。ここでね、グッピーとかも並べていただければ、ここでみんなで、見ることができるのでね。いや、作ってよかった。手伝ってもらえて本当によかったっす。いや、本当に今日はありがとうございます。いや。もう白メガネさんはちょっと早めに今日離脱しちゃいましたけど、これで今日完成できたのでね、また次回の配信からみんなでここで集まれるかなと思っておりますのでね。はい。よろしくお願いいたします。まだまだコレクションはありますから、いや、いいですね。もう公開する場所を作ったんで、もうなんぼでも並べていただいて。みんなの船もここに並べてもらってるんでね。素晴らしい。そうか。裏返ってるとこから着地するとそういう挙動になるのか。あんまり見ない挙動だから、なんだろうと思ったら、こうなって。早いな。ワイのより早いのでは。いいスピードだ。パンダさん、終わり？と思うじゃないですか。今はですね、本日から配信に来ていただいているりゅうきさんにね、手伝っていただきながら、この辺をね、看板もつけていただきました。ありがとうございます。ここの階と地上とね、あとは上の階をつないでいただきました。上の階の中がね、今軽くこんな感じになっております。前回から天井を一段上げたのと、あとはね、ぐるっと一周、外周にして真ん中は節約で、もう床抜いちゃって、で、上から戦闘機とかがね、見えるように、こんな感じになっております。いいっすね。見やすい。見やすい。自分で言う。これによって下に宇宙船止めてもらったら、上からこうやって一望できるというね、構造でございます。いいっすね。上から見た感じもかなりいいっすね。いやー、よかった。本当に。いや、本当に今日はご協力いただいてありがとうございます。パンダさんも早速来ましたね。ありがとうございます。ゆっくりしていてください。さて、あとはですね、そうですね、この辺の装飾とかに関しては、あんまりたくさんつけると、前の拠点の二の舞になって、重くなっちゃうので、まあ、どうしようかちょっと考え中です。
うん。どっかのタイミングで少しベンチ置いたりした方がおしゃれなのかなとは。あと明かりは置きたいなと思ってるんですけど、まあ後々っすね。ここら辺に関しては。で、1段上げたついでに上の方を外にせり出す斜め屋根を使ってこのように高さを追加しましたので、結果的に外周1周分床が広くなっております。上の方はこんな感じで、あ、こっちつけるの忘れてたな。来た来た、コルベット集まってまいりました。ありがとうございます。ちょっと建築忘れがあったので、ここにポチポチっと建築をくっつけて、建築をくっつけて、OK。こんな感じで、いかがでしょうか。で、こちらを、こんな感じですね。いかがでしょうか。いや、すごいいい感じになりましたね。めちゃめちゃいい。下になんかトラックが並んどる。下にトラック並んどるって。いい感じだ。めっちゃいい感じですね。さあ、こんな感じになりました。素晴らしい。いや、マジで素晴らしい。ありがとうございます。どうなんだろう。ほぼ完成でいいのかな。ほぼ完成でいいのかしら。うん。一旦完成でいいかも。うん。一旦完成で、いいですね。早速、広いフロア堪能してらっしゃる。いいっすよ、いいっすよ。せっかく作った広いフロアだから。で、あそこにね、釣り場も、しれっとあそこに釣り場が、僕まだ一回も釣りしてないですけど、あそこに釣り場があるので、ショートワープもあるので、遊んでみるのもワンチャンありなのかな。うん、ワンチャンありなのかもしれない。あ、肩が凝った。おー、いいじゃん。よかった、褒められた。ありがとうございます。すごい、なんか、みんな思い思いにいろんなものが、いろんな、トラックトラックナイス着地。わあ、いいっすね。そしてコルベットも、いらっしゃいませ。丸いですな。これも見たことないかも。おニューですか。前、来ましたっけか。いいっすね。エイロンのパーツがいい感じに、あと目が可愛い。ライトいい感じですね。シールドが腹についてる。いい感じだ。レディオウェブズさん、かっこいい基地だな。ありがとうございます。褒められると嬉しい。今日はですね、いろいろ手伝ってもらいながらのここまでの建築でございます。昨日できました。新作ですね。素晴らしい。今日はひまじんさんと、あと白メガネさんもいらっしゃって、あとは、本日からいらっしゃってるりゅうきさんにも率先して手伝っていただいて、なんだかここまでこぎつけました。誠にありがとうございます。いや、本当ありがたいですね。ねえ。お、あずらさん、チラあずらさん、ありがとうございます。今日もね、ノーマンズスカイやってました。こんばんは、あずらさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。今週から毎週土曜日、6月の半ばぐらいまでですね、毎週木曜日定期配信21時からノーマンズスカイやっていきますのでね、水曜日からお引越ししました。よろしくお願いいたします。あずらさん、少し遅くなったね。ごめんね。いえいえ、そんなことないですよ。いや、いつもありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。来てくれて嬉しいです。今日はですね、また協力いただきまして、基地がこんな感じになりました。トラックが4台に増えてる。いつの間にか。気づかなかった。はい、ありがたいことに月面の方の基地がこんな感じになりました。一回太陽呼ぶか。ちょっと待ってね。一回太陽呼ぼう。F だっけか。
こんな感じになってございます。あんまりあれか。太陽真上の方が分かりやすいか。こっちか。今こんな感じですね。いかがでしょう？いい感じなのではないでしょうか。あ、アークスライダーさん、いらっしゃいませ。あ、和骨ありがとうございます。あ、いいね、ありがとうございます。嬉しい。いつもありがとうございます。今日は月面の方の基地が今いい感じに完成ですね。完成したところでございます。ありがとうございます。もう完成でいいでしょう。完成です。いやー嬉しい。本当に嬉しいです。はい。今週からね、6月の半ばまでは毎週土曜日配信しようと思ってたので、よろしければ時間合うようであれば、はい、遊びに来ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと生活リズムがポロポロちょっと変わる状況に今あるので、6月以降また変わっちゃうのでね、また時間が変更になっちゃうんですけど、その時はまた通知させていただきますのでね、よろしくお願いいたします。果汁さんこんばんは、いらっしゃいませ。ありがとうございます。いい基地できてるね。ありがとうございます。はい。また今日も手伝ってもらいながらここまで、基地を作成することができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。とてもいい感じになっております。なんかめっちゃロボットが踊っとる。めっちゃ踊っとるで。いい感じにね、なっておりますよ。これでね、またここでコルベットの博覧会と、今度は下段の方でね、今度はコルベットだけじゃなくて戦闘機とか、輸送船とか、あとは気象士とかね、下の方に、8台まで並べられる形に今回なりましたので、ここに設置してみんなでここで見せ合うっていうこともできるかなと思っておりますのでね、ぜひぜひ自慢の一機を、自慢の愛機を持ってきてここで並べてみてはいかがでしょうかというところでございます。いやー本当にありがとうございます。いやみんなのかっこいい船が止まってますね。ああそうだ、これ見たかったんだ。ではもうああいいっすね。じゃあ始めますか。コルベット鑑賞会どうします？コルベット鑑賞会か宇宙船鑑賞会。今日はどっちもできますからね。みんなで集まってここに宇宙船並べるもよし、上の広いところでみんなのコルベット入港させて、みんなでカメラで舐め回すように思い思いにコルベットを見せ合うもよし、何でもできる。何をしてもいい。これがノーマンズスカイ。素晴らしい神ゲーだ。ちょっとベンチ置きますか。なんかカメラ飛ばしてる間になんかバグかわかんないですけど、なんかこのボディが天高く飛んでたりする時があるんで、一応ね適当にベンチを設置して吹っ飛ばないようにちょっと予防はしておこうかな。どれがいいだろう。この辺でいいかな。そうですね、いい感じですね。なるべく端っこの方に置いてもらえるといいかもしれないですね。こっちの方の近くに置いてもらえると、そうだな、多分この辺ラインで置いてもらえるとコルベットがこの真ん中に入港してくるので、その時にいいかもしれないですね。被らなくてちょうどいいかもしれないです。これをなんか適当に何台か、いい感じですね。ありがとうございます。どうしようかな。我先にという方、コルベットお持ちいただければと思いますが、どうしようかな。最初こんな感じだよって Y のコルベット一回入れてみるか。一回入れてみようかな。ぐっと飛んで、いつものうちの子ですね、ロブスターくんをじゃあ今から入港させたいと思います。準備はいいかいロブスター。いいね、今日も茹で上がってるね。中まで真っ赤だぜ。参ります。待って、くしゃみ出そう。失礼しました。やっぱ音乗っちゃったか。申し訳ないです。
あ、もう準備できてた。準備できてた。申し訳ないです。じゃあちょっと入れさせていただければと思います。失礼いたします。お邪魔します。いやー、減速して真ん中合わせて。ここにも印なんかつけた方が入りやすいのかな。いい景色だな。いいっすよね。いや、あれですね、みんなが協力して作ってくれた基地も相まって、さらに今日はいい感じになりましたね。この辺。さあどうだ。いい感じになったのでないでしょうか。さあ皆さん、スクショタイム、違うな、カメラタイムです。よいしょ。やべ、しまった。このバグ対策考えてなかったこのバグ対策考えてなかった。これどうにかしようと思ってたのに。よし、乗った。中に入れば治るんでね。再現性のあるバグなので、多分みんなここにコルベット止めて降りるときは多分こんな感じになると思いますのでね、ご注意いただければと思います。でこんな感じにコルベットを設置していただいて、でこの状態でカメラを飛ばすとするとこんな感じになります。ちょっと手前すぎたかな。本当はもっと真ん中に止めるといいんですけど、ちょっと下手くそだったですね。こんな感じになります。プールがちょっとやっぱ後でプール一回動かそうプールちょっと下の階に持っていきたいかなちょっと申し訳ない。ちょっと下の階に持っていきたいかも。で、お気に入りの画角はこの辺ですかね。こんな感じになります。いかがでしょう。こんな感じになります。いや、意外といいかも。プール意外といいな意外と馴染むかも。こんな感じです。で、これをみんなのコルベットでやろうよという形でございます。やっぱ下の方も斜めにしてよかったな。なんか基地感が増した。巨大豆腐じゃなくなったから、意外と斜めにしたのは正解だったかもしれない。こんな感じですね。ああ、いいですね。これ。ああ、ノーマンズスカイ楽しいああ、ノーマンズスカイめっちゃ楽しい。いや、なんて自由なんだろう、このゲーム。いやー、ずっと見てられる。いいっすね。こんな感じでございます。こんな感じでございます。あとはそうですね。この状態から光の加減でもこうやって楽しめますのでね。こんな感じでございます。皆さん思い思いにカメラを飛ばしていただいて、お互いのコルベットを眺め合いましょう。やっぱ光の加減を調整できるのはいいですね。確かこの太陽ってカメラを出してる人がおのおの調整できるんですよね。確か。なんか床の向きがなんか床の向きがところどころ。これ後で直そう。それか後でこれで模様作ってみるか。これは後で調整します。いいっすね。こんな感じでございます。はい。で、カメラ飛ばしてる間にバグで体が飛んだりするんでね、カメラ飛ばすときは今やんなかったですけど、ベンチとかに座っていただければね、吹っ飛ぶ心配もないのかなと思うので、はい。ちょっと、僕のコルベットを避けまして、さあ次の方どうぞ。着地。よいしょ。OK。よいしょ。このまま抜けます。よいしょ。一番近いポータルどこだろう。そこか。その辺に止めれば早いんだね。はい。
着地 OK では降りまして、こっちやね。そのまま行けるか。ダッシュ失敗したから多分届かない。この下の柱もどうしようね。なんか後でいい感じに変えたいかも。よいしょ。で一旦ここにつながりまして、で上に到着と。いいっすね。いい感じです。よいしょ。太陽の位置がなんか固定になっちゃったか。という感じでございます。あれ、地熱イベントなんで楽園でも地熱になるのか。あれ、ここって楽園じゃなかったでしたっけ。あ、気候無大気だ。あ、違う。ここはあれか。月が綺麗ですねって言ってとりあえず登録したんだ。ここは楽園じゃなかった。こんな感じでございます。いやー嬉しい。すごいなんか流星が初めて見る。流星がめっちゃ降ってくる。あ、こんなイベントもあるんだ。うわ、流れ星や。願いを3つ唱えるとか思ったけど、すげえ数降ってきた今。願い叶え放題なのでは。こんな感じです。いやー、整いましたな。今何時？今1時半、1時40分。落ちた。パンダさんがいつの間にか消えている。悲しい。悲しいぜ。やっぱ不安定なのかな。やっぱなんかあれですね、ノーマンズスカイちょっとまだまだ不安定な感じあるですね。いや、いい感じですね。なんかすげえ、何かがすげえ高速回転してる。あれなんだ。お邪魔します。ああ、これか。当て積みしたね。なんかトーテムポールみたいになってるね。トーテム電源だね。電源ポールか。このプールもないずれワイも真似してちょっといろいろ活躍させたいな。これでプールできるのは今日初めてちゃんと見たかもしれない。なんかすげえ斜めってるな。なかなか斜めやね。今度これは真似します。さてさてさて、じゃあ今日はあとはどうしましょうか。パンダさん、画面がちらついて設定いじってたら落ちた。ゲームあるあるや。ゲーム全般あるあるですね。やっぱ不安定になるのかな。ここ直そう。えいやえいや。いい直線。あと曲がってるところはねえか。曲がってる床はねえか。はい。ちょこっと散歩して。なんかくるんってなってんのがあったら直していこうかな。ここだね。ここが2つくるんとしてるね。整列気をつけー。オッケー。釣り針例の85あります。見に行きます。例の無限昇降機お邪魔します。あ、これですか。これですか。どんな感じなんですか。どこに設置すれば。こっちでなんか止まった。ちょっと待って、マジでわかんない。なんか僕だけ登れないの。これなんすかね。来たうわ、やっと登れた。やっと登れた。無限昇降。あ、こういう技なんだ。
これあればカメラ飛ばす必要がなくなるんですね。いいところまで上がって、そっか、これだとコルベット干渉めちゃめちゃしやすくなるんだ。うわー、これすげえ。ちょっとこれ覚えたいな。この状態でシャッとこうやればカメラ設定完了なわけだ。わあ、これすげえ。テクニックだ。これ結局グリッチなんでしたっけ？ワイヤーグリッチ？降りるときはゆっくり降りるしかない。グリ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 、方向変えながら降りる技ジャンプすればいいのか。ジャンプするとはしご解除。いえ、膝折った。ワイヤーです。ワイヤーなんですね。ワイヤー敷いてはしご寝かせればいいのかな。これはこっち側から登ればいいんですか。これいけたー。いやー、ありがとうございます。飛べばいいのか。いやー、気持ちいいです。ありがとうございます。こりゃありがたい。ナイスでございます。ありがとうございます。どれいや、ありがとうございます。りゅうきさん外見と、機動性極振りした、結果、内部狭くなって変態起動ができるようになりました。どの子？その子？いいっすね。良きっすね。ギュンギュン飛ばしてもらってるやつ。入港していただければ、じゃあ鑑賞会しますか。入港してステージ上にようこそ。ステージ上にお越しください。あ、ここの舞台いい感じだな。よかったです。ここで作ってもらって。こっからカメラ飛ばせばめちゃめちゃ見やすいじゃないですか。素晴らしい。はしごもあるし素晴らしい。完璧な会場だ。椅子置いちゃおう。椅子置いちゃおう。よし。素敵な椅子を設置しちゃおう。ここだと輪っかにかぶる？この辺にしようか。輪っかにかぶったらあれか？ OK。 一旦これでいいや。一旦こうしよう。踏む。おー、いい。めっちゃいい。パンダさん、それで空中に基地を作れるようになりますね。繋がるんだ。あ、そっか。固定してるからいいのか。さっきの登ったところからワイヤーグリッチか何か飛ばせるのかな。さらにそっか、ワイヤー空中に止められるんだっけ。うわ、めっちゃいい。いいっすね。リュキさんありがとうございます。じゃあ早速です。ドローン GO。 さあ皆様、こちらでございます。後で釣り場の短距離テレポーターちょっと中入れますか。その方がいいかもね。いやー、いいっすね。かっこいい。そしてですよ。かっこいい。真上の方がかっこいいかな。あ、黄色いラインがいい。めっちゃいい。俺ドア閉めてるよな。ついつい叫んでるけど。よし。いいですね。パーツの連なりがいいですね。いいね。武骨だね。いいね。いや、めちゃめちゃいいですね。こういうことですよ。こういうことなわけです。いや、いい。やばい、テンション上がる。こんな感じでございます。いいですね。この角度もいい。やっぱエーロンパーツはいいですね。
後ろの方の凹凸感とかがたまりませんな。めっちゃ目の方よ。素敵だ。ケツをはっきり見ようと思ったらこうか。ふむふむ、こっちがいいかな。いいですね。これはエーロンのブースターが3機。いい感じだ。いいですね。この全体のバランスが非常にいいですね。長さがいい。回転させてますね、後部。マジですか？回転させてる。この両サイド？これ横につかないっけか。これそっか、横向きにならないっけか。おしゃれー。技光ってる。なんかあまりに自然すぎて今気づかなかった。しかもこれ埋まってるや。グリッチか。この笛グリッチの塊です。やりますね。やりますね。いいっすね。やっぱグリッチなんだな。やっぱグリッチがあるとだいぶ変わりますね。このラインがね、すごくいい。伝わるかな？このライン。このラインがね、すごくいい。いいですね。横につくんだけど、向きがね、なんか普通につけると、あれなんですね。いまいちなんですね。普通につけるといまいちなんだ、これ横向きが。いやー、めっちゃ良いですな。いいな。これもしかしてパーツの種類意外と少ないのか？これ同じパーツか？もしかして。かぶせるとこんな感じになるんだ。これいいっすね。うまいな。上下もこれ重なって食い込んでるのか。で、なおかつセンターのところもこれも向かい合わせ。これって向かい合わせ確かそのままだとならないんでしたっけが。これもグリッチか。うまっ。いいっすね。いや、めっちゃいい。良きですね。これブースターとか武器とかに関してはもう全済みっすかね。機動力特化って言ったっけ？機動性極ぶり。これじゃあ中も見ていいですか？そしたら。中も見たいです。カメラが。すみません、ちょっと中にお邪魔させていただいてもよろしいでしょうか。内見させてください。出入り口はリアクターは全積みです。素晴らしい。パーフェクトでございます。いいっすね。これは下部のタラップではなく上なんすかね。上と後ろかな。じゃあすいません、いいですか？ちょっと見させていただいて。今時間がほぼ1時に近くなってきてます。ちょっと国数の眠気が来ております。最近ずっと日勤だったんでね。こっからですね。じゃあすいません、お邪魔させていただきます。失礼します。セーブポイント素晴らしい。やっぱサイドにガラスがあるとやっぱいいですね。空間が広くなりますし、外の景色見れるのがめっちゃいい。やっぱノーズが長いといいですね。これ乗り物好きの人ならわかると思う。このノーズが長いのがね、いい。すごくいい。グッとくるなぁ。これグッとくるなぁ。いいですね。この辺がかなりスマートですね。こうやって見ると。結構人によってはこの辺に装飾置いてみたりとか、いわゆる運転席のところ装飾する人もいるんですけど、これはノーズが隅から隅まで見れる感じですね。素晴らしい。これもしかして中マジでここだけ、下もあるのか。下もじゃあお邪魔します。これはまさかここにミッションレーダーということは、階段ってこれできるんだ。交互だけじゃないんだ。これいけたっけ？今度これ真似したいな。
おおほほほ、ここが下のとこですね。ほんとだ。めちゃめちゃ最小限にしてある。すげえ。あれじゃあもう奥は本当に何もなし。これはすごいぞ。圧縮も圧縮や。これはマジでこだわってますな。で、両サイド、パーツと。エンジンがここと。なるほど。速度いいのは別のコックピットだけど、見た目の方がいいの気持ちが勝ちました。なるほどね。あれですもんね。結局コックピットのデザインも三者三様というかみんなバラバラですからね。そう、有機的なのもありつつ。ありがとうございました。いやー、ナイスですね。非常にナイスですね。やっぱコルベットはいいね。コルベットはいいよ。やべ、乗りっぱだった。降りるタイミング見失っちゃった。なんか久しぶり、この景色久しぶりかも。最近見てなかったこの景色。ありがとうございました。素晴らしい。やっぱこれだな。やっぱコルベットがみんな沼る理由わかるっすよね、これね。もう個性がみんな光るから、ほんと千差万別っすからね。よし、じゃあ改めて上行こうかな。よいしょ。で、よいしょ。で、また、観客席に。あ、手すりつけてる。ありがとうございます。助かります、手すり。ベンチも増えてる。助かる。ありがとうございます。ベンチって意外と光量あるんですね、こうやって見ると。素晴らしい。じゃあこうして。大和入港です。ありがとうございます。いいっすねー。お隣どうぞ。いや、一緒に鑑賞しましょう。やっぱ大和でかいですからね。いい動きじゃ。今のうちにちょっと空気入れ替えよう。酸素がね、薄くなってくるからね。今年もね、防音室の空調関係とか、酸素補給とかちょっといじろうかと思ったんですけど、ちょっとお金なさすぎてやばいっす。ちょっと無理かも、今年は。欲しいものいっぱいあるからちょっと厳しいかも。ああ、見て。いやー、マジで壮観だな。これまた高さちょうどいいですね、ここね。計算され尽くしている。ご入庫ありがとうございます。いやー、いいですね。ちょっと飲み物飲みますね。だいぶ炭酸がぬるくなってきた。ではカメラの方失礼いたします。ユン。さあ皆さん、撮影タイムでございます。前回X の方で写真をガーって並べたんですけど、なんだろう、結構手間がすごかったので、写真の方は最後の集合写真みたいなのを1枚2枚X に上げられればいいなと思ってましたので、最後にね、みんなでまとめていい感じに並べたりしてもらって、でみんなまとめて写真撮れればなと思ってましたので、そんな感じでね、想定しといてもらえればなと思います。よろしくお願いします。よし、ライトオン。ヤマト。あー、かっこいい、ヤマト。一回こっちにしてみるか。めっちゃいい赤っすね。皆様、宇宙戦艦ヤマトでございます。いいですね。船内の方で青いリングが光ってるのがまたいいですね。下部の方で赤いラインがさっと光るこのエーロンパーツの使い方もまた粋ですね。ここに赤い線を入れるっていうのがまたね。そして後ろの尾翼。ブースターもいいっすね。これ前からここ1本でしたっけもね。確かね。後ろの方針まっすぐでしたっけか。そこ金色でしたっけか。このパーツなんだ。
れ、あれか、フェンス上下にくっつけてるんだ。これ、こういう使い方もできるんですね。これすげえ。あ、これもだ。この黄色いのはこれ見覚えないパーツだけど、でもなんだろう。これあれか。拡張足場だかなんだか、確かあったっすね。正面もいいですよ。正面も見させてくださいよ。ちょっと待って。ね、見て。コックピット。ガチコックピット。いいですね。ちょっと舐め回すように外からこの中見させてください。これっすよ。だいぶ細部まで作り込まれております。このまま正面なんかめちゃめちゃいいですね。めっちゃヤマトだ。すげえ。ちょっとマジでこれ完全にヤマト。これすごくないですか？これすごい。完全にヤマトです。よいしょ。光今そうか？もうちょい行こうか。うわ、はっはっはっは。いやー、今後ろに行ったけど、これはいい。これもいいぞ。かっこよすぎんこれ。なんてロマンが詰まってるんだろう、ヤマト型。いいですね。はあ、かっこいい。たまらん。やばい、なんかよだれ出そう。ちょっとよだれ出そうになる。お前こんな機械フェチだったっけかな。ノマスカのコルベット見るようになってから最近よだれが出るな。ちょっと人としてちょっとあかんくなってきたかもしれん。興奮のポイントがあかんくなってきてるかもしれない。あとあれなんですよね、この砲身のところがすごいんですよね。映していいですか？砲身のところアップで。元々の武器のところも、これグリッチで向き逆にしてるんですかね。これもいい感じ。前回波動砲の位置は下でしたが上になりました。そこの変更があったんですね。さすが素晴らしい。なんか先端のところがやっぱ洗練されましたね。印象がまたスマートになったっす。そしてこれです。この連装砲ですね。この連装砲見てみんな見て。この連装砲のクオリティ。ちゃんとそれぞれがそれぞれの方向に上の方に上がっている状態です。アンテナも変更。やっぱアンテナ変わりましたよね。アンテナなんか前回と変わった気がしたんですけど、ここ前から黄色かったでしたっけ？色がまず変わった気がする。気のせいかな？材質変わったのかな？そう、最初になんか目に留まったんです。ここなんか変わったと思って。こっちを変えた？それともこのアンテナの足場とセットで変えた？ヤマトの管制室、この両サイドのアンテナはやっぱね、象徴的なパーツですからね。宇宙戦艦ヤマトでございました。変えました。やっぱ変えたっすね。やっぱりだ。いやー、たまらん。こっちかな。大量コントロールが下手くそ。やっぱりノーマズスカイのこの赤ってめっちゃヤマトの赤ですね。こうやって見ると。もうめっちゃ赤い。いやー、素晴らしい。最高だ。いやー、ひまじんさんありがとうございます。やっぱコルベットはいいですな。どうします？今日初見さんも見に来ていただいているので、内臓も行きますか？やべ。内装も。じゃあちょっと皆さんに見せちゃっていいですか？
邪魔いたします。あ、確か後ろですよね。あ、佐藤さん、こんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今ちょっと、防音室の扉開けて、コショコショ声で話しております。ご来場ありがとうございます。今日からね、しばらくの間、毎週土曜日の、21時からの定期配信でやっていこうと思っております。ノーマンズスカイでございます。本日もよろしくお願いいたします。今日もね、コルベットの鑑賞会を楽しんでおりました。はい。仲介。指令室の下ですね。カーペットでここの下を隠すっていうのもね、これも技ありですね。今、大和型戦艦の中を見させてもらっております。ひまじんさんの作品です。ここが管制室でございます。あ、これ座れるんだ。座っていいですか？座っていいですか？ちょっと今、すいません。確認する前に座っちゃったんですけど。こういう感じでございます。めっちゃ艦長。すごい。前回見せてもらった時座んなかったですけど、ごめんなさい。勝手に座っちゃって申し訳ないです。人の席なのに。勝手に座っても我が物側で、おわ、めっちゃ船長とか言っちゃって。なんてろくたない。なんて国勝ろくでもないやつだ。いやー、いいですね。すごくいいです。いや、いいですね。すいません。すぐ降ります。申し訳ないです。申し訳ない、申し訳ない。大丈夫です。申し訳ない。ありがとうございます。わがまま放題が過ぎるね。いいですね。ちゃんと、先端の方も見えますね。で、このまま下の方に降りて、ここに宇宙マップと、でここから下に降りまして、で、ここが、ここの砲台のところから後ろの方に出れますよと。ちゃんと利便性も確保されている。で、さらに下に行きますと、ここの窓ガラス景色いいですね。ここも前からこんなんでしたっけか。ちゃんと一個一個、連想法が後ろから見れる。これもいいですね。いいですね。植物あるところからコックピットに行きます。植物ありましたね。よいしょ。栄養プロセッサー。いいですね。ここに寝室と。いいですね。植物一番下でしたっけか。今なんか見えたぞ。ここが、そう、僕この部屋好きなんですよ。多分繊維みんな仲いいんだろうなってのがわかる、ここのロッカー室。これいいですね。これなんかあるぞ。なんかありますよ。すいません、おまわりさん。このくだりはもういいですかね。前回もこのくだりやったな。あ、コックピットそっちか。ちょっと、そっちから回っていかなきゃいけないか。こう行って、そっちからだね。そっちからですね。お邪魔します。コックピット。おまわりさん、この人です。おまわりさん、この人です。もう大でもあるで。もう大でもあるで。ニップニップの脇を、かぐわしきニップニップの脇を抜けて、これいい。この使い方いい。これいいっすね。これこういう風にも使えるんだ。このワイヤーはこれ元からありましたっけ？通信室に繋いでる。おしゃれー。これ技ありじゃないですか。スタンドプランターや。あれ、この辺内装思いっきり変わったんじゃないですか。前こんなじゃなかったですよね。コックピットは塞いでます。塞がれてきた。なるほど。あえて塞いでるパターンですね。でもこれいいですね。これおしゃれだな。こういう使い方できるんだ。これ壁この辺で塞いでるのか。いろんなパーツで。なるほどね。賢ー。これ壁が技ありだ。ここ空間1個あれなんですね。飛ばしてるんですね。面白。技あり。これは素晴らしい。
ありがとうございました。すごいですね。カスタムがまためちゃめちゃ光ってましたね。コックピット塞いでもいけるんだ。よし。お。じゃあ、順番待ってらっしゃいますので、では、移動いたします。どっちだっけステージ。ステージ、こっちか。飛べよー。国和運転下手すぎん。痛い。暇人さんありがとうございました。いいもん見せてもらいました。いや、いいですね。やっぱりカスタム無限大ですね。どっから見てもかっこいいね。やっぱいいよな。あとこの波動砲の調整ですね。やっぱあれですよね。みんな大和型コルベットで基本的に同じシルエットかと思うんですけど、この先端の波動砲のパーツの使い方とか、どの位置にするとか、あとはこのカブとかね、細かいところの装飾とか衣装とかがみんな微妙に違ったりするのでね、同じ大和艦といっても個性が出るので、これも見るの面白いですよね。ありがとうございました。いや、いいなぁ。やっぱ大和艦は一回作らないとあかんね。一回作りたい。さあ、パンダさん、新作ありがとうございます。では、こちらの方に移動いたす。設置していただいたベンチに失礼いたします。ヒーターだ。ありがとうございます。嬉しい。ヒーター嬉しい。よいしょ。さあ、ようこそいらっしゃいませ。シールド3つ全部腹の下。ほほほほほほ。ありがとうございます。じゃあ早速カメラを。ドローンカメラ発信いたします。いいですね。十字部分。なんか珍しい構造ですね。みんなライトの使い方がうまいんだよな。いやー、いいですね。ちょっと太陽調整させていただきます。真上かな。一発目は真上。いいっすね。こちらパンダさんの新作コルベットでございます。これなんかあれですね。なんか X で見たことあるですね。センターに置いて、あとはグリッジでぐるっと輪を描くようにパーツを並べていく構造ですね。このパーツでやるとこういう感じになるんですね。これもいいな。いいですね。ところどころにアンテナとかがいい感じに配置されてるのがいいですね。いいですね。センスを感じる。アンテナと、あとライトの使い方にすごいセンスを感じる。これ、ジェットエンジン2つ並べてるのか。なるほどね。これで長さ出すの、なるほどだな。いいですね。あと、顎も。顎牙。いいですね。パンダさんあれですね。結構有機的なデザインになるですね。牙っぽい。いいですね。初めて丸く作りました。これ初なんですね。いいですね。丸コルベット初挑戦。めっちゃいい感じじゃないですか。なんかいろんな方丸で作ってるんですけど、みんなスターウォーズの何シップでしたっけ？名前が今ちょっと忘れしちゃったんですけど、あれをイメージして作る方多いですよね。あれにインスピレーションを受けて違うパーツで円を作った感じですかね。これいいですね。別パーツで円作るとこんな感じになるんだ。これすると結構いろんなパターンで円作れそうですね。いや、いいですね。で何よりこのエーロンパーツでの味の付け方とこのエンジンの使い方がね、めっちゃいいですね。それだ、ミレニアムファルコン。それ。そうですね。ミレニアムファルコンですね。そうです。パッと出てこなかった。年かな年かな。30歳越すとだんだん始まるんですよ。何がとは言わないけど、ちょっとずつ始まるんでね、若い方は気をつけてくださいね。若いうちから頭いっぱい使っとかないと、年食ってから急に来ますからね。急に放り込まれる嫌な年齢の話。嫌な話。このライト、
意外となんかブルーというかグリーンというか、なんかエメラルドグリーンっぽい色合いがちょっと出てくるのがおしゃれ。白だと思ったけど意外と青みがかってるんだな。いい感じっすね、これ。コアクさん、デススターじゃなかったか。多分僕と同じぐらいのスター・ウォード知識だと思うんです。あ、パンダさん、もう一席寝た気があるので、見たい見たい。あ、でも先に、この子の内装も、もし、嫌じゃなければ内装もお邪魔しちゃっていいですか？突撃隣のコルベットで内装見させていただいてもよろしいでしょうか？ちょっとライトをもう一回、あれだけ見たい。まあ、これは完全に国勝の趣味なんですけど、こうして、このライティング。国勝が気に入ってるライティング、こんな感じ。こうだな。結論かっこいい。前回ね、写真いっぱいあげるのちょっと大変だったのでね、すいません。X に写真あげるのは、あれにしてます。最後にみんなで集合写真とか、なんか、いい感じのやつを2枚ぐらい撮って、それで投稿しようと思ってましたのでね。はい。ちょっと前回反省しました。写真の選別と整理がね、意外と時間かかって、大変だったので、ハマっちゃって時間かかっちゃうんですよね。いやー、素敵だー。よし。ありがとうございます。あ、ひまじんさんまたなんかパーツいただいて、ありがとうございます。あ、AI のかけらもいただいた。ありがとうございます。あ、ゆうきさんからまたありがとうございます。いろいろもらってばっかだぜ。イオンバリア、ありがとうございます。パーツ嬉しい。これは国風早く新しいコルベットを作れってことですか？よし。じゃあすいません。パンダさん、お邪魔させていただきます。よっこいしょ。失礼します。このライトの使い方がうまいんですよね、みんな。この十字パーツは、あれエイロンのパーツか。これ、方向変えてこれでクロス作ってるんですね。これ賢い。これこんな感じになるんだ。センス良いな。マジでセンスいいな。これちなみに乗り口どうですか？乗り口。下っすか？乗り口めっけ。こっから飛べなくなるので、ちょっと待ってくださいね。今、このバグ回避したらもう一回行きます。りゅうきさん落ちた。やっぱり不安定だな。やっぱりどうしても不安定ですね。やっぱいろいろ光り物が並んでんのいいですね。じゃあお邪魔します。いやー、乗るの難しいんですよ。どうしたらいいこれ。全然ここら辺の効率が上がらん。ちょっとこの乗り込みは考えなきゃいかんな。何回繰り返すんだこれ。頼むぜ国数。一発で登れ。みんなの貴重な時間を無駄にするんじゃない国数。こう。オッケー。さあ行きましょうか。いや、国数気合で参りました。ありがとうございます。さてこの略奪王怪獣さんっていうのは、どなたでしたっけか。なんかポーセリンフラワーがなんか次々となんか建設されている。ちょっと後で確認しに行こうか。なんかすごいいい感じだな。なんかそっちの方の壁になってるパーツと相まってなんかすごいいい感じのカラーリングになってるですね。あ、果汁。あ、本当だ、果汁だ。果汁さん大変失礼しました。果汁って書いてるですもんね。
ゆっくりしていってください。ゆっくりしていってください。あ、びっくりした、びっくりした。お、マルチツ、あ、うまっ。このディスプレイにこれ乗っけるとこんな感じになるんだ。これおしゃれですね。これ今度真似しよう。おまわりさん、おまわりさん、この人もです。それこの人ですじゃなくて、この人もです。つって。でもやっぱニップニップセットなんだね、宇宙船とね。みんな外さないもんね、ニップニップだけは。むしろその、ニップニップ乗っけてない Y の方が一旦まである。いいですね。パンダさんいい感じですね。非常にグッドです。非常にグッドでございます。素晴らしい。内装はこことこことあと後ろかな。後ろのところまでですね。ありがとうございます。やっぱこの床にこれ敷くのめっちゃいいですね。これ今度真似しようかな。これおしゃれですね。この使い方は勉強になる。よっしゃー。いいですね。あ、パンダさんありがとうございます。ほにゃどうしよう。あ、ここから見てこう。窓ガラス下の方にあると、下の方の景色見やすくていいですね。めっちゃ照明飛んでる。めっちゃ照明飛んでるって。目立ちたがりか目立ちたがりかすごい、配信の理解が深い。めちゃめちゃ配信の理解が深くておもろい。移りたがりの移りたがり方がすごい。解像度が高い。いいっすね。いや、ありがとうございます。いいっすね。じゃあ、一回国数降りますね。一回国数降ります。パンダさんありがとうございます。やっぱコルベットはいいですな。コルベットは最高ですよ。間違いない。テンション上がってんで腹ばいで飛んじゃう。なんかカブトムシ飛んどる。テンション上がってきたー。カジョさん、イエーイ、映ってる。イエーイ、映ってる。映りたがり。めっちゃ映りたがりだ。これめっちゃダッシュすると画面斜めになる。これ飛ぶと結構あれだな。今度ここの上にコースを作ってこれで障害物レースしましょう。今度これでみんなで腹滑り障害物レースしましょう。これで体験性があるからね。これで遊び方を考えるのは一つありだと思っている国風だったのであります。落ちろ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 。これさ、ここに座ってキャンセルできないのかな。いける？着席キャンセルできるこれ。あ、いけた。これ着席キャンセルいけるね。あ、よかったよかった。ごめん、いけないっす。いけない。みんな、この状態になったら、その着席したらキャンセルできるかと思ったら、できなかったです。ちょっともう一回やってみるか。こっちの椅子ならできるか。着席して、なんか、戻ったような感じがあるけど、これで、立ち上がると、乗ってない再発。どういうことなんこれ。あ、でもこれシールド打てるんだ。あ、シールドって空中でも出せるんですね、これ。なんかこれでレースできそう。そうか、これシールド出してるとブーストできないんだ。できるか。ダメだ、国風落ち着け。そろそろ次のコルベットに行きたいでしょう。降ります。基地に入ります。で、キャンセルされます。よしよし。上に戻ります。お待たせしました。国風がめっちゃ時間を浪費して申し訳ない。次の方どうぞ。おー、いい感じ。素敵だ。なんか、スターウォーズで見たか。スターウォーズで見たことあるかも。いい感じじゃないですか。
これワンチャンだけど、俺この辺にいた方がいいのかな。その方がワンチャン早いのか。よいしょ。でかい、素晴らしい。いいっすね。これもいいっすね。ではカメラが参ります。そして太陽大召喚。お、来てる来てる。オッケー、いいですね。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。いいっすね。この子は、龍樹さん。龍樹さんの船ですかね。こちら、龍樹さんのコルベットでございます。いいっすね。アンテナ部みたいなところもまたいいっすね。個性が出てますね。いい感じで、あ、ここ。ああ、これ、このパーツか。上のなだらかな傾斜。これ、いい感じっすね。スターデストロイヤーだったはずです。だったはず。確かスターデストロイヤーこんなんだったか。やっぱり宇宙船って言ったらスターウォーズですもんね。いい感じだな。既視感あると思ったらそれだ、スターデストロイヤーだ。実物が異常にでかいやつですよね。なんか前にモッドアリですげえでかいスターデストロイヤー見せてもらったことあったんですけど、確か僕の PC が耐えられなくて、多分ほぼ描写できなかったんですよね。ギリギリ半分とか描写できたのかな、あの時は。現物はやっぱりこのノーマンズスカイの世界だとちょっと厳しそうだったんですけど、いいですね。このコンパクトサイズのスターデストロイヤー、いい感じですね。良き良きですね。良き良きグッド。うん。やっぱ外さないっすね。スターデストロイヤー、スターウォーズよりたまりませんな。よし、ちょっと扉しまおうかな。ちょっと、OK。扉を閉めましたので、普通に声が出せるって素晴らしい。もうちょっとジュース飲もうかな。うん。マシ。喉が潤った。翼も授かった。船系はたまに元使って限界サイズ超えてる人いるっすよね。あれ、描画の問題あるけど、あれなのかな、やっぱり。こういう風に、なんかオンラインというか、人が集まってなければ描画も普通にできるのかな。あれなんですよね、来てもらってミッションもらった時に、パーツの上限数超えてるやつだと重くて表示できないですよね。あとみんな落ちる。見たいけどもうどうしようもないからね。あれに関しては仕方ない。うん。いい感じだ。で、このスターデストロイヤーもライトアップしますか。ライトアップ。いい。めっちゃええやん。めちゃめちゃええやん。ツーショット。ツーショットでございます。スターデストロイヤー。いいねー。もうこの辺にしようかな。かっこいい。はい、スクショタイムです。今日そういえばスクショタイム撮ってなかったか。チラッとね。いやー、いいっすね。映えるな。なんで宇宙船ってこんなかっこいいんですかね。僕らが男の子だからかな。僕らみんな宇宙船大好きだもんね。わかんないんだよね。なんかときめくっすよね。なんでだろう。理由って言われるとすぐわかんないのに、みんな宇宙船大好きなのだけはもうマジで共通。好きなんだよな。いい感じですね。せっかくこの光もこういう風にかけたから、今度反対からこう照らしてみようかな。いいね。色はブラックか。スタートレストロイヤーブラックだったか。いい感じだね。ダークメタリックって感じや。いい感じだ。どう照らしてもかっこいい。よいしょ。
重厚感、圧を感じる。りゅうきさん、モッド使ってると他から見るとパーツが透明になる。それね、描画がね、全然間に合わなくて、透明になっちゃうんですよね。なんか、ターミナルからめちゃめちゃはみ出すサイズのコルベットを作ってるのを見せてもらったことがあったんですけど、あれどうやって作るんだろう。あれは気になる。興味はあるけどね。みんなに見てもらえないとちょっと悲しいからな。いいっすね。とても良い。いいね。コアクさん、映えるなぁ。マンスタグラムにあげるマンスタグラムいいですね。マンスタグラムいいな。ノーマンズスカイの、アノマリアトラベラーが使える SNS。宇宙の SNS。マンスタグラム。流行りそう。流行りそう。みんなコルベットといっぱいあげるんだろうな。あとはゼノモンとかみんなあげそう。リュウキさん、確か色はグレーのメタリックだったはず。いいっすね。グレーのメタリックやっぱ光が当たった時のこの反射がめっちゃ映えますね。これはいい。コアクさん、マンスタ映え。やめよう。いや、違う。今のは国風だな、先輩。国風心汚れてた。すごい。マンスタ映えって言葉に無駄に反応してしまった。申し訳ない。大変。で、不適切な、過剰反応がございましたことは今ここに謝罪いたします。申し訳ございませんでした。配信者として不適切な反応がございました。申し訳ございません。リュウキさんありがとうございます。内装も一応見ていこうかな。内装を見ていきたいですね。ニコニコありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。スタンプ大歓迎でございます。嬉しいですね。やっぱね、スタンプを押してもらえると。自慢のスポーツカーや改造車とかあげるノリで。そう。やっぱね、落ちるー。なんで今落ちたの？待って。コントロール効かないんだけど。ねえ、悪化してるって症状。びっくりした。今襲われるかと思った。ね、コントロール効かない。助けてほしい。コントロール効いた。なんかバグ悪化してない？前こんなんじゃなかったんだけどな。あれかも。回数を上げれば上げるほどこのバグが悪化するのかもしれないね。これは研究の余地ありと思いつつ、例のごとく内装は内装です。なるほどね。なるほどね。OK です。ありがとうございます。どうします？内装パスします？特にあれなのであれば。せっかくだからよいしょ。ほんまや。この辺はまた次回ですかね。次回内装会をお楽しみにしております。いいですね。でも扱いやすいですね。でもね、構築がシンプルで使いやすいかも。いい感じ。いいですね。僕こういうコンパクトな感じ好きなんですよ。直通で上まで行けるやつ。めっちゃ遠くに来てしまった。ずいぶん遠くまで来たものだ。ユングーンダーン。いやマジで一日ですごい基地が豊かになりました。すごいトラックいっぱい止まってる。マジで道の駅や。マジで道の駅だ。個人的にめちゃめちゃ好きな状態になっている。よいしょ。上までご案内。いらっしゃいませ。よいしょ。お、来ましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。お次はよいしょ。よいしょ。どっこいしょ1。こっからカメラ飛ばそっかね。よし。カメラが参ります。太陽ドン。分厚い。いいですね。肉厚な宇宙船ですね。
いい色っぺ。色っぺがいいですね。あ、色っぺは方言か。あ、いいですね、いいですね。ムチムチじゃないですか。ムチー。いや、いいですね。ムチムチ好きっすよ。いや、いい。パワーを感じる。すごくパワーを感じる。星の駅間近も、なんか僕が記事作ると、前回も前々回も、いわゆる道の駅イメージの基地になったから、他の人が船止められるような構造にしたりとかしてたっすからね。ここもなんか結果的にその形になってるから、うん。もうこれも駅っぽい名前後でつけようかな。ここの、なんだろう、この拠点にも。いやー、いいっすね。ムチムチ。あ、これもスターウォーズなんだ。いいっすね。イマジンさん、スターウォーズアウトローズに出てくる貨物船です。いい感じ。これも再現船なんですね。いや、これすごいな。ちょっとその元の船を知らないんで、検索してみていいですか？ちょっとすいません。一瞬ちょっと視線、スマホに落としますね。こっちでちょっと見させてください。どんな感じなのかな？どんな感じなんだろう。スターウォーズアウトローズ。スターウォーズアウトローズの、密輸船。出るかな？最近 Google 検索バグるんだよな、これ。こっちで検索するとなぜかタブが共有されない。もう一回検索しなきゃダメか。最近手元のいろんな機械の調子が悪くて良くないですね。3日前にエアコンが壊れて、で夜は寒くて日中暑いっていう日が3日ぐらい続いたんですけど、今日電源リセットして半日置いてもう一回つけたらなぜか復活しました。原因が結局分かりません。なんで一回壊れたのか全く意味不明。密輸船の外観が見たい。密輸船の外観が見たい。あれ、意外と画像ないぞ。なんでだ？スターウォーズアウトローズ密輸船、画像が出てこない。小白さん、船中泊ゾーン完備。マジですか？うわ、見てー。船中泊ゾーンバッチリ完備なのか。いやー、ちょっと待って。スターウォーズ輸送船アウトローズアウトライダーどっち？アウトローズでいいんでしたっけ？出てこないな。宇宙船で調べた方出るか。うわ、見たい。これ超見たい。こうか。これか？いや、違う。これか？いや、違う。なんで画像ヒットしないんだ？キャラクターの画像ばっかりで全然船が出てこない。あらららららら、なんたらなんたら。小悪さん、動いたけど原因不明。それで、夏本番突入怖すぎる。いや、ほんとそう。いつ止まるかわかんない。大丈夫かな？なんか、夏本番中にとどめ刺されそうで本当に怖いんですよ。マジで、命がけですからね。最近の日本の夏。今年大丈夫かしら？もしかしたら国風急に配信やんなくなったと思ったら死んでるかもしれない。部屋の端っこで。男の独身の孤独死はマジで笑えんからね。EML850 と入れたら出るかと。了解です。早速調べてみます。EML850。EML、850。出るかな？出た。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。本家もムチムチですな。なるほどね、本家もムチムチや。なるほど、コックピットこういう感じなんだ。なるほど。いいっすね。ムチムチっすね。コックピットのデザイン結構酷似してるんだ、これ。いいですね。さすが。今と写真を入手することができました。
いいですね。厚みの表現がバッチリですね。うわー、これケツの画像も見たいけどな。でもいい感じだな。いいですね。カラーリングはあれですね。こっちの方が渋くていい感じですね。いい感じ。全体がムチムチや荷物いっぱい入りそう。ここに違法な葉っぱがいっぱい詰まさっているのかな。いやー、やっぱコルベットすごいな。共有パーツみんなで使ってるはずなのに、やっぱり作り手のセンスで全然違うものに見えるのがマジですごいと思う。改めて全体的に錆びた感じにしました。いいっすね。いい味出てるっすよ。この錆び感がいいっすね。このいかにも密輸してますって感じがたまりませんね。そう、僕いわゆるこういうなんていうんですか、香りフレーバー、これめちゃめちゃ好きなんですよ。いいっすね。明かりを真上に持ってこうかな。明かり真上に持ってきて、これでもいい。あえて後ろに持ってきて、こう。いい感じですね。じゃあ僕もちょっと内装見たいですね。あ、閉められた。閉められた後ろ。上げて上げて。内装見たい見たい。ありがとうございます。コアクさん、船職人っていう楽しみもあるんやな。いや、そうなんですよね。センス光りまくりっすもんね。すいません。カメラでお邪魔いたします。失礼します。いや、いい、めっちゃいいよ。おまわりさん。レトナガさんレトナガさんちょっと待って、数多いって。いや、さすが密輸船、ガチや。ガチ密輸船や。この人密輸してますぜ。なんかもはやこれがセーブ用じゃなくて、なんか何かを混ぜる樽か何かに見えてくる魔法。またこの上のこの葉っぱ具合もね、なんかそれに拍車をかけてるというか。ちゃんと密輸船だね。ここで一体何を作ってるんですか。ここで一体何を生成しているんだここで一体何の電波を傍受しているんだここで寝ながらねでも見た目も寄せてるのが面白いね。めっちゃセンスある。これスーハーおい、言い訳ができなくなってるぞ。何か申し開きはあるか何か申し開きはあるか。いや、いいな。なんか内装が、しかもなんかこの洗練されてる感じがね、また面白い。あ、これ中貫通できるんだ。中貫通できるの面白いな。おもろまさかのシソだったら笑う。美味しそう。絶対お蕎麦とかに刻んで入れるじゃないですか。絶対美味しい。まったくもう聞くやってる。いや、これ絶対あれでしょ。もう聞くって言っちゃってるもん。なんだ聞くか。違う嘘でしょ。それで通っちゃうの。嘘だ。俺は騙されんぞ。おまわりさん、この人です。おまわりさん、この人もです。おまわりさん、この人もです。みんなじゃねえか。ガギマルー。悪いやつしかいねえ。ここはそうだったら美味しそう。大阪人が増えてる。船が東京。握られてしまったか。ありがとうございましたなんでみんな船にニップニップ積みたがるんだろうね。おもろいや、コンセプト完璧でございます。ありがとうございます。おもろなんだかな。またいただいてありがとうございます。キャリアの AI のかけら。あれか、一瞬呼び込み切れたのか。こういうこともあるからね。これは仕方ないね。いやー、おもろい。やっぱコルベットって無限大っすね。おもろいっすよ、やっぱ。何でもできるとか、何でもできすぎる。上見て、上菊だったようなので本館はこれで。琥珀さん賄賂か賄賂受け取ったか。上っすかどこどれ上映ってないかも。リュウキさん、今渡したアイテムでセンチネル船探せます。ありがとうございます。やっぱこれがそうなんだ。いや、ありがたいです。ありがとうございます。やっぱどっかでいただいたあれで、せっかくだからセンチネル探しの回も一発やりたいな。ちょうどね、
程よい数もらったので、これで配信の時間決めて、その間に、センチネルガチャを回していきたいかもしれない。カメラで上見て。カメラ？ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。なんかあるぞ。一体何を作ってなんかレーザー出してる。なんかレーザー出してる。もしかしてそっち側にもなんか作っとるんけ？ワイの知らぬ間に何かを作っておる。なんだいらっしゃい。空中観覧席だ。空中観覧席が今できようとしておる。いつの間にあごめん、今これ先に突っ込んでいいのかな。カエルちゃんが卵背負ってる。カエルちゃんが卵、ちょっとこれは後ほど舞台の上でね見させていただきましょう。みんな新しい方向に進化してる。そっちにレーザー引っ張ったのは別に関係ないのか。観覧席です。ありがとうございます。新鮮を発見。積んでるものは白だ。問題なし。騙されてる。みんな騙されてるって。みんな賄賂もらっとるんか。みんな賄賂もらっとるって。さっきの透明階段で上がりました。こういうことできるんだ。おもろ。透明階段からこれに繋げられるんだ。じゃあやっぱワイヤーグリッチ覚えた方がいいんだな。小白さんワイルドなんてそんな市場に流すものを一部少しでは私はこれでそこ止まりなさい。そのカバンの中にある葉っぱを全部出しなさい。今何を隠した？止まるんだ。ダメだ、みんな買収されている。味方がおらん。ほらこれもうダメだ。もうマジで味方がおらん。まだ上上がれますけどね。これ本当に無限なんだ。これ便利やなこれ。何を言ってるんですか。市場ですよ。何を言ってるんですか。俺がおかしいのか。これはワイがおかしいのか。あれワイがおかしかった。ワイがおかしいんだな。ワイがおかしいのかも。あれわかんなくなってきたぞ。だんだんわかんなくなってきた。高いところにも構えておりますな。良きですね。やっぱあれだな。何でもできるな、ノーマンズスカイ。時々こういう買収とかも行われるけど。新しいカエルちゃんや。パンダさんのカエルちゃんや。待って、大丈夫か。カエルちゃん大丈夫か。頑張れカエルちゃん。なぜ背中に卵を乗っけたんだ。なぜ。そういう種類のカエルいるけど、なぜその背中をポチポチに。個性が強い。いいっすね。個性ビカビカっすな。個性ビカビカだな。光りまくってんな。ありがとうございます。さあご来場いただきました。カメラズーン。ライトアップ。めっちゃいい緑。いいっすね。グリーンの感じグッと。唐突なノブは草。ねえ、癖が強い。もう背中はカエルの卵じゃ。いや、いいですね。なんかもうあれですよ、このカエルデザインはもうテンプレートが完成してますね。横にシールドつけてるんだ。いいっすね。これは新しい感じ。ブースト2段重ね4機搭載。いいっすね。あれですね、別の方のカエルは口のとこが開いてたりしたっすけど、これは口ピッて閉じてて、これも可愛いっすね。いい感じ。なぜ卵を乗っけた。チョイス。目のとこのパーツこれなんだ。そういうことか。目のパーツ埋めて丸の輪郭を出してここを四角にしたんだ。かわいい。面白い。これいいっすね。これ技ありだ。技あり。あつ森。
やっぱこの足が本当にちょうどいいんですよね。このカエルのボディラインをぐるって囲ったとこにこの横をつけると分かりやすい四つ足になるという。ちゃんと武器の配置もいい感じですね。コックピットの収まりがやっぱりこの形、コックピットの収まりめちゃめちゃいいんですよね。すごいな。やっぱある種このスタイル完成してますよね。改めてこうやって見ると。いやよきよきグッドっすね。じゃあいつもの感じに行かせていただきます。めっちゃ目光る。めちゃめちゃいいじゃないですか。緑のランプが映える。でも全部入れたいな。はい、こちらカエルちゃんでございます。忘れたように、思い出したようにスクショタイムです。やっぱ目にライト使うとめちゃめちゃいいですね。またあとあれですね、ちょっと距離離すと描画の関係で目の横線がなくなるのもこれはこれでまた味があるですね。いい感じ。皆さんいかがですか？カエルちゃんいいな。前回は誰でしたっけ、ゴキブリ持ってきたの。悪口みたいに言うんですけど違うんですよ。前回この宇宙空間にゴキブリが縦横無尽に駆け巡ったシーンがありまして、そう一回カエルちゃんに捕食してもらったシーンもあったんですけど、やっぱこういう有機的なこういう小動物的なやつとか爬虫類もあり、昆虫もあり、昆虫？まあ足6本だったからギリ昆虫だったのかな。そういうデザインもあり、本当に何でもできるんですよね、コルベットって。あとはあれですよね、パンダさんドラゴンとか作ってましたよね。あれ僕好きなんですよね。やっぱりコルベットは本当に無限大だなと思って。あれは交通事故でしたね。どこのドイツだ？白々しいぞ白々しいぞこのすごいフレッシュな名前からは想像できないえげつない精神攻撃。半ばテロ行為ではいや、クオリティまでいったらあれはもうテロと言っても過言じゃないですよ。なんであんなガチったんですか？マジでクオリティ高かったっすもん。あれはやばかった、マジで。できちゃうんだもんな。次カマキリ作ってきてください。カマキリ。頭あそこにしないであれ胴体にして、細い胴体とカマとちっちゃい頭つけて今度カマキリにしてきてください。そしたら心穏やかにいられる。まだカマキリはまだ心穏やかにいられる。よりにもよってチョイスがよりにもよってたもん。でもすげえいいクオリティだった。でもね、わかる。アーム見てたら足っぽいなーってわかってしまう。すごいわかる。そしてコックピット自体もあれ単品でめっちゃ虫っぽいですもんね。セット見たらいけそうって思うのはまあ至極当然といえば当然。いやー、あれはやばかった。クオリティ高すぎるっていうのもあれも考えもんすね、ある意味ね。じゃあそんなこんなで、じゃあ今度はカエルちゃんの方も内装の方失礼しましょうかね。突撃隣のコルベット。じゃあすいません、内装お邪魔いたします。カメラでね、国風空飛ぶの下手くそなので。いいっすね。内装はシンプルですね。コンパクト。実用性重視。いいですね。コックピットからの景色もやっぱいいですね。カメラでこういう視点で見るのもまたちょっと面白いですね。いつの間にか怪獣にライトついてる。気づかなかった。いつの間に立派なライトがついております。いやー、いいっすね。サイズ感的にも割と実用的な感じがするっすね。コンパクトサイズで。良きっすな。よきグッド。なんかワイヤーが今。誰だここにワイヤーグリッチやろうとしてるのは。さあ、建築の幅が広がっていくぜ。どうもー、国和でーす。船長ご飯出してもらいます。ダックオンボイス。ダックオンボイス。
どうもー、クリカズでーす。最初ご出してもらいます。どこの番組？今ニュアンスは結果発表のニュアンスをちょっと混ぜてみました。カップ焼きそば食ってたらカエルがレトナガさん、持ちネタ奪われてますよ、パンダさんに。持ちネタパクられてますって。どうしますか、元祖どうしましょう。あとさっき船の中ニップニップでビシビシのやついましたよ。どうします？密輸船の中ニップニップビシビシのやついますよ。ちょっとおまわりさん呼んだ方がいいんじゃないですか、レトナガさん。リーク、全力でリークしていくスタイル。誰だったかな、ニップニップいっぱい船入れたの誰だったかな。マジンさんでしたっけか。いやー、でもいいっすね。おしゃれだな、いい感じだな。いやー、かわいい。やっぱカエルいいな。カエルデザインめっちゃいいんだよな。卵乗ってなければ。だってこの種類のカエルって、あれ多分ね、この種類のカエルの存在を知らない人はなんだろうこれって思うと思うんですよ。こういう種類のカエルがいるんですよ。僕本家大元を知ってるからね、イメージが、背中をこっちに向けるな。背中をこっちに向けるんじゃない。思い出すだろ本家を。本当にこういう種類のカエルいるから思い出すだろ。背中をこっちに向けるんじゃない。背中にハスみたいな穴があって、そこに卵を抱えて、で生まれるまで背中でオスが面倒を見るっていう、そういう種類のカエルがいて、喋んない方が良かったかな。知らない人は知らない方が平和だったかもしれないね。あれは白だったろ。いやあれ賄賂もらってるやつはみんなそう言うんすよ。切れ散らかすの草。切れ散らかしてるね。切れ散らかしてる。ハスコラじゃないですか。いやほんとね、元ネタ知ってるとね、この再現率が高くてね、そう、再現率高いの。そう。だからね、素直にすごいと思う反面、なんでチョイスそれやねん。ゴキブリと一緒。わあ、カエルだーと思ったら卵しょっとるやんけってなる。もう、カエルの卵はさ、もう、漂わしとけばいいんだよ、水中に。ね、パパガエルさんさ、すごいね、あれなのよ、イクメンなのよ。イクメンガエルなのよ、そいつが。名前忘れたけど。背中に本当にね、卵全部埋め込む構造になってて、孵化するまでちゃんと守るのよ。めちゃめちゃ守る。なんだっけ、卵の時なんか新しい水も送るんだっけか。それ別の生き物だっけか。OK、この話やめよう。はい、カズさん、ハスコラ無理マンにはカエルは天敵。いやー、これハスコラ、いや、もし気になる人はカエル背中卵で調べてみてください。すんごいのが出てきます。いやー、マジかー。チョイスが秀逸なのがね、チョイスが秀逸なのがまたちょっとムカつくな。いや、よくそれ、いや、しかもいい感じにその表現できてんのがね、すごかった。いやー、いいっすねー。止まってるならまだしも動き出すし、あれ苦手な人は最悪クラスでゾワッとするだろうな。そう、知ってるとね刺さる。いやー、マジで刺してきましたね。いやでもね、素晴らしいのは素晴らしい。ちょっとね、今落ち着いてね考えて、やっぱ感心した。感心した。そっか、それで表現できるかと思った。いいセンス、ありがとうございます。なるほどね。そっか、そういうのもありか。何でもできるね、やっぱノーマンズスカイね。ワイもなんかパーツ揃えてちょっと挑戦しようかな。あ、本家大元。レトナガさんですか？本家大元でしょうか？ありがとうございます。最初に配信に来てくださったカエルちゃんでございます。そう、2期同時だね。じゃあちょっと2期同時に行きますか。まずちょっとカエルちゃん行く前にこちらの方の。こちらはどなたでしょう？せっかくだからちょっと一回カメラ下げて、いいラインからの、いいっすね。生かしてるな。一旦ここのカットからいきましょうかね。この辺
この辺。いい感じだ。かっこいい。コアクさん、背中卵カエル調整するんですか？何チャレンジ？何チャレンジだ、それは。それは何チャレンジなんだい？それは何チャレンジなんだい？背負えと、卵を。この国数に卵を背負えと。バーンいや、よく国数は。あれはできれば背負いたくないよ。いやー、おもろかったなー。なんだ、センス光ってたなー。いやー、いいっすね。かっこいいっすね。あえてこうだな、じゃあ。かっこいい。いい感じ。いい感じだよ。レトナクさん、並べに来たらいなかった。撤収してた。すいません。僕は騒ぎすぎましたね。ちょっと申し訳ないです。ね。リュウキさん、卵っぽい家具大量に置くとかでしょうか？いいのよ、再現しなくて。再現しなくていいのよ。なんだ、みんな一人一機何か色物は作って、いつでも出せるようにしてるけどね。一人一機でいいから。で、今、なんだろう。ゴキブリと卵ガエルが出たから、みんなそれ以外のまたなんか新しいのをね、なんか、色物一個用意しといてもらえるとね、楽しめるかなと思うので、またよろしくお願いいたしますね。いいな。逆に一層、視聴者を、怖がらせようみたいな、色物コルベットで視聴者を怖がらせようみたいな回でもいいかもしれん。それはそれで面白そう。何でもできるからね。マジで何でもできるんだな。いや、すごいな。先に言っとくんですけど、今日はもうゴキブリ出さなくていいですからね。今日はもうそういう回じゃないから。今日はもう満足。1配信に1機でいい。手は。逆に、ちょっと欲しくなっちゃうかも。1配信に1機欲しくなるけど、今日はもうノルマ達成してるからもう OK なんでね。はい。ゴキちゃんコルベットは今日はもうそのまま封印していただいて大丈夫ですんでね。よろしくお願いいたします。はい。こちらはどなたの船でしょうか？いい感じでございます。お？ここ四角囲ってんのおしゃれですね。いい感じ。あれ、前回ミッションもらったっすっけか。いや、わしです。暇人さんですね。小涌さん、色物は早い者勝ち。そう、色物枠は早い者勝ちなんでね。今日はパンダさん優勝です。さっきのパンダさんですよね。優勝でございます。いやー、強かったな。内情参考にさせてもらってできた。いいですね。素晴らしい。やっぱ本当参考になるんですよね。みんなのコルベット。すげえんだ、本当に。こうやってみんなのコルベットがどんどん進化していくんですよね。魚雷いい感じに収まってるですね。収まりがいいな。前回チラッと見せてもらいましたっけか。なんか背中のリアクター3連はなんか今度に見覚えあるかも。カエル並んだ。結局並べたんかーい。チラッと見ておきたいか。ちょっと、姫さんごめんなさいね。一回ちょっとカエル映させてください。忘れないうちに。この、なんだ。ブースターガエルと、卵ブースターガエル。なんだよ、卵ブースターガエルって。目ガン決まりだもんな。目ガン決まりだもんだって。ああ、まったくもう。山人さん、ナイスはカジオさんの好きなものがありますよ。レトナガさん、内見今です。多分こいつ隠してます。よし、SS 取れた。素晴らしい。素晴らしい。いいっすね。いいっすよ。ショット取れましたね。素晴らしい。いや、いいっすね。やっぱカエルのツーショットもでもいいっすね。いや、マジで出来いいんだよな。やっぱ本当にいい感じですね。なんか、パパガエルとフレッシュな息子ガエル。老快なカエルと、今働き盛りの目ランランとしてるガンギマリガエルみたいな感じがして、めちゃめちゃいいですね。いいなぁ。すげえいい感じ。あ、横のサイズ地味に違うんだ。中間に何かワンパーツ挟んでる？あ、違う。サイドを囲ってるパーツが少し違うんだ。へえ。あ、いいバランスだな。面白い。いいセンスだな、これ。うん。
コアクさん、ガン決まりってまるでやばい草吸ってるみたいな風評被害よ。何か間違ってます？行かねば草。いやー、おまわりさん、この人です。この人とかこの人たちです。みんな吸うじゃん。何ここ麻薬取引解除にされてる？麻薬取引解除にされてる危険性大よ。いい感じですね。あれ、アンテナ前から金色でしたっけか？いやー、いいっすね。カメラがもっと寄れればいいのに。すごくいい感じ。ありがとうございます。消えてしまった。では、カメラが戻ります。暇人さんお待たせしました。またぐるりと内見させてください。まずは全体図ですね。やっぱかっこいいな。良きですね。パンダさん、密売。マジでそう。人の基地でなぜか密売されるニップニップ。これ多分国風になすりつけてみんな逃走する経路までがセットでしょ。なんて奴らだ。なんて日だ。いやー、かっこいいなー。やっぱいいね。やっぱコルベットは最高だよ。やっぱコルベットは最高だぜ。お前たち最高だぜ。ポーズ取っとこう。お前たち最高だぜ。じゃあカメラの方で内見の方を失礼いたします。お邪魔いたします。後ろからでいいですか？全部あの人に指示されました。絶対国風の名前出すだろう。絶対国風の名前出すでしょ。ほらおまわりさん。ちょっとちっちゃいのがまだ尺だな。さっき収穫したんか？踊ってるって。吸った後だって。おまわりさん、吸引後です。おまわりさん、吸引後です。この胸元の装飾ノリノリで揺らしちゃったりなんかして。ノリノリバチバチじゃないですか。あかんって。核ミサイル搭載型密輸潜水艦です。なんてやつ。追われても証拠隠滅できる。吸いすぎ。ちょっと、管理はしっかりした方が良いのとはせめて。めちゃめちゃ踊ってますが。わ、なにこれ。おしゃれー。はあ、これあれか。シールドじゃなくて、ブリッジじゃなくて、パーテーションじゃなくて、名前がパッと出てこない。ど忘れした。あれを上下に重ねて、扉っぽくしてんだ。これ全部ニップニップの抽出物です。じゃあ、そういうことです。これ全部多分商品です。やってるぞ。だってこんな厳重に守ってたらそうでしょ。厳重すぎでしょ、他の仕方が。大事な商品だから。これはやってますわ。ほら。エモートの使い方うますぎ。エモートの使い方うますぎ。なんでこんな慣れてるんだよ。なんで植物崇拝そんな慣れてるんですか？どういうことですか？作物に成長を促すダンスでしょう。誤認逮捕ですよ。だから促してんじゃん。いや普通の植物だったらいいけど、ニップニップ、ほら見て、ちっちゃいニップニップいるって。ほらみんな、ほら見える？みんなこのオレンジのつぶつぶ、これほらどう見てもニップニップでしょ。スーハーじゃないんですよ。何してらっしゃるんですか？何してらっしゃるんですか？こら止まんねえこの人。もういや、ほっとこいや、もう中毒の人はほっときましょうね。オッケー。キュウリかな？嘘つけ。あんなキュウリがたまるか。ポフポフな感じのキュウリがたまるか。スーハー増えたー。増えてるよ。吸ってるやつが一緒になって吸ってるよ。何を吸ってるんだみんな。葉っぱ中毒になりよってからに、まったくもう悪いやつばっかだぜ。ありがとうございます。盛り上がりますな。なんでみんな毎回麻薬でこんな盛り上がるねん。もろマジで。いやー、ありがとうございました。密輸船ですね。お、りゅうきさん、新しくできた内装見ます？お、いいっすね。じゃあ次、行きますか？じゃあどうしようかな。ごめんなさい。一旦カメラをここに置いとくので、ちょっと今鼻先しびれてきたので、換気と同時に次、飲み物を持ってきます。5分ぐらい、ちょっと、配信離れてもよろしいでしょうか。ちょっと、
もうね、今日2本レッドブル入れてるんで、今度は、またあれかな、豆乳で、ソイラテかな。そう、砂糖たっぷりのソイラテを入れてこようと思うのでね、ちょっと、今気づいた植物に成長を促すダンスのとこ、それかぼちゃか。なんでそんな可愛いんですか？そういうこと？ハロウィン的なパンプキンってこと？決まってるから。さあ、レトナガさんがね、あちらの方でパトカーで構えていらっしゃいますのでね、次、船の方は皆さん、ちゃんと厳選してこちらに入港していただくようにお気をつけくださいね。一歩間違えるとすぐに御用ですからね。レトナガさん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、いいですね。じゃあ、ここ止めてもらったところで、どうしようかな。一旦こんな感じで、画角に、いい感じの画角で止めてもらえると嬉しいですね。ちょっとカメラ離すかな。こういう感じでいいかな。こうかな。一旦この感じで、一旦これで席離れますのでね。すいません、ちょっと飲み物入れる時間を国数にください。マウス触っちゃった。よし、よし、よしよし。スマホここに置いてる。もしかしたら急になるかも。オッケー。ね。待って。ソイマ剤って何？大麻剤みたいな。タイムみたいな。こんな感じに聞こえる。流れがおかしい。ひもじさん、わらわら。じゃあ皆さんちょっと離れますので、しばしご勘弁くださいませ。はい。よろしくお願いします。5分で戻ってくれたらいいな。涼しい。めっちゃ涼しい。なんなら寒い。なんなら寒いぞ。
よいしょ。はーい。大変お待たせいたしました。結構時間経ったか。時間経ったちゃい。笑わない。会場位置閉めます。よし。よいしょ。よいしょ。そして、ヘッドホンをかぶりまして。ただいま帰りました。岡エリ32歳、ありがとうございます。さあ、戻ってまいりました。ひまじんさん、わらわら。小悪さん、一歩間違えればすぐ御用、疑わしきは罰せず、順法戦士を守ろうなき。逮捕だ、逮捕だ、御用だ、御用だ。疑わしきは全員逮捕。自分の後すべてのアイテムを没収する。しょっぴけいしょっぴけい。ひまじいさん、あ、やべ、何かがあった。何かがあったのか。では大変お待たせいたしました。では続きやっていきましょうかね。じゃあ内装の方見させていただきましょうか。内見失礼します。そのままカメラで中入っちゃいますね。後ろでしたっけか。よいしょ。よーし。お邪魔します。でじゃん。いいですね。よいしょ。
よいしょよいしょ。おお王道な感じ、王道な感じ。王道な感じですね。やっぱね、コルベットの中はね、いろんな荷物が詰まさってる中、この使用感がね、いいですね、いいですね。ほう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 。僕、これ好きなんですよ。この植物のグリーンの、この発色がついてるのがめちゃめちゃ好き。僕、自分の建築でもこれよく使うんですよね。良き。この植物のグリーンを取り入れてる人は信頼できる。淡いグリーンを使う内装は信頼できる。やっぱこのタイプのベッドいいな。このタイプの内装がやっぱいいですね。よいしょ。そう、気づいた。カメラの方が内見早い。問題なし。問題なし。ここはキノコはどうなの？いや、捨てる。スーハー、ただいま、野外育成中です。やっとるな。外ならバレントでも。奥に荷物がいっぱい詰まさってる。いいぞ。このキノコ内装に置くのもいいですね。色合い、カラーリングいいな。一見機械にも見えるし。キノコ線ですな。待って、なんかキノコが。なんか一匹、もう一本じゃないね。一匹、ずいぶん元気なキノコが一匹混じってますが。デフォ？この子はそういうキノコなのかな？なんか名前ついてそう。この子だけ。これは椎茸か。どうでしょうね。なんか怪しいですが。本当に椎茸かこいつ。今にも胞子吹き出しそうな動きしてますけど。このキノコ。今にもなんかありそうな動きをしてるぞ。本当にたまたまそいつだけだな。売ってるってだから。顔近ガチめに吸ってるのなんなん本当に。みんな見てこれ。この鼻先の距離。この男吸い慣れている。この距離はね、なかなかね吸えないよ。慣れてる人じゃないと。これは常習犯ですな。決まるキノコでした。美味しかったですみたいなのいいのよ。美味しかったですみたいなのじゃないのよ。今日違うの。そういう葉っぱとかキノコの品評会じゃないのよ。今日は。コルベットの品評会。この荷物がいっぱい積んであってね。こういう生活感とかね、作業してる感がね、またいいんですよね。まだ吸ってるし。旨味がすごいから味も決まるよな。なんでそこで共感するんですか？なんでそこで共感していく？では本館はこれで。だから、しょっぴけ受け取ってるって。絶対ポケットにキノコ入ってるって。決まってる。なんか見えてるよ。誰かと喋ってる。ほら、誰かと喋ってるもん。なんか見えてるって。嘘じゃん。こんな妹あったっけか。もう薬中の妹にしか見えないよ。初めて見るのにこの動き。もうそういう動きにしか見えないって。決まってるな。ちょっとリュキさん、この人です。ちょっぴいてください、この人のこと。決まってる。吸いすぎて見え、どっか行ったダメだ、こう警察が全く機能してないよ。こっちの方もあれですね、いろいろ荷物が積んでると。いいですね。くつろぎスペースもあり、荷物がここに積まさり、いいですね。こちら、機械生命体にも強く有効なものとなっておりまして、ちょっと待って、商品紹介や。こちらのキノコをここで発酵しますと効果が強くなります。こいつなんかここでもなんか別のものを孵化してるし、ここも加工してるぞ。やっとるぞ。このピンク売りさばいてやがる。なお国和さんは気づいていない模様。なんだ、何か隠れているのか。なんだ、草か。どこかに草が隠してあるのか。どこだ。どこに草を隠してやがる。俺の鼻はごまかせんぞ。ガチでキノコだらけやな。どこかに見落としている。
どこかにあるはずだ。奴が栽培されているはず。奥かな？奥の方なのかな？あれどこだ？なんだ？どこだ？なんだ？こうすると旨味が増えるからね。分かってる人たちのやりとり。なんか今プチュプチュって言ったな。なんか見落としてるぞ。うわ、気づきてー。これ気づきたいですぞ。見つけられない。くそ、どこに一体何を隠しているんだ。さっきなんか野外とか言ってたな。ちょっと待った船ちゃうやん。船ちゃうで。おいしい。ニップだー。くそ、俺の基地になんてこと俺の基地になんてものを植えてやがるんだ。レトナガさんショッピーってなんでそこで腕組んでなんでそこで腕組んでんですか？すいません。おまわりさん、あれ見えます？もう決まってる人もいるんですけど、あそこに見えます？あそこに栽培機の多く決まってルンルキムで決まってる人いますけど、あれちょっとどうなんですか？そのおまわりさん的には。今グッとしなかったあ、そう、その人、おまわりさん、あの人です。あの人が割と頻度多いっす。そう、あの人っす。いいっす、あの人やっちゃってください。しょっぴっちゃってください。戒め方が優しい。これしょっぴかねえぞ。こいつらこれで現行犯じゃねえのかよこれで現行犯じゃないことある？おかしいな。俺には音楽が聞こえない。一体どうなってるんだってばよ。ちょっとソイラで飲んでいいですか？ソイラで飲んでいいですか？なんだろう。ノーマンズスカイの配信で喉が枯れることってある？その距離で吸って大丈夫なの？そもそもニップの元の葉っぱって。そう。さすがに捕まえに来た。着地失敗してるって。バグに苛まれてるって。待って、ここ復帰できるんか？二人おる。二人おるって。暇人さん、わら。暇人さん、おっつって。それどういう状態なの今それは。しょっぴこうとしてるの？吸ってるのそれは。どうしよう。吸ってるとしたら多分一番ダイナミックな吸い方してる。一番草に対して喜んでるようにすら見える。いや、ひどいって。おかしい。コルベットの展覧会みたいな、観覧会みたいな感じのつもりだったのに、いつの間にかニップの品評会になってる。ほらー、スパ。もう、すごい、横隔膜、フル稼働だよ。もう腹の底で吸ってるもん。腹から深呼吸してるでしょ。なんか見えてる。もう奥の人なんか見えてるって。参加者が増えてく。ちなみに、レトナガさん、それ、復帰できます。それ、復帰できるんですか？それ、どうなのパンダさんも来た。それ、復帰本当にできるんかそれ。ヘッドホンの充電切れちゃった。声が聞こえてないかもしれない。復帰できた。それ、復帰できると思うじゃないですか。立ち上がるじゃないですか。移動するじゃないですか。スパーテレレレ
ワープいけるか。ワープいけた。レトナガさん。多分復帰して戻ってくるでしょう。みんなそろそろ落ち着いたかな。いやー、今度はこっちの人幻覚見てるって。もうそろそろニップニップはいいんじゃないか。なんか、平和的に水槽を眺めてる人が。テラリウム。植物いいっすね。ごまかそうとしてる植物を置いて。植物に植物。囲ってごまかそうとしてないか。ちょっと今先に目は積んどくぞ。ニップニップをそいつで囲って隠そうとしているんじゃないか。くそ、さっきまで決まってなかったのに。もういいでしょ、ニップニップのくだりは。もういいでしょ。ダメだ。ここは警察も機能してない。無法地帯すぎる。そんなつもりじゃなかったのに。無法地帯にするつもりなかったのに。俺の宇宙拠点がいつの間にかこんな無法地帯になって。ほーら、吸ってるよ。まともなのは俺だけか。なんでこうなっちゃったんだろうな。なんか新しくライト敷いてもらってる。ありがとうございます。これ船止めやすいっすね。でいつの間にかベンチの色もね、黄色くなってて、なんかいい感じですね。カラーも揃ってね。葉っぱで決まってるとこへは、しかもこのさ、プランターがさ、ちゃんと木製の黄色に揃えてあるのなんこれ。しかもこっちも木製の黄色に揃えてあるのなんこれ。育成する気まんま、もうそれ専用のブース。もう専用ブースだよ。レトナガさんわらわら。唯一の両親かと思ったらね、もうノリノリで吸ってるっすもんね。さすがに酔い冷めたか。さすがに酔いが冷めましたな。お帰りなさい。お帰りを長らくお待ちしておりました。みんな戻ってきたっすね。よかった。それ撤去しといてくださいね、その草ね。カジオさん、いい拠点ですね。一緒にどうです？散らせい。この葉っぱは全部散らせい。すぐね、賄賂もらったら何も見なかった。もらったって言っちゃったよ、この人賄賂もらったって言っちゃったよ、もう。この汚職警官め。この汚職警官め。まさかこのゲームで汚職警官をこんな見ることになると思わなかったよ。ねえ、もう。レトナガさんだけはもう絶対そうならないって僕は思ってたのに。絶対信じてたのに。もう、あなただけは僕はホワイトな方だと思っていたのに。ダイブするみたいな形でもう顔面で葉っぱを全て受け止めて。もう。こんなもんでいいっすかね。こんなもんでいいっすかね。マジでこれいつの間にマジで気づかなかった。いつの間に設置したのこれ。ちゃんとセーブポイントもあるし。まったくもうみんなやんちゃなんだから。マジでみんなやんちゃなんだから。酸欠なるってマジで。なるほどね。これさっきのキノコから生成したっしょ。これはさっきのキノコからでしょ。キノコもいかがですか。ほらやっぱりキノコじゃん。さっきもらったもしかしてこっちもこれも賄賂か。これも賄賂なんか。もう結構早い段階からこの種はまかれてたってわけね。正確には禁止かな。なんのこっちゃい。なんのこっちゃい。かっこいいコルベット。歌う海貝いただきました。ありがとうございます。すごいなんかみんなからなんかちょっとずつ賄賂もらうのこれなんだ。こう今からもらうものはもう賄賂にしか見えん。みんなからちょっとずつ賄賂もらうの面白すぎる。じゃあまたカメラでコルベット見させてもらいましょうかね。またかっこいいですねこれ。両サイドの盾みたいなのがついてるやつ活かしますね。そしてステッカー4のステッカー武骨の7分張りおしゃれ。これいいっすね。これ好きっす。めちゃめちゃ好き。ちょっと今本筋に戻ろうとしてる。本筋に戻ろうとしてる。では夜なのでライトをパーン。いいっすね。赤が映えますね。いいっす。ツヤツヤ、いい色。いい色ですね。
シンクですね。ツヤ色シンクめっちゃいいですね。やっぱエイロンのパーツはこの赤いラインが先端から後ろに向かって光が流れるのがめっちゃおしゃれですね。4番艦ってことです。いいっすね。4番艦。いいっすね。たくさん作ってるですからね。いい感じだ。ひまじいっす。食べられるキノコだが食べ過ぎるとは禁断症状が起きますよ。なんで詳しいね。なんでみんな詳しいんですか。なんでみんなこの、なんだろう、怪しい植物、怪しいキノコのプロフェッショナルばっかり揃ってるんですか。なぜだ。こんな予定じゃなかったのに。ここ角っぽくて可愛い。ここ好き。これ背中は？これは？あ、足場か。あ、違う、タンクか。これ並べるとこのダイヤ型ができるのおしゃれですね。これ技ありだ。これちょっとなんか技ありな気がする。パッと離れてこのフレームがダイヤ型作ってるの、これおしゃれ。で、コックピットがここと。みんなこのコックピットとかの馴染ませ方、シールドうまっ。あ、めっちゃいい。いい感じに収まってますね。いい感じだ。いや、これマジでかっこいいな。収まりうまいんだよな。この距離で見たときにシールド3つがいい感じに埋まってるのがいいね。ファッションで言うと揺れ物みたいなポジションですごくいい。いやー、いいですね。すごくいいですね。グッドグッド。これは良きですぞ。サイドシールドいいな。構造的にこの実用性がありそうな配置が好き。すごく好き。え、これ多分ノーグリッチ。マジっすか。ノーグリッチここまでできるんだ。これすご。ノーグリッチすごいな。すっご。陽気ですな。待って、こっち3って書いてある。パンダさん、これ、4番艦なのに3って書いてる。これは後で4に張り替えた方がいいのでは。気づいてしまった。見なかったことにした方がいいか。ちょっと、じゃあ、後ろ見ようか。ちょっと後ろ見ようか。見つけてしまった。やべ、見つけてしまった。見なかったことにしよう。よし、じゃあ今度は内装も見させていただきましょうかね。お邪魔しますね。やっぱこのフレーム使い方うまいな。今日待って、酸素すぐ薄くなる。ちょっと待ってね。30分に1回換気が欲しい。またドア開けます。コショコショで話します。よーし。あとちょっと水分取りますね。水分取ってから中入ろう。喉がカラカラだ。はあ、美味しい。砂糖で3杯、小さじで3杯放り込んでるんですけど、これでも世間一般のジュースよりは全然砂糖入ってないっていう驚きの物理を。世の中のジュースは砂糖過多っすからね。それと比べれば全然健康的。じゃあお邪魔します。いいっすね。あ、赤いボードの上に貼るのいいっすね。色際立つな。いいっすね。最後尾は実用的ルームですね。回復ポット。ベッド。おや？一旦見逃して横行こう。そして、ここもベッドがあって、ここは収納ボックスですね。実用性20丸。素晴らしい。さすがっすね。やっぱパンダさんさすがっすね。これ作ってた頃グリッチ何それだった。その頃の作品。いいっすね。やっぱほんとグリッチなしでもやっぱ相当いけるっすね。いい感じ。マジこの電子レンジ系、ほんと万能だな。ディスプレイとしてもちゃんと活躍できる。なんかここのライトすごい生き生きとしてるな。これ元からここの中の構造物のパーツだと思うけど、馴染んでるな。上手。これ上手だ。さて皆さん。もうね、疑いの目で見るしかない。ちょっと最後に見ようかな。そっちは。
いですね、ここで。休眠ポットと、回復ポットと。ああ、ここでミッションレーダーとね。いい感じだ。いや、上に参ります。エンジンが出ている。素晴らしい。これ操縦席と。やっぱこうなるよね。わかる。ワイの船と一緒。で、こっから出れますよと。いやー、いいっすね。見逃すと思ったが、この国数が。このストレイツ王が見逃すと思ったが。邪魔しまーす。はい、いや。あれ一瞬ないかと思ったら全然あった。ちょっと埋まってんのが小賢しい。この、ちょっと埋まって見えづらいのが絶妙に小賢しい。ギリ映ってない。ギリ見えないかも。ギリ見えないですね。ギリ見え、いた。埋まってる。砂の中にある。みんな、見た。ある。砂に埋めて隠してるよ、この人。くそ、こんな、小尺な隠し方をしよって。警察はごまかせでも、この国数の目はごまかせんぞ。それ、バナナです。通るか。こんなつぶつぶなバナナあってたまるか。絶対ここでパフパフ胞子が取れるやつでしょ。うまいこと、ほら、これがバナナに見えるかい？逆にこれどうやって砂に埋めたんだ？これそういう構造なんか？一日に何回吸うんすか？一日に何回吸うねん、それ。なんでもまあ、タバコと一緒か。何回吸っても気持ちいいのか。仕方ないのかもしれない。美味しそう。ダメだって。なんでみんな葉っぱ大好きなの？なんか落ち着いてる。落ち着く方の決まり方もあるんだ。落ち着く方の決まり方だ。なんかもはやこれもなんか医療セットとかなんかそういうの見えなくなってくる。絶対あれでしょ。もう生成してるでしょ。これとか絶対それ生成してるでしょ。ここのデスクで在庫管理してるでしょ。もはやここの中身すら怪しい。もう、すごいな。ほどほどにしとくのよ。ほどほどにしないと体壊すからね、あなた。もう、みんなニップ大好きなんだから、もう。ここの赤ライン上手。素晴らしい。ありがとうございます。めっちゃ船止めやすいですね、そうすると。素晴らしい。ただいつの間にかなんか密輸船のシンプルこのバグおもろいな。ありがとうございました。いやーよかったっすな。なんかぼちぼちみんないかにしてニップを船の中に搭載するかみたいなの競い始めてる気がしなくもない。さっきの葉っぱ埋まってんのでデフォスかあれ？そういう技？葉っぱを砂に埋めて隠す技なの？それとも使用上ああいう風になるやつなのあれは。いやーかっこいい。ニップ積んでるけど。やっぱコルベットはいいですな。植えたところです。植えたってあんな感じになるんだ。そういえばそうか、一番ちっちゃいのか。なんで流れに乗ったんすか？なんで流れに乗っちゃったんすか？待って。若い葉っぱは埋まるのです。この葉っぱの描き方。ちゃんと隠語みたいにこうやって隠してる感じが。手慣れてるな。もう、手慣れてらっしゃるみんなして。寝ます。おやすみなさい。レトナガさんありがとうございました。今日もめちゃめちゃ楽しかったです。おまわりさん次はちゃんと逮捕してくださいね。悪い人いたら。今日は一日完全に賄賂を受けてる悪徳警官だった。ワンピースでいうとこのネズミ中佐とかそんな感じだった。あれ少々だっけか。はい、レトナガさん今日もありがとうございました。お疲れ様でした。また来週もね、土曜日の21時からやろうと思ってるのでね。はい、定期配信でやりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お疲れ様でした、レトナガさん。おやすみなさい。レトナガさん、いい夢見ろよ。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや
ああ、めっちゃ騒いでしまった。こんなに声張り上げると思わなんだ。やばい。割とガチめに若干疲れてきた。こんなにね、騒ぐ予定じゃなかった。本当にこんな騒ぐ予定じゃなかった。今日は一体どうなっちゃうねん、これ。全然こんなつもりじゃなかったけどな。うん。初めて見た、これ。餌かわいい。ゲックの頭で釣りできるんだ。これ初めて見た。面白い。こういうのもあるんですね。初めて見た。なんかずっとカメラで。これかわいい。これリアルだな。非常にリアル。なんか釣れた。素晴らしい。すげえリアルだ。よしと。あ、すげえ。なんか、今までのノーマンズスカイ配信の中で、時間に対して一番疲れたかもしれない。映画時間に対して一番疲れた配信今日かも。他のノーマンズスカイ配信してる方ってこんな騒ぎます？あ、遊覧船だ。遊覧船？戦闘機？遊覧船か。いいっすね。いい感じ。ありがとうございます。さあ、次はどなたでしょう？あ、まだちょっと読み込みかかりそうですかね。ちょっと1分か30秒ぐらい待とうかな。いいっすね。外を見れる場所がいっぱいありそうだ。おいしい。ソイラテ、おいしい。ヤミヤミ。よし、読み込みできたかな。じゃあ、カメラ見させていただきます。失礼します。じゃあ、こちらどなたのコルベットでしょうか。あれ、この間見せてもらいましたっけか。なんかそこの、読み込みが来た。あ、この間見せてもらったやつですね。装飾の読み込みがちょっと遅れてたですね。ちょっとじゃあ、ここでカメラを待機して、ちょっと待ちますか。まだ細かいパーツ少し残ってるかな。うん。あ、来た。パンダさん、連続ですいません。いいんですよ。順番は皆さんでいい感じにね、順番、あれしてもらって、後ろに順番に並んでもらえればね、これで入っていけると思うので、もう次のも構えてますからね。なんかすげえ爪が長い。アシンメトリー。あ、違うな。あれもしかしてパーツそこから伸びんのか。先にこっちですね。いい感じ。そう、その背中のね、リングパーツと、あとその、ピンクからブルーに、どんどん移行する看板パーツ。これがね、めちゃめちゃいいんですよね。これも確か、なんだっけな。共同探索のなんぼだか忘れたんですけど、確かそれの報酬ですよね。この辺も。いいなぁ。かっこいいんだよなぁ。使い方がまだうまいんだよね。皆さんぜひ参考にしてみてください。この小物使いがね、すごいんですよ、マジで。小物使いがね、みんな素敵なんですよね。あとこの、ベースにあるこの小型のランプ。この、枝豆、コーヒー豆っぽい形の、よく見る感じのちっちゃいランプ、有線のやつ。これの使い方もね、また上手なんですよね。ひまじいさん、いやー、成長が楽しみだな。葉っぱの話ね。もうダメだ。ニップニップのことで頭がいっぱいになっちゃう。どういうことじゃね。じゃあ、そろそろ読み込み終わったかな？見させていただきます。とりあえず明かりを。こんなんいかがですか？ランプがね、赤と青で、多分、全体的に統一されてる感じなんでね、あえてこのライトで。かっこいい。かっこよすぎん？
みんな見て、かっこよすぎんこれ。パンダさんのコルベット、すっごいな。何がすごいって、小物の使い方がね、めちゃめちゃすごいんですよ。なんかあそこまた看板増えとるし。あれ、ニップニップとかさ、絶対書いてあるでしょ。栽培場とか。おかしい。ワイの駅なのにいつの間にかニップニップの拠点にされてる。一旦それは置いといて、ちょっと見てほしい。見てほしい。これはこれ何こんなんありましたっけか。あれ、こんな武器普通にありましたっけか。あ、違う、違う、これアンテナもしかして。アンテナか。こんな武器あったっけ。武器っぽいけど。もしかしてこれアンテナ横付けしてる。どっちだ。これアンテナだったらすごいな。それ丸いのについてるやつです。あ、これついてるやつな。あ、これ元からついてるんだっけか。馴染むな。馴染むぞ。バランスがいいんだよな。ちょっとこれランプ。あ、埋め込んでるランプ。いい感じだな。間違った。ここだ。で、ここのテーブル。あ、このテーブルこう使うんだっていう、この学び。で、このランプと、あ、ここにも明かりあるじゃん。うまっ。すごいのが、これ。ここにこれを配置しようっていう風に至る発想がすごいのと、バランスがね、すごいの、これマジで。違和感がね、なくて、馴染んでるんですよね。これマジですごいと思う。後ろ並びに電光ディスプレイみたいなやつ。あとホログラムディスプレイみたいなやつが綺麗に並んでて、そこの組み合わせがね、秀逸なんですよ。ここでオレンジ色のラインをこう引いてるから、多分違和感がそこで中和されてるんですよね。これかっこいいんだよな。ここから下に降りる感じ。これライトも刺さってるんだ。両サイドのランプもベースがオレンジだから、ここで中和される。でね、この看板使いがうまいんですよ。これすごいんですよ。ちゃんと左右対称になってる。そしてこのパーツ欲しい。そして使い方おしゃれ。ラインも素敵。これです。あ、今気づいた。ここにこれ使ってるんだ。気づかなかった。かっこよ。あ、これここに入るんだ。おしゃれ。めっちゃおしゃれ。これすごいですね。めちゃめちゃおしゃれですね。ちょっと内装をざっと見て、もう一回外観をまたぐるっと見てで入りまして、いいっすね。まず1階は来客フロアみたいな感じですね。お客様千客万来って感じでしょうか。カーペット敷いてる感じもまたいいっすね。くつろげる感じ。おしゃれやな。この植物いいっすね。ぴったりだな。内装はちゃんとバランスがすごく良いのがめちゃめちゃいい。このポスター見たことない。これも共同探索の報酬か。いいっすね。で、上に参ります。あれ、暇人さん。ほら、またなんか見つけた？この植物はどうなんだ？普通の植物なのか？まずワンキノコ。でもこれは照明器具かな？これは照明器具かな？どっちかな？でもベッドと医療ポットのとこにあるから。多分照明器具でしょうと。ヤモモンバトルやるときの送迎用に変えました。なるほど。これで調整してるんですよね、この辺。送迎にちょうどいいですね。確かに景色もいいですね。いいな。だからこれ来客、お客さんに見えるようにこういう感じで看板立ててみたりとか。これ扉こういう風に埋めるのありだな。
これも技ありっすね。おしゃれだな。こっち入りまして、こっちに入りまして、食事スペース。いいですね。休憩もできる食事スペース。こっちが荷物置き場があって、オブジェが飾ってありますよと。あ、明かりだ、明かりだ。明るいっすね。あ、アイテムも回収できる感じですね。いいっすね。おしゃれかつ実用的ですね。これは素晴らしい。上に行く前にちょっとまっすぐ。で、ここでまた、いいっすね。足元に明かりを。で、奥の方に進んでくださいと。いい感じ。両サイドにアームが動いて。一応確認ですけど、これ普通の植物ですよね。一応確認です。この二段構えのやつは、これ通常の植物ですよね。周りのこいつらで何か生成してるとかではないを信じますですよ。一回信じますよ。一回信じまして、まっすぐ。普通です。よかった。ポスターとかの使い方がうまい。この発想なかった。ちょっとこれ技あり見てほしい。正面から船の中に入って、ご覧ください。このソファーの配置。これ技ありでは？めっちゃセンスいいな。うわぁ、真似したい。いや、めっちゃセンスいいです。さすが。いつも、なんか、建築とか内装驚かされるな。さすがだな。いいっすね。なんか、いつの間にかなんか増えてる。すごい、いつの間にか建造物がだんだん増えていってる。内装こんな感じでございます。そうしましたら、上の階に行きましょうか。はい。いいですね。徹底的にその来客用というか、お客さんをね、飽きさせないいろんな技があちこちに散りばめられてる。この置き方おしゃれだな。これは真似したいな。後ろにカーペットで隠してあるゾーンがあるぞ。ランプもあって。で、ここでプラントもあって。ああ、いいっすね。いいっすね。やっぱね、めちゃめちゃいい。置いときました。センスが良い。うん。リエさん、すごいと思っても真似するのが難しい技が多い。いや、本当にそう。みんな上手なんですよね。あと、発想がね、一個一個やっぱり洗練されてるというか、建築勢だなっていうのがね、ひしひしと伝わってくるっす。今人さん、たまらない。もしかしてまだ葉っぱ決まってます。語尾に葉っぱついてる。あー、やってるー。そんな気はしてたー。カメラゆっくりフェードアウト。どうしよう。こいつは上物だ。もう、一番、誰よりも早い。見なかったことにした方がいいかしら。グラビティのボールまで。あ、そこはちら。しかもめっちゃ育ってんのおもろ。めっちゃ育ってる。背の高さまで育ってる。収穫時じゃないですか。ちょっとあそこまででかいと効能危ないんじゃないですか。ちゃんと濃度の調整してますか？ちら。もう、おまわりさん寝ちゃったしな。ほら、もう幻覚見始めてるもんだって。幻覚見始めてたな。さすがに次カメラ入る頃には正気に戻ってるか。さすがに正気に戻ってんじゃないですか、次カメラ入った時は。でもな、上物って言ってるしな。あ、ダメだ、決まってる。もう膝ついて寄り添っちゃってるよ。あんな近くに。そこ葉っぱじゃん。そこって葉っぱじゃんだって。吸うのは先端じゃん。あ、戻ってきた、戻ってきた。ダメだ、カメラに気づかれた。カメラに気づかれた。本当に、わら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 。手遅れだったんだ。いや、手遅れそうです。果汁さんはもうダメです。もう中毒者なんです。こんなにたくさん吸ってしまって。しかもようわからんけどカメラに気づくし。見たことない動きしてる。見たことない動きしてる。
ちょっとしばらくこれ眺めててもいいな。しばらくこれ眺めててもいいな。もうマウスから手離して。映るたびになんか、多分どんどん決まってる可能性がある。でもさすがにもうどっかで吸うのやめてるでしょ。さすがにね。あれだって吸いすぎたら副作用とかあるんじゃないですか。命を落としてる人も聞く。ね、吸いすぎでね、命を落としてる人もいるって聞きますからね。そもそもニップニップって、ゲックの皆さんだけじゃないですか、聞くのって。それ以外の種族でも効能あるんですか、そもそも。なんか忘れてたけど。確かゲックさんの、なんか常用剤でもないけど、そっちの方々の方が、なんか好んで、摂取される葉っぱだったかと思うと消えた。まだ知らん挙動してるって。知らん挙動してる。スイッチ切ったり入れたりしてる。我々がゲックでないといつから錯覚を。俺たちはゲックだった。俺たちはゲックだった。嘘だろ。いやでも聞くってことはそうなのか。もしかしたら俺たちはクォーターとかなのかもしれない。ハーフやクォーター。そうですよ、僕たちって出自がね、僕たちはみんな基本的に出自が不明な存在なのでね、どこかでゲックの要素やゲックの血が混じっててもおかしくはない。そう。だから全然不思議なことではないですからね。そう。全然あり得る話ですから。まあ、特にそのゲックの血が濃いと、こうなると。ちょっとゲックの血が濃すぎるとこうなっちゃうと。16。バグの原因これなんじゃねえか。多分。アトラス、ニップなんか再現したせいでちょっとバグになったんじゃないかって、ほら。あれほら、知らない動きしてる。知らない動きしてるってだから。いつもだ。あれ治ってる。逆にその動きどうやるんですか、それ。なんか胸張ってる。浮いてる。そう。なんか上下に、見たことない動きしてる。上下に動いてる。これは何？すごい果汁さんの負荷が高い。果汁さんの柵がこっち、今飛びかけてたな。よし。待って、増えた。Good。気持ちよかったんだろうな。もうなんか満足したって感じ。よかったっすね。よかった。満足できたならよかった。パンダさんは何をなさってる？パンダさんは今何をなさってる？このノータッチの自動カメラ、これ優秀すぎでしょ。ちょっとずつ高さ変わっていくけど。この並びだとパンダさんが全然普通に見えてきた。果汁さんだけ。これそもそもパンダさんの船やった、そういえば。ひまじんさん、国風さん、今エンディングの曲作りました。なんとありがとうございます。素敵。本当っすか？ごめんなさい。本当に申し訳ないんですけど、僕AI に関しては否定派ではないんですけど、YouTube の動画で AI の音楽とか AI の画像を使うと、なんか YouTube くんが反応するらしくて、ちょっと動画では使えないかな。なんか画像とかに関しては弾かれるとか再生がどうのみたいな話がどうやらあるらしいので、音楽どうなんだろう。AI 生成物はできるだけ配信で使わないようにしようかなって考えてました。なのでお気持ちだけびっくりした。いや今マジでびっくりした。急に2人が出てきてびっくりした。ビビったマジで。ダメだなこれ。ホラーかな。果汁さん目怖っ。増えてた今びっくりした。しかも2人並んでた。マジなんか今なんか生えたって。のれんの向こうから今なんか生えたって。
このカメラがいつ向こうに突破するかしないかのこのドキドキ感。俺、オープニングもエンディングも AI のやつ使ってるけど、そう。パンダさんフル AI だから結構いろんなのが。カメラがそれてこっちに映ってる。その手なんすか？その手何？あ、そっちから透かして覗いてるってこと？そっから透けて見えないかなって手かけてるってこと？怖すぎるでしょ。両目で見てるんだ。怖っ。よし。こんなもんにしておきましょうか。こんなもんにしておきましょう。パンダさんありがとうございました。いやー、船が意外と端に動いてるですね。こうやって見るとね。いやー、よかったよかった。なんかね、昨今あれらしいですよ、パンダさん。AI の画像とか、あとはなんだっけな、AI 生成物を使うと YouTube が何か反応するらしくて、なんだろうな、ピックアップじゃなくてあるじゃないですか。エンゲージメント、あれが下がったりとかするらしいですよ。本当かどうかわかんないですけど、多分あんまり、間に刺さない方がいいのかな。 YouTube の AI が AI に反応して、変な話ですけどね、これもね。すごい変な話。だから僕も結局オープニングとかエンディングの曲に関しては、AI のやつは今使わずに、フリー音源でやっぱりインターネットの方で自作の曲を上げてらっしゃる方がよくいらっしゃるので、そちらの方からね曲をお借りしたりしてるのでね、僕は今のところそういう風に使ってます。どうなんだろう、これからもっと緩和されるのかな。もうちょっとね、世の中が AI に寛大になってくれればいいんですけどね。僕も趣味で触ってはいるんですけど、そう趣味でやる分にはってところではありますけれども、そう僕も趣味で触って面白いなとは思うんですけど、やっぱりデータベースの問題なんでしょうね。まあここは根深い問題ですよ。何の通知も来てないけど、通知とかじゃなくて AI の弾くのに関しては通知とかじゃなくて、X での噂っすね。X で流れてきて、へえそうなんだぐらいに思ってたんですけど、何の通知も来てないけど、自分で上げてるやつを使ってるから大丈夫なのかな。でもどうなんだろう。結局具体的な数字が何も出てないからどこまで本当か分かんないけど、何かそういう噂があるならあれ方がいいかとは思ってました。なので自分で楽しむ様子ね、 AI のあれに関しては。だからいい曲できたなとか思っても、だから雑談配信で使う曲、実は最初のうちに2つ3つぐらい作ったんですよ。スノーですっげえいい感じのやつができたんですけど、長さもランダムで3分とか4分のができて、それが全部いい感じだったら超当たりだって思うんですけど、当たりがあったんですよ、何本か。結局ダウンロードだけして音源フォルダに保存してほこりかぶっちゃってるんですよね。あと僕がこの辺配信で使おうと思ったらあれかな、まだ世の中には過剰反応する人がいるから、もうちょっと世間が優しくなってからかな。多分いずれは使うんですけどね、便利ですから。近い未来どこかで使わされると思う。世の中どうせ AI だらけになるっしょ、どうせなるっしょ、市民権得るっしょと思ってるタイプですよしと、さあではすげえレーザー光線飛んでる、めっちゃビームが出てる。じゃあ次こちらの方を見させていただきますね。お邪魔いたします。ありがとうございます。かじゅうさん、自分は普段使い機なので初見はあんまないかな。これ普段使い機なんですね。めっちゃかっこいいですね、普段使い機。いいなぁ。エーロンパーツをふんだんに使用している。ラインが光ってんのかっこいい。虹色のラインが見えるな。明かりいいかな。明かりの位置がもうちょっと上げるか。
真上がいいかな。この辺。いい感じ。この虹色のラインは気のせいか。なんか青とか緑の光も見えた気がしたけど。いいっすね。エーロンパーツで固めると、あ、離れるとやっぱり色が違く見える。なんか、ブルーというか紫色っぽいラインに見えるっすよね。これかっこいいな。こういう見え方もあるんだ。これは光の仕様か。これもおしゃれでいいっすね。いいっすね。なんか、エーロンパーツのなんか王道的なバランス感覚だ気がする。そして気になってるのは紫、この青色の煙でございます。ここにもなんか煙吹いてるけど、いい感じですね。いい感じ、いい感じ。わーお。これ確かこの間、ゴーストシップの方でも、確かこの技使われてましたね。これが素晴らしい。これが素晴らしいんですよね。この技はね、本当にね、発想の勝利だと思う。これは。非合法なパーツばかりで煙が止まらないぜ。そういうことか。みんな非合法好きね。見てると煙が欲しくなる。これ、使い方うまいんだよな。煙がおしゃれなんだよな。これはさすがの技ありですね。やっぱエーロンパーツももっとたくさん集めたいと思ったけど、そもそも生成できるんでしたっけか。エーロンパーツって。ちょっと待って、ここの収まり方めちゃめちゃ綺麗じゃない？これどうなってます？煙は多分ペットのホロかな？確か前回にゴーストジップ見せてもらった時も、ホロの使い方がうまかったんですよね。あ、そう、こういう感じですね。こっちが、青と緑の煙がありますね。こっちが、これ植物かな？この緑の煙ですね。あ、ホロこういう感じか。またこのホロの設置の仕方がうまいですね。あ、煙のホロってこっち？あ、違う。なんだこれ。ホロが、ここに1個、2個、3個。そういうことか。この3個のホロが、あ、これだ。青、緑を、この3個のホロが投影してると。これうまいな。しかもこの配置がまたいいですね。ここ3つで完結してるのがまたセンスがある。これ青い光もまたおしゃれに見える。ここのアトラスコアみたいなのがね、また存在感があるから、これがまた馴染むんですよね。原色、赤、青、緑がここで揃う。素晴らしい。謎の空飛ぶ魚の方でしたっけ？魚が飛んでるやつで、緑が、地中移動のやつです。よく見つけてくるっすね、これ。色付きなのがまたおしゃれ。探してきてこの当たりを引くんですね。配置がまたうまいんだよな。中身の方、お邪魔いたします。お、すごい。すごい。ハンティングトロフィーがいっぱいだ。人骨。いいっすね。角の生えてる頭もいいっすね。これは一体何かが突き出している。パーツかな？気になってめっちゃ探してます。もう疑われてる。ここだけ見るとなんか普通のなんかお食事がポロッと置いてあるぐらい、カヌレっぽいやつとなんか植物がちょこっとなんか今落ち着いてますね。すげえワイルドだ。すごいハンターの船ですね、これは。めちゃめちゃハンターの船してますね。いいなぁ。これ好きかも。コンセプトがすごいしっかりしててすごい好きかもしれない。あばら骨こうやって使えるんだ。これ使い方面白いな。ちょっと横の船失礼しますね。ここはまあ普通か。ああ、普通ですね。キノコのランプがあって。荷物があって。いい感じ、いい感じ。パーツめっちゃ貫通しております。こういう感じですね。
グリッチでいい感じにギュッと押し込んだ感じですね。結構やっぱ出ますね。内装が白だとやっぱり黒が少し目立つか。いい感じ。あ、いいですね。上手って言ったらあれですけど、このディスプレイもこういう風に収まると調和しますね。いい感じだ。アイテムも手に入る。もういいって。もういいって疲れたよ、もう。もう、今日もう2日分ぐらい声出したって。もう、だからこの横の木がまた絶妙にね、いい味出してる。この辺の植物とかね。うん。いい味出してる。もうさすがの梶尾さんももう吸いすぎてもう落ち着いてるですもんね。もうさすがに落ち着いてる。これ以上は酔えないか、今日は。そうだよな、上限あるもんね。バンティーハンター、いいっすね。これやっぱおしゃれですね。武器の並びにちゃんとこの買ったものがこう飾ってあるのがすごくいい。座席に骨くっつけたらいい感じになりました、このデザイン。これセンスいいですね。サイズ感がね、収まってんのが。この背骨の感じがね。あ、これ2つかもしかして。今なんか色違ったっすけど、これ2個合わしてるのかな。あ、これ光の加減か。これで1個か。こういう使い方あるんだな。これも面白い。あ、キューブが浮いてる。かわいい。いいっすね。いい感じだ。あ、そこにもちゃんとディスプレイ貼ってる。いやですね、ちゃんと手が入ってますね。色はスタンプで黒色にした。あ、スタンプで。あ、スタンプか。あ、だから色こういう風になってんだ。ということで元はこの白なんですね。そんな色の染め方あるんだ。センスよ。ちょっとこれ覚えとこう。骨はスタンプで埋められると。これは参考になる。これすごいな。技だな。さて、葉っぱも見つけたことだし。ありがとうございました。じゃあもう一回ちょっとスクショタイムを取りますか。ありがとうございました。煙、あ、この煙いいな。煙こんな感じで尾を引くんだ。煙が尾を引くのマジでかっこいいな。いいっすね。やっぱかっこいいんだな。かっけー。ねえ、かっこいい、マジで。いけてるな。鬼イケである。鬼のようにイケてる。略して鬼イケである。そして、はい、続きましての入稿ありがとうございます。めっちゃいい。ワイの好きなカラーリング。なんか色っぽいな。なんかすごい色っぽい。いいシルエット。なんか、後ろの曲線すごくないですか？すごいな。ちょっとこれ。これはどういうこと？ありがとうございます。さあ、こちらはどなたのコルベットでしょう？なんかすげえいいな。この丸みすごい好き。収まってますね。お尻周りのシルエットがすごいまとまってる。まとまりがすごい。これすごいな。しかもちゃんとガラス張りだ。僕のです。いやー、いい。すごくいい。リュウキさん、僕これめっちゃ好きっす。これめちゃめちゃいいじゃないですか。いい滑らかさですね。ねえ。流線形のシルエットの取り方がすごいいい。エーロンパーツの刺し方もすごいバランスいいですね。ここのフレームとかがこの赤色と馴染んでるのがまたポイントが高いですね。そう、馴染んでるんですよね。これ、バランスめちゃめちゃいいな。この子いいっすね。この子めちゃめちゃいい。いつの間にか装飾めちゃめちゃ増えてるんだけど。どんどん開発されてってる。やっぱエーロンパーツの赤いラインもまた映えますね。
両サイドのボディ、それエーロンパーツか。おしゃれ。皆様、スクショタイムでございます。映えるなぁ。これ映えますね。これを見ながら、ソイラテを飲みます。ソイラテがうまいですね。今人落ちてきた。なんか今一瞬人が落ちてきたように見えたけど、気のせいか。国風さん浮いてる。浮いてますもしかして。Y 飛んじゃってる？嘘。どこまで行くのだろう。今どうなってます僕。Y どこ？国風消失編？カメラで見えます？どこだ終わり。これ多分カメラ解除するとね、このカメラのバグどうにかならんかね。まったくもう、このカメラバグ。いや。地面に着地してから戻った方が早い説はもちろんありつつ、もうなんとなくもう直接戻りたい気持ちにもなっている。着地 OK。 あれ Y 椅子座ってなかったっけか。さっき座んないで始めたっけか。そう、バグ防止で椅子に座るようにしてたんですけど、完全に忘れてましたね。危なかった。今喋ってもらわなかったら気づかなかった。危ねえ危ねえ。よかった、喋ってもらえて感謝でございます。こいつは命救われちまったな。で座って、この状態でカメラオン。確かにこうすると飛ばなかったと思うんだ。確かお腹のところの流線形も綺麗。綺麗だ。すごくいいですね。すごくいい。すごくいいですね。そう、かっこいい。カラーリングが好き。そう、とにかく個人的にカラーリングが好き。ワイのロブスターと一緒。いいっすね。深い、深い、深い。どことなくいぶし銀を思わせる赤色。これが好きなんですよ。いいっすね。いや、かっこいいね。これかっこいい。正面。正面にちゃんと武器が配備されて、内装めっちゃこだわってるのでは。待って、内装めちゃめちゃ良い。なんかあるぞ。いいですね。めっちゃこだわってる内装。よし、じゃあ。カメラが大突撃。出た。このエンジンパーツ。このブーストパーツね、結構癖のあるデザインなんだけど、これも馴染んでますね。後ろから見た時のね、この、各ブースターの全体のバランス、横長の長方形4つに対して台形が両サイドに2つっていうこの構築。バランスがね、これ秀逸。で、ここの真ん中にちゃんとガラス窓があってね。これめちゃめちゃ凝ってますね。佐藤さん、落ちます。お疲れ様でした。佐藤さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も遅くまで配信見ていただいてありがとうございます。今の時間が3時20分ですね。はい、遅くまでありがとうございました。また来週もね、土曜日の21時からノーマンズスカイやろうと思ってましたのでね、もし時間合うようであればぜひぜひ遊びに来てください。どうぞよろしくお願いいたします。佐藤さん、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。佐藤さん、いい夢見ろよ。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、こちらの方はまた探索を続けていきましょう。カメラを落として中の方邪魔しますね。じゃあ、中の方見させていただきます。お邪魔いたします。
こっちは階段。一回まっすぐ見ていきますか。大量のデータバンク。大事なデータを保管しているようですね。大量のデータバンク。びっくりした。なんか緑の葉っぱが見えると、もうニップニップにしか見えない。葉っぱが見えるとニップニップにしか見えない。あ、いいですね。目に優しいグリーンが広がっております。いいですね。葉っぱとはこうあるべき。いいですね。内装の方も装飾が。いいですね。地上のマップと星のマップがバランスよく設置されてるですね。これもいいですね。技ありですね。なんか知らんもん設置されてるって、ね、ちょっと拠点いじりすぎでは、なんか知らんもん設置されてんだけど、何あれ見たことないて。なんだかな、いろんなものがどんどん増えていくぜ。ま、観覧車あるしいいか。今度はこっちを見させていただきますね。なんかすごいことに、いつの間にかね、進化していってる。よし、じゃあ正面入りまして。一旦真ん中は流して、今度こっち側見ようかな。お、座ってらっしゃる。お邪魔しますね。不要なら消してくださいね。考えさせていただきます。後でじっくり見させていただいて、ちょっと考えながら構成していきたいと思います。一回ね、設置してもらったものとかね、後からその壊すのはね、壊したりなくしたりするのはちょっと忍びないっていう気持ちがどうしてもあるのでね、ちょっとね、様子とバランス見ながら調整していこうと思います。置いててくれたものだからね、大事にしたいよね。サイドはこんな感じですね。いい感じ、いい感じ。で、真ん中がラウンジというかロビーというか、なんか共同スペースっぽい、通路っぽい感じでいいですね。なんか奥と手前に窓ガラスがあるだけで随分やっぱ生活感がいい感じになるというか、これ上の方が遊覧スペース。いいですね。非常に良い。景色が見えるのってやっぱいいですよね。なになんでみんな布で隠したがるの？何があるんだいそっちに。じゃあまあ最初は手加減して横から見といてやるか。どれどれ。こっちにも布あるって。僕も3方向全部かもしかして。あ、こっちにも布あるって。みんな覚悟はいいか。D さん、わらわらわら。マナさん、適当にやってるので気にせず壊しちゃってください。コピーして別所の場所に置いてもいいし、了解です。なんかね、いい感じに調整させてもらいますね。全箇所隠されてる。全部は珍しい。どれ？せーの。ああ、普通だ。あ、びっくりした。なんか変なもん隠されてるかと思ったよ。いや、びっくりさせないでくださいよ。焦ったー。普通だね。いや、なんか変なもん隠されてるかと思っちゃった。いやー、疑っちゃダメだよ。ね。みんな人のこと疑っちゃダメだよ。なんかちょっと怪しいの一匹おるけど、ここに。ピロ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 となんか、どの辺で収まろうかなーって言って、ちょっとU字札に大きくなってみたり、ちっちゃくなってみたりしてるのが一つあるけどね。大丈夫そうですね。OK、大丈夫そう。あ、棚がいい感じに設置されてていいね。草がなくてげんなりしているのかな？埋まり方がえげつない。パーツ、貫通を隠すためのテクニックか。うまいっすよね。結構上手。パーツじゃなくて貫通してる方もいらっしゃいますけど。こっちに草があるんですか？こっちに草があるんですか？ひょっ。わあ、よかったー。普通の花しかなかった。疑ってすいませんでした。あなたは白です。さすがっすね。よかったよかった。いや、疑ってなかったっすよ。いや、さすがだな。いや、ずっとそうだと思ってました。はい。
りゅうきさん、冷たいところの植物なので空中で冷やしているという設定で部屋を分けてます。えらい。いいっすね。めちゃめちゃちゃんとしてる。とりあえずニップニップ埋めて、なんか足をこうしようっていう発想がないのが、なんかすごいピュアな感じ。葉っぱじゃないのよ。なんで残念そうなんですか？葉っぱないことによって。みんなのコルベット見ながら、コルベット内の葉っぱを探すゲームになってきてる。あ、いい感じ。ボックスがいい感じに色合い出してるな。これもセンスいいですね。そして最上階、コックピットですね。ひまじんさん、かじょうさん、次のをお待ちくださいな。もう遠回しに次のに積んでるって言ってるようなものに聞こえるけど、気のせいか。いや、気のせいだよな。国風がちょっと過敏になってるだけ。ここコックピット眺めいいっすね、やっぱり。こういうの好きだな。で、こっから、脱出となるわけでございます。いいっすね。りゅうきさん、ありがとうございました。めちゃめちゃいいっすね。パナさん、葉っぱ美味しいね。みんな中毒だよ。みんな中毒だって。めちゃめちゃかっこいいな。あちらのはガラスの材料になる上に別の方でも使用可能なんですよね。あれいいですよね。僕も、フロストフラワーじゃなくて、僕もあれ栽培してて、あれをベースにガラス作ったりしてだったんでね。最近は収穫サボってますけど。実際あると便利なんですよね。そのうち大量生産したいと思ってます。はい。りゅうきさんありがとうございました。いや、よかったっすね。怪しいものも船にはなく。はい。その点も評価したいですね。素晴らしい。いいっすよ。そのまま健全に育ってください。そのまま健全なままお願いいたします。僕らのような汚い大人にはならないように。なんか建造物がどんどん形を変えていく。最大サイズのライトがそこに構えておる。待って、本当に知らないうちになんかいろんなもの増えてるんだが。いやー、建物進化してるな、いつの間にか。まあ、これはこれでいいのかな。ライトもまたちょっと調整されたか。でもちょうどいい。うまいな。停車上手。ありがとうございます。これは流れ的には、ひまじんさんですか？巨大な刃が先頭に携えられている新たなコルベット。でかいですね。サイズ感がすごい。色合いの使い方うまいですね。赤の面積と黒の面積のバランスがめちゃめちゃうまい。後方に赤を散りばめる量を増やしているのがまたこれが粋ですね。ここすごいですね。エーロンのブースター左右で合わせて4機積んでる。で、足っすね。足が2脚が1、2、3、4で合計8脚。ここのブースターとそろそろ眠気が来てるか。3時半か。カラーリング綺麗ね。カラーリングめちゃめちゃいいっすよね。これはいいですな。これは良いものですよ。でもエーロンのシールドの配置の仕方が上手ですね。ここで3つ並べてるからバランスがいい。いい感じですね。これは逆さ設置ですね。逆さ設置すると、ここのエーロン部パーツについてるいわゆるアトラス的なキューブが、すごく、アトラス的なボールがすごくいい感じになるですね。待って、これ。この真ん中の丸のパーツって、なんか、もともと上向きのパーツとかじゃなかったっけ？気のせいかな？何のパーツだったっけこれ。グリッチか何かで貫通かな？これもうまい使い方してるっぽいですね。何のパーツだったっけ？なんかの端っこか。これうまい。すごいな。これも非常に技ありですね。いいなぁ。正面は巨大な訪問になります。いいですね。好き。男の子はみんな大好き訪問。なんかレールガンみたいな感じの見えですね。こっからエネルギーがここのレールを通ってここでこう発射されるわけですね。熱いな。めっちゃ熱い。
男の子みんな好きでしょ、これ。丸いのが、貨物リンクってパーツです。あった、リンクパーツ。使い方、うまー。これ、そもそもこの向きでつきますっけか。これグリッチか。これセンスいいなぁ。めちゃめちゃいい。じゃあ、国風の眠気がそろそろなので、今見させてるコルベットと次で今回終了にしたいと思います。なんかロボット歩いとるで。襲わないでね。お願いね。いや、つくはず。あ、これ普通につくんですね。これは普通につくんだ。ちょっと覚えとこう。いいっすね。じゃあ、内装を見させていただきますね。乗ってる。ああ、貫通した。お邪魔いたします。よいしょ。ああ、キノコ船だ。リエさん、おー。やっぱ勉強になりますね。ほら、もうおまわりさん今日いないから、もう誰もこれ、もう詰めらんないって。誰も処理できないから、もうこうなると。さすがに今日はもう疲れたんで、もうだんだんスルーしますね。スルーしようと思ったんだけど、全部の部屋にあるんだけど。ツッコミ待ちか？俺も疲れたぞ、今日は。ツッコミしすぎて。もうツッコミしすぎて疲れたって。後半に持ってきようって、もうガス欠だって食いかず。上もじゃないだろうな、これ。上もやないかーい。上の方が、葉っぱ率多いが。くそ、やられた。逆にもういつの間にレトナガさんがいるときに出してくれ。もう決まってるよ。早いって。ね、もう、もう、赤もピンクもノリノリ。赤もピンクもノリがええんじゃ。吸うのが早すぎるんじゃ。殿休ましてあげて、マジですよ。ちょっとマジで休ましてほしい。画面の賑やかしが過ぎる。どうすんだよ。収集つかないって。このコラボレーションなんか、このさ、果汁さんが、左右にこうやって体を揺らして、龍騎さんの真ん中のさ、ステップがさ、こう、チラチラこう見えてくる感じ。で、奥の方で螺旋で回転してる旋盤がさ、またいい味出してんだ。これなんなん？果汁さん、決まった。ぷいぷい。決まんないでくれ。もう、疲れたって。もう止まんないって。水分取るよ。ああ。飲み終わっちまったぜ。飲み終わったぜ。またシールドもさ、シールドグリングリンしながらさ、大変だってもう、収集つかんって。そんなステップの仕方できるんか、それ。奥にあるのは反重力エンジンです。いいっすね、反重力エンジン。奥が見えないんですよ。理由はわかんないですけど、奥が見えないです。どうしたらいいですか、これ。奥が見えないんですよ。ど真ん中で激しくダンスしてて、いや、よけてくれた。ありがとう。よけてくれて、よかった。のけもうのけ退けたまにチラッと見える。よかった、よけてくれた。よかった。二人ともお疲れ様でした。二人ともね、お腹いっぱい吸ったでしょ。これ絶対まだ決まってるでしょ。だってもう出口分かってないもん。壁に向かって歩いてるもん。バイオハザードみたいになってる。いいっすね。このエンジンの設置いいっすね。奥の装飾あれか。装飾うまく使って。カメラが誘拐される。みんな出た。ちょっとここからじゃあ鑑賞タイムいきますね。これ扱いうまいっすね。ちょっとこれ。真ん中に設置するとめちゃめちゃいい。ちゃんとエンジンルームだ。これいいっすね。これセンス感じる。すっご。ねえ、めちゃめちゃすごいですね、これ。これも技ありっすね。これは相当技ありだ。いや、いいっすね。
よし、じゃあ今度はまた上を見させていただきましょうか。ここコックピットですね。コルベット製作あるある。コックピットは外が見えない。そう。こだわると大体こうなっちゃうから。みんな一緒、これは。いいっすね。なんかここに生活感があっていいっすね。やっぱその使用感がこうやってあるのがね、僕好きなんでね。これは非常にいい。コックピットとこの距離感がね、すごいね、ある。すごくある感じが好き。やっぱこういう建築とかってなんだろう、私生活とかのその人間性が出るんですよね。そうそうそう。僕、割とこのタイプなんですよ。生活の中心があって、そこの生活圏のまとめ方がね、多分ちょっとね、割と僕好みですね、これね。非常に好み。でミッションレーダー、仕事もここでできると。素晴らしい。これはいいですね。くつろぎと仕事を両立して、で、ちょっと物足りなくなったらちょっと降りればすぐにあるというね。うん。ちょっとここをどう評価すればいいかちょっとわからない部分ではありますが、ちょっと降りたらすぐにあるというね。何がとは言わないけれども。で、キノコもあるよと。うん。ヒマジンさん、コックピットもいくつかパネルを設置してます。あ、マジっすか？パネル設置してるんですね。ドリ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 。あ、ほんとだ。あ、おしゃれ。てか、うまっ。めちゃめちゃ設置、自然ですね。今言われなきゃ気づかないこの絶妙な設置。あ、ほんとだ。いいっすね。これ明るさがプラスされて全然雰囲気変わりますね。これ自体も光源になるから、この手元のところがちょっとオレンジ色の光をこう浴びているのは多分この光源の効果ですね。この正面かな？この正面の多分、電光パネルが、こいつが多分光源として多分分かりやすくこのオレンジの光放ってるはずだ。これいい、おしゃれ。おしゃれっすね、これ。ノーマンズスカイって元々のこの辺の数値が結構ガチめにいろいろ表示してくれてるのもすごい面白いですし、このパネル一個一個が光源としてというか、ちゃんと光を放ってるのがまた面白い。いいゲームっすよね。この辺がなんかやっぱり、クリエイター魂を持ってる人たちの心をくすぐるバランス感覚というか、ゲームの構築としてすごい秀逸っすよね。なんだろう、たまにこういうことを言いたくなる。マジですごいと思う。いいっすね。いや、いいもん見してもらった。ひまじんさんありがとうございます。もう一回外観見させてもらいますね。ヒュー。エーロンパーツの黒を中心に他のパーツは赤を基調にして前後で色の差をつけてる。このバランス感覚。いいですね。非常に良い。非常に良いですね。良き良き。バランス的にはツートンに近いのかな。いい感じでございます。さあ、どの角度で持っていくのがいいか。ごめん、建造物割と邪魔かも。思ったより建造物邪魔か、これ。なんかいつの間にかマジで増えたな。なんか明かり立ってない？見てない間に建造がどんどん進んでいく。まあいいか。かっこいい。いや、いいですね。スクショタイムです。さあ、スクショタイムでございます。やっぱいいですね。うん。コルベットはいい。コルベットはいいよ。うん。コルベットはいいよ。非常にね。うん。エーロンパーツで統一するとやっぱそれだけでね、この赤ラインマジでセンスいいんだよな。このパーツそのものの構造とか仕様に関してやっぱハロゲさんもさすがっていうところですけど、やっぱりここでクリエイター魂が光りますよね。つなぎ方がうまい。つなぎ方でまた全然違う表情を見せるのがこのエーロンパーツでございますよ。いやー、センスが光りますなー。さすが。
いや、暇人さんありがとうございました。めっちゃいいもん見してもらいました。やっぱコルベットはやめられませんな。そうか、カメラそっちから撮るのか。消しときます。いや、なんか申し訳ない。いや、カメラね、あっちからもこっちからもね、撮るつもりで。これ配信の冒頭に喋ったから多分パンダさん聞いてなかったのか。そうだ。じゃあちょっともう一回説明だけさせていただくと、ここの一番上の段は、フラットにしてどの角度からでもこの、撮影できるように、フラットにしたいんだよねって話を冒頭してて。そう。だから建造物を中で収めたいね、みたいな話をしてだったんですよ。そう、冒頭にしか喋ってなかったです。そこはちょっと説明不足だったですね。そこはちょっと申し訳なかったです。ちょっと喋ってなかったです。最初にしか喋ってなかった。そう。だからできれば上の層は基本的に建造物とか立体はなしがいいなって思ってた。船の下の、なんだろう、入港ラインとかはいいなと思ったんですけど、そう。ちょっと少なめにしようという算段でございました。なるほど。いや、ほんとパンダさん申し訳ないです。全然。いろいろごちゃごちゃってついてるのは僕個人的には好きなんですけど、パーツ点数も減らしたいよねってちょっと今日話してて、その方が負荷少ないじゃないですか。この間、楽園の惑星の方に僕、こだわりの拠点を作ってみんな見てみてってやった時、パーツ数使いすぎて、多分スイッチ勢の皆さんは、負荷に耐えられなくて、すごい落ちることが多かったんで、ちょっとそれを学習して今回の拠点はちょっとパーツ数減らそうという話をちらっと今日はしておりました。軽くしようっていう。パーツ数ちょっと節約したいよねって話をしておりましたところでございます。申し訳ない。本当に申し訳ない。ちょっとそういう印象で今回はやらせてもらってました。はい。いやー、せっかく設置してもらったのにちょっと心苦しいですけど、申し訳ないです。で、また今度、この星の裏側、これも配信の冒頭にちらっと喋ったんですけど、この星の裏側とかにもう一個、なんかもうちょっと、みんなでこうわちゃわちゃーっと建築できる拠点一個建てれば、そっちだったら負荷重くならないのかなって。みんなで集まってコルベット取るときはこっちの、ちょっと点数減らしたこっちの拠点にして、みんな落ちないようにね。で、まあ、コルベット並べないよねってなったら、その裏側のごちゃごちゃっとした何でもありの拠点で集まってみんなわちゃわちゃするとちょうどいいのかななんて考えてました。その方がね、安定して遊べるのかななんて思って。前の照明は消す？どうしよう。照明結構いいですよね。いいっすよ。後で、ちょっと全体のバランス見て良さそうな感じに、僕の方で調整してもいいですし、うん。なるべくその撮影の邪魔にならないうちに僕が後で微調整する形でもいいので、置いといてもいいですよ。あれだったら。うん。装飾とか置き方自体は全部好みではあるんで、コンセプト的な、申し訳ないですけど、本当今日のコンセプト的な部分です。その点は本当に申し訳ないです。また僕の方でちょこちょこっといじっておきます。パンダさんすいません。ありがとうございます。では、次の方どうぞ。本日ラストでございます。本日ラストのお客様はこちらでございます。看板だけ消しときます。パンダさんすいません。お手数おかけしました。ありがとうございます。ご入稿ありがとうございます。いいっすね。ゴールド。カジュウさん、この機体はさっきの普段使いの前の機体です。いいっすね。すごい、前の機体の時点でだいぶ洗練されてる。かっこいいなぁ。みんなうまいんだな、作るの。かっこいいんだよなぁ。煙の他に緑の粒子を出せるようにしました。緑の粒子出す生き物もいるんですか？このぐらいの距離だとデカールがブレなくていいですね。いや、かっこいいですね。ぐるっと見させていただきます。いやー、かっこいい。いいなぁ。この子もあれですね、両翼から背中にかけてのこの流線形。羽の前方から後方にかけるとなだらかなラインが、これかっこいいですね。
ステッカーの使い方うまいぞ、これ。おお、あ、共同探索のステッカー僕見たことないのあるんですけど、これ見たことないステッカーですね。そしてね、これがね、一瞬気づかなかった。違和感ないこの、色と雰囲気との完全一致に今ちょっとびっくりした。おおと思って。あ、これ左右非対称のステッカー貼ってるんだ。やりよる、技ありや。これ技ありですね。エンジン周りに粒子を出しております。いいですね。カジュアさん、この辺の、あれですね。生き物とかの使い方がめちゃめちゃ上手ですね。さすがだ。これマジで勉強になるな。いるいる、なんかおるぞ。お、すげえ、粒子出てる。あれこいつもしかして海中生物のやつ？こいつ粒子出すんだ。違う、海中じゃねえ、洞窟だ。洞窟にいるやつだ。これ粒子出してたんだ。気づかなかった。はあ。こんな使い方があると思わなんだ。これもまたうまいっすね。やっぱ尾翼の使い方がうまいっすね。さすがや。すごいね。めっちゃすごいですね、これ。あとね、その、上と下のシルエットのバランスがね、めちゃめちゃいい。整ってるなぁ、シルエットが。かっこいい。これたまりませんな。いい。なんか映り込んでる。なんか映り込んでるで、葵の。青が映り込んでる。今日はね、申し訳ないですけどね、この子でラストにするんでね、今日はこの黄色い子でラストにさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。もうね、3時半なんでね、今日もね、いっぱい配信しましたよ。おお。カジュさん、その辺で転がってるキモいやつでしたね、リュウシ君。ね、結構頻繁に見るっすからね、こいつらね。こういう活用法があるとは思わなかったっす。これいいっすね。睡眠とっても大事。そうなんですよ。しかも今僕、普通に朝出勤ですからね。土日休みだからいいけど、あんまりね、昼夜完全に逆転させると、立て直すのがめちゃめちゃ大変だから。よし、ちょっと一旦この辺でスクショタイムでございます。逆光がかっこいい。逆光がかっこいいね。イカス。よしと、いい感じだ。かっこいいな。コルベットもう一機作りて。結局僕一番最初に作った、共同探索でみんな作るであろう大体同じやつ一機と、あとはロブスターしかいないんで、なんかもう一機欲しいですよね。一応次のコンセプト決めてて、なんか次僕クジラ作りたいんですよ、クジラ。そう。クジラっぽいコルベットを作りたいと思っていて、名前も決めてるんですよ。52Hz のクジラっていう名前にしようと思ってて。完全に中二病大爆発なんですけど、気になる方は52Hz のクジラで調べてみてください。これも元ネタがリアルに存在する名前になりますのでね、その名前のコルベットを僕、パーツを揃えて次回作ろうと思っております。前の配信でちらっと話したっけかな。じゃあちょっと内装の方見させてもらってもよろしいでしょうか。お邪魔いたします。もうちょい上から見て、待って。これ腹の下の武器の使い方めちゃめちゃうまいですね。かっこいい。かっこいい。ちょっと待って、これお腹の割れ方どうなってますこれ。何このパーツ。これなんかのパーツ前後に合わせてます？腹の下こういう風に開いてるパーツってないですよね。これすごい。なんかのパーツ前後で合体させてる風だ。なんだろう。羽、B パーツか。この使い方すごっ。テクニカルだ。そうね、これあれですよね。ボディの流線形というか、斜め傾斜をよく作るのによく使うパーツですよね。これすごい。これ技あり。すごい。この使い方は、
思いつかなかった。お腹の下が武装を収められる空間をポコッと開ける構造に使うとはちょっと思いつかなかった。これはすごいな。ウェポンベイ感あるかなって。いや、もうありますあります。ウェポンベイだ。武器を収める空間。いや、センスある。カジュさん、これすごいですね。マジでセンスある。さすがっすね。で、通常兵器もさらにここに3機搭載して、で、魚雷も装備。収め方うまいな。さすがだな。では、背後に回らせていただきます。では、内装の方失礼しますね。お邪魔します。中身は割とコンパクトですかね。あら、看板がある。よいしょ。明かりがいい感じ。いいですね。コックピットの方から見て雰囲気出ますね。よいしょ。お邪魔します。おお。お、先に。ああ、めっちゃ談笑してる。ああ、もうめっちゃ仲良しや。ああ、付き合い長いんだろうな、きっと。内装はあんまないそうです。なんかさっきも聞いたな。これ定型ネタなんか。内装はないそうですわ。定型ネタないやな、これ。ノーマンズスカイコルベットあるあると言ってもいいのだろうか。お二人仲良しですな、これは。付き合い長いんだろうな。もう、いわゆる草友なんだろうな。葉っぱも忘れたよ。いや、忘れてていいよ。葉っぱはもういいよ。なんでみんなその葉っぱ吸いたがるねん。マイクラから続く定型文。内装はないそうです。建築系あるあるかな。いいですね。この辺のポスターについて談笑してるのかな。それとも葉っぱについてのお話してるのかな。葉っぱはやっぱ色がいいねとか。あそこいぶすときは熱はこのぐらいがいいよとか。隣には戦闘機が止まっている模様。ずっと脇に戦闘機止まってるですもんね。ブルー基調のやつ。じゃあ、二人は談笑してる間に他のところも見てこいみようかな。一応ね、内装はないそうです言ってたけど、粒子がここに広がってるんだ。ほい。粒子いい感じ。あ、上がある。あ、上はさっきの小豆石か。ろれつ回んなかったけど。操縦席ね。眠気が来ててろれつが回ってないのですよ。いやー、いいっすね。あ、ちゃんとウェポンもあそこにあるし。いやー、いい感じですね。いや、メタリックしか勝たん。やっぱかっこいいですからね。うん。カジオさん、これも普段使いではあるのでシンプルです。シンプルかっこいいですね。待って、もう次のコルベットが控えてる。これでラストって言ったのに、もう4時になっちゃうよ。4時になっちゃうって。ちょっとそろそろ続きは次回にしませんか。続きは次回にしませんか。見たいな、見たいけど、寝ないとやばいぜ。寝ないとやばいぜ、みんな。まあ見たいけど、まあ、もう、次にしましょう、次に。次回。あれかなね、D さんありがとうございます。次回でよろしくお願いします。やっぱりあれか、一日にコルベットの見る数とか決めないと、国風の体力がやばいのか、もしかして。あんまり考えてなかったけど。そうだ、昔はほら、もっと休み多かったりとか、夜中いくらでも夜更かししてもいい環境があったから、今それなくなっちゃったからな。ちょっとこの辺は考え直さなきゃいけないですね。そう、前はできたんですよ。無限の夜更かし。今ね、職場環境変わってできなくなっちゃったから、そこはね、本当に申し訳ない。いや、やりたいんだけど、社会人としての縛りがそれを許してくれないから。だからそこはね、本当に申し訳ない。上がやばいことに、何また、隠しニップニップなんでさ、みんなニップニップ育てたがるの。あれちゃんと後で僕ばらしとくんでね。ニップニップは。全部なきものにしておくんでよろしくお願いしますね。いやでもやっぱあれですね。みんなこうやってコルベットがこういう風に飛んでるのは壮観ですね。よし。では皆さん、今日はありがとうございます。そろそろラストを締めに行きましょう。締めに行きたいと思います。ではですね、どうしようかな。
拡張されてる。どうしよう。あそこはね、じゃあ今回はあえて見ないことにします。次の配信の冒頭で内容を確認させていただきます。誰がやったのかその時に犯人探しまでね、セットでやらせてもらうんでね、震えて眠るがいいでしょう。では、エンディングの画角を決めたいと思います。最後に集合写真撮りますよ。2枚ぐらい撮りたいですよね。どうしましょうか。じゃあ、この画角で1枚撮るので、皆さん、このカメラの向いてる方向に、皆さんコルベット思い思いに宙に止めていただければと思います。みんな思い思いにね、コルベット、この宇宙の一番いいところに設置していただいて、ここでね、1枚パシャッと撮りたいのでね、ぜひよろしくお願いいたします。いい感じのところにコルベット止めちゃってください。今、画面見えますかね？僕の方の画面の、さっきの鑑賞席ですね。素敵な看板も設置してもらってるので、いいっすね。太陽どうしましょうか。ちょっと、その辺に一回まとめてもらって、一回太陽動かしますね。眩しすぎるか、さすがに。かっこいいのはかっこいいけど、ちょっと何も見えなくなるか。コルベットを見せるなら、こっち側に太陽設置して、みんながよく見えるようにすると、いいね。みんなのコルベット見やすいね、この方が。いいじゃん。よし、じゃあいい感じにお願いしますね。ちょっと待って。ワインのロブスターも設置したいけど、どうしよう。ロブスターはいいか。いいや。他のとこでもちょいちょい写真撮ってるし。収まりそうみんな、画角に。いい感じですな。よしと。さすがに、座りっぱなし。まず、座りっぱなしで。肩とか腰がバキバキですな。画角小さかったかもしかして。画角結構ギチギチかもしれない。写真は2回撮ります。1回目は、ノーマンズスカイの方の、普通の、ゲーム内の撮影機能。もう1個は、僕のパソコンの方の画面キャプチャーですね。画面キャプチャーで撮った画質の綺麗な方、X で上げておきますのでね。皆さんよろしいですか？じゃあ撮りますよ。OK？ コハクさんバキバキすぎて歯もバキになっちゃうわね。親子喧嘩が始まる。まだ撮ってないよ。いい画角そろそろ決めてね。いい？撮っちゃうよ。ヤマトがどこかに行ってしまった。やっぱ空中だとあれなのかな。よく見たらカエルがさ、卵持ちのカエルの方なんだよな。もういいか、1枚目取っちゃうよ。1枚目取るよ。はい、チーズ。1枚目パッシャリ。よし、じゃあ2枚目取るよ。2枚目の方は画面キャプチャーだよ。2枚目画面キャプチャーだよ。みんないいかい？カエルが絶妙に隠されてる。卵差別。リエさん、わら。パンダさんいい？大丈夫？もうカエル完全に隠れてるけど。いい？撮るよ、撮影するよ。撮影します。3、2、1。はい、チーズ。はい。撮ったよ。カエルが完全にリュウキさん止まらない。ちょっとずつ前出てんのおもろすぎる。よし、じゃあ一旦 OK です。そんなことある？じゃあ最後にみんな集合写真撮りますか。まあね、宇宙船は急には止まれないのでね。痛い。これ難しい。カジュさん。これ今どういう状態？これ。これ持ってかれてるパターンやな。
みんな、今までありがとう。国和はどうやらこれまでのようだ。エンジンに挟まれ、このまま大気圏に、脱出だ脱出脱出あれちょっと待って。これガチめにまずい？オッケー。えこれはとな人さらいも起きるのが起きましたな。今これ国和生きてる？今何が起こった？何かバグが起きたのは多分そう。なんか自前のコルベットに救われた風にも見えなくもない状況。最後は皆さんプールのところに釣り堀のところに集まっていただいて、そこで集合写真撮って終わりにしましょう。国和もね生きてることですし、みんなで集まって最後に最後の写真にならなくて済みそうです集合みんな集まりましょう。ロブスターが助けに来たのか、多分そう。多分ロブスターに救われた説だ。我が愛機が主人を救う感動の展開。よきあったロブスター、後でご褒美にガソリンを飲ませてやろう。腹ふく腹いっぱい飲ませてやるからな。どこだっけ、あれか。どれ、よいしょ。やべ、足りない。やべ、足りない。痛い。もうグダグダだよ。やべ、ちょっと泣きそう。グダグダすぎて。ここまで来るとちょっと泣きそうまである。どっこいしょ1で、こう来て上に行っておいで、こっからワープ。よいしょ。お待たせしました。みんなめっちゃ釣りしてるよ。ワイも釣り竿垂らそうかな。ガラガラガラ。あの時つけていただいた国和です。ロブスターそっちのパターンあるのか。せっかくだから真ん中行っちゃおう。待ってはしごに捕まった。ってそっか、そこにはしごがあるからみんな避けてたのね。よし、じゃあここで写真を撮らせていただきますよ。ちょっと待って、ワイも釣りと垂らすね。みんな待って、ワイも釣りと垂らす。釣りあったっけかな。下手すると釣りとないかも。ごめん、今釣り壊れてるやん。今多分釣り具の修理がまだできてない。すぐできるや。ごめんなさい、ちょっとお待ちいただけますか。カーボンナノチューブが2つあれば釣りが回復する。なんかみんなめちゃめちゃ釣ってるな。オッケー。使わんだろうと思って修理するの忘れてた。新しい銀河に入った時にね。よし、オッケー。さあ、これで私も釣り糸を垂らして、でカメラを飛ばして集合写真です。いや、今日はなんかいろいろぐだりましたね。なんか飛んでない？国和。なんかまた国和飛んでない？大丈夫？ちょっと早めに撮った方がいいな、これな。早めに撮っちゃおう。はい、スクショ、はい、チーズ。国和めっちゃ宙に浮いてるけど、もういいでしょ。もういいでしょ。みんな助けてくれ。じゃあ、画角がだんだん変わっていきますが、今日はこれにて配信を終了にしたいと思います。みんなあれなんだね、釣りと違うんだね。みんな釣りのなんか糸の色が青とか緑もあるんだ。紫もある。
そういう感じなんだ。ちょっと待って、カジュさんが回収してくれようとしてるけど、ちょっと国数止まらんすね。みんな回収してくれようとしてるけど、みんなちょっと止まらんすね。今じいさん、わらわらわら。カエル、じわーっと浮いてる。カエルもか。なんか今日はいろんなものが浮く日ですね。そう、ぐだるのまま、ぐだるのもまた一つの味。これぞノーマンズスカイ。すぐ飛ぶ。違うんですよ。僕のせいとかじゃないんですよ。別に飛ぼうと思って飛んでるわけじゃない。船釣り、陸釣り、空釣り、ニューじゃない。ニューじゃない。マジで止まんないんだけど、どうするこれ。どうしたらいいの？もう話がいろいろ変わってきてるんですよ。すでに。なんか、いろんな前提がいろいろ変わってきてるから、どうしたらいいの？こうでしょ。画角に収まんないわ。これどうするこれ。ちょっともう一枚撮っとくか。ちょっともう一枚撮っとこう。これでもう一枚撮っておこうか。はい。いいショットだな。わけわかんないショットだよ。ノーマンズスカイってこれで合ってる？いや、まあ合ってるか。いや、宙吊りか。いや、ほんとそう。じゃあ皆さん、本日はありがとうございました。今日はこの画角で終了したいと思います。毎週水曜日、間違った、毎週土曜日夜21時から、来週とね、6月半ばぐらいまではね、定期配信でやっていこうと思いますので、お時間合う方はぜひぜひご参加ください。参加は自由となっております。同時に入れる人数限りあるのでね、皆さんで足並み揃えながらうまくやってもらえると助かりますので、そんな感じでよろしくお願いいたします。あとはそうだな、本日ね、初見さんもいらっしゃってくださって本当にありがとうございます。いいなと思っていただけましたらね、チャンネル登録、グッドボタンしていただけますと、国数のモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。フレンド申請とかもね、大募集しておりますので、お気軽にお声掛けいただければと思います。あとはですね、いろんなこともね、イベントでもないですけど、いろいろ考えてましたので、その球何？その球何？初めて見るんだけど。初めて見る球でめっちゃ歌うんで、国数止まんないんだけど。はい。むしろガス詰められてるロープで固定されてるみたいでさ、アドバルーンかな？俺アドバルーンだったのか。アドバルーン説あるな。じゃあこれで配信終了したいと思います。終わりましたら皆さん各地解散でよろしくお願いいたします。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。いい画面だぜ。みんないい夢見ろよ。ツッコミが止まらない。まさにそう。このままエンディング。的になってる。こんな配信あるかい？